受け継がれるもの。邪魔するぞ。悪いけど娘たちが怖がったらすぐに帰ってね。ホラー映画見た後とかおねしょしちゃうことがあるから。誰がホラーだ。おかえりなさい。パパ、その人誰？お客さん？怖い人？パパのお友達だよ。ほら、お土産だ。お土産？かわいい。うさぎさんだ。怖いおじさん、ありがとう。お前らがまだこんなちっちゃい頃に会ってんだぞ。雄三のくせに周到な。俺だって年食ってこのぐらいはできるようになったんだよ。雄三がこんな丸くなるなんて俺も年取るはずだな。どんな納得の仕方だ。この酒やっと開けられたぜ。たく人の連絡無視しやがって。ごめん。お前も一杯ぐらい飲め。娘たちの前では飲まないようにしてるんだ。ま、お前の酔った姿見たら娘たちもびっくりするな。俺もこの後一軒行くからこのくらいにしとくか。そういやスポットライトの特集ありがとな。お前の企画なんだろあれ。ああ、うん。なんで自分で直接取材に来ねえんだ。ずっと避けてて気まずいっていうのもあったし、満開カンパニーのことを話すだろうなと思ったから。おめえはいつまで引きずってんだよ。まあ正直取材に呼ばれた時は俺もちっと緊張したがな。今回でゴッド座とのいざこざもなくなるだろうし、レニさんのことが引っかかってたシュウさんも劇団に顔出しやすくなるだろう。ゼンさんやヒロも呼ぶつもりだ。ユキオさんの娘も喜ぶだろうから、お前も一度顔出せ。ごめん。俺にはもうあの劇団に関わる資格がないよ。みんなにも合わせる顔がない。だって口火を切っちゃったのは俺だから。分かっちゃいたが、こりゃ根が深いな。気長にやるしかねえか。でも雄三に幼なじみのよしみで一つだけお願いがあってさ。これなんだそれ。受け取ったんだ。劇団辞めるときにあの人から。まずは今回の盗作について謝罪したい。知らなかったとはいえ、うちの関係者がしたことには違いない。申し訳なかった。本当はそのまま本番に臨むつもりだった。前日に盗作のことを知らされたとき、私は脚本の変更は不可能だと判断した。それをここにいるイカルガマドカやトップのシフト、ハルトが独断で上演内容を変更したのだ。正直なところ彼らに救われたと思っている。私は取り返しのつかない過ちをまた繰り返すところだった。すまない。
今の満開カンパニーなど潰れても構わないと思っていた。最高の舞台を作り出すためには手段も問わないつもりだった。だがあんな舞台を見せられてはな。私の考えは間違っていたと認めるほかない。才能というものはあまりにも、いや今更言っても仕方のないことだな。イカルガクスミの処罰についてだが、その前にまずお前から一言くらいないのか。今回のことは誠に申し訳ないと。盗作の経緯についてもきちんと説明する責任があるだろう。どうやって満開カンパニーの脚本を手に入れた？なぜ盗作しようと思った？それは私はお父さん、大丈夫？お前はなぜ？お父さん？父さん。本人がこんな状態では拉致があかんな。盗作の経緯はこちらで確認しておく。後日改めて説明させてもらいたい。ただイカルガクスミは今後一切脚本家として仕事はできないだろう。それだけのことをした自覚はあるはずだ。この男がもし作家として道を誤ったら引導を渡すようにあの人から頼まれている。八角さんだ。じいちゃん？それにいくつかの伝言と預かり物がある。じいちゃんの字だ。ある男の手記第6編。ビロードウェイから満開カンパニーの主催立花幸雄が消えた。その真相についてあることないことあらゆる噂が流れたが、やがて話題にも上らなくなった。私も立花の失踪について思うところがないわけではなかった。しかしあの悪魔のような男はこうして人々の心をかき乱しつつもどうせひょっこり戻ってくるだろうと思っていた。あの男は自分でこうと決めたら周りの迷惑など全く考えずてこでも動かない。心配するだけ無駄だ。それよりも立花の失踪と時を同じくしてイカルガ発覚の新作が発表されなくなったことの方が気がかりだった。そんな折発覚の方から呼び出された。指定されたのはとある病院だった。病床に伏していることには驚いたが、わざわざ連絡をくれたということはゴッド座に新作を書いてくれるのだろうかと期待もしていた。しかし痩せ細った八角を前にしたらそんな能天気な願望はすぐに書き消えた。八角の口から語られた内容は私の想像を超えていた。いわく病は進行し自分はもう長くないこと。つい先日遺作として一つの脚本を書き下ろしたこと。それをゴッド座で上演してもいいということですか？違う。これは
メインキャスト6人の当て書きだ。俺が指名したキャスト演出家が揃った場合のみ上演を許可する。キャストと演出家の名前を聞いて私は愕然とした。上演は不可能です。これは受け取れません。どうしてもお前に持っていてほしい。なぜ？くすみ、俺の息子はおそらく俺が死んだらこの脚本を発表する。自分の名前で。まさか。あいつの心は壊れてしまった。悪魔に魂を売り渡してしまったんだ。私も約束をたがえてゴッド座で上演してしまうかもしれません。したきゃ勝手にしろ。読めばその気もなくなるだろうがな。演出家として読み手として信頼していると言われたら断ることはできなかった。俺が死んだ後、お前がその脚本をどうしようが勝手だが、代わりに一つ頼みがある。何ですか？くすみを頼みたい。盗作するような作家をですか？あいつは大きな過ちを犯した。しかしその過ちは俺の息子として生まれてしまった運命が招いたことでもある。どうしようもなくても息子は息子だ。同じ道を選んだ者としていつかあいつがまっとうな作品を書けるように願ってやまない。どうかもう一度だけチャンスをやってくれ。それで結局同じことを繰り返したらどうするんですか？その時は引導を渡してやってほしい。わかりました。ほっとした様子でベッドに横たわる八角は弱々しく、以前の生気あふれる姿を思い返すと寂しくなった。特に私よりも八角の脚本のファンで、新しい脚本が上がるたびに喜んでいた柊は悲しむだろう。病状のことを満開カンパニーのメンバーには伝える気はない。身内にも俺の死は公表しないように言ってやる。マスコミはお前がどうにかしてくれないか。私があなたの頼みを断れないのを分かっていてそれを言うんですね。俺の葬式なんぞでお前らが揃っちまうのはつまらねえだろう。それじゃあまりにも申し訳ねえ。お前らは自分たちで集まるんだ。そしてこの本を演じる。肩の荷が下りたようにほっとした表情でまぶたを閉じる八角を前に、そんな未来は来るわけないとは言えなかった。立花がいなくなった後、満開カンパニーは退団者が続出していると聞いた。以前と同じクオリティの公演も数もこなせなくなり、観客も減ってきていると。そんな劇団で八角の脚本を上演することなど不可能だ。八角の遺作が日の目を見ずに埋もれることは避けたかった。しかし八角の遺言をたがえるわけにもいかない。ただ満開カンパニーが完全に潰れれば条件を満たすことは不可能になる。その時は八角もさすがに文句は言わないだろう。その頃から私は
亡霊のような存在となった満開カンパニーという劇団が完全に消えることを無意識に望むようになった。発覚の死後、私は久住を呼び出した。ゴッド座の脚本家として雇いたいと告げると、最初は迷っていたようだが、結局は承諾した。しかし、待てど暮らせどプロットを出してこない。プロットはどうなっている？そのプロットは一応アイデア状態のものがいくつかありまして、それを検討中で。体調でも悪いのか？汗がひどいぞ。いえ、すぐにでも明日にでもまとめて。何でもいいからとにかく出してみろ。はい、ご満足いただけるようなプロットにしてみせます。しかしそれから一月待っても何も連絡をよこさない。調べさせると、どうも発覚の未発表作品を当てにしていたらしい。発覚の器具は当たっていたということだ。それから私は毎回テーマを指定して久住に新作を書かせた。けれど通常では考えられないくらいの長い時間をかけて書き上げられた作品は、父である八角の才能はもちろん、久住自身の情熱や可能性をみじんも感じられないものだった。才能とは残酷だ。結局のところ、久住の中に書くべき言葉、語るべき物語は何一つ残されていなかった。これが運命のせいなのか、それともこの男の持って生まれたものなのかわからない。ただ空っぽの男を前に、私は八角との約束をどう守るべきか、頭を悩ませることになった。それから数年、ゴッド座は順調に成長し、フルール賞に手が届くまでになった。けれど何度作り上げても、橘幸男のあの日の舞台に到達しないもどかしさに、私の精神もいつしか蝕まれていたのかもしれない。ただ、ろくに公演もできなくなった満開カンパニーが完全に潰れたら、八角の脚本を上演できる。もしかしたら、その時に初めて、あの神の領域に届くかもしれない。その日を心待ちにしていた時、目の前にいつの間にか大きく成長した橘の娘が現れた。またか。その言葉が私を突き動かした。才能とはあまりにも残酷だ。どれほど渇望し努力してもたどり着けない。かつての焦がれるような憧れは時間をかけて絶望に色を変えた。満開カンパニーとのタイマンアクトの公演は、まるでそんな私の気持ちを見透かすような舞台だった。目が覚める思いがした。文化祭のあの舞台で、神のごとき才能の息吹を感じて胸を打たれた強烈な感動を思い出した。届かないと知りつつも焦がれ、手を伸ばし、もがき続ける。結局のところ私は地に這いつくばりながら演劇を続けていくしかないのだ。じいちゃんの願い。初代満開カンパニーのリーダーの4人と鹿島と私だ。加えて演出家には橘幸男、君の父親を指名している。とにかくこの本は本来満開カンパニーの持ち物だ。遠からず潰れると思っていたから保管していたが、
もうその心配もないだろう。八角さんからは好きにしろと言われている。新生満開カンパニーで上演するなりなんなり好きにすればいい。じいちゃんの願い叶えたいな。八角さんからはもう一つ遺言を預かっている。この父親イカルガクスミにミスミの芝居を見せるように。俺いつかきっと孫のミスミは舞台の上に立つだろうからと。それもじいちゃんの願いなんだよね。だったら俺叶えたい。まどかの描いた素敵なお芝居を見られてすっごく嬉しかったんだ。だから今度はまどかとお父さんに俺のお芝居を見てほしい。兄さん、お腹の音？すみません。腹ごしらえしないと。もうすぐ夕飯できるぞ。一緒に準備しよう。つまみ食いできるよ。いや、僕は。おいおい、ちょっとだけだからな。常識的に考えて祝勝パーティーに敗者は参加しないだろう。これとの話もまだ終わっていないからな。またの機会に。なぜ君はそんなにも。やれやれ。今まで自分たちが何をされたか忘れたのか。私はこの劇団が完全に潰れればいいと思っていたのだぞ。分かっただろう。償いもまだ終わっていない。理由？さすが親子だな。分かった。私にできることがあれば協力しよう。いいだろう。あいつへの積年の恨みつらみを聞かせてやる。幻滅しても知らないが。初代リーダーズ。ではタイマンアクトの勝利を祝って乾杯。乾杯。乾杯っす。乾杯。ベーコンとキノコのピザ焼けたぞ。功労者自ら料理って。オーブンに入れるだけの料理ばっかりだから気にするな。好きでやってるしな。でもさすがに今回は疲れたんじゃない？一公演だけとはいえ緊張感が違うもんね。でも楽しかったよ。
稽古中はいろいろ悩んだけど、その分本番は今までとは違う芝居ができて、一つ殻が破れた気がした。俺っちもっす。一番見せたかった自分自身を見せられた気がするっす。そうだな。今自分ができることは出し切った。満足感の方が大きい。むしろ一公演だけだというのが残念だ。それなんすよね。また再演できるといいな。なんかあっという間だった。確かにわかるかも。正直どうなるかと思ったけど、やってみたらめっちゃ楽しかった。だよなーってあれ？しれっと混ざってる。俺が呼んだ。シフトも来てたんだ。春田さんもいるよ。っていうか、なんで負けた方が参加するんだよ。おかしいだろ。いいじゃないっすか。レニさんたちが欠席になって料理が余るって言うからさ。残飯処理か。いいから食っていけ。伏見の料理はうまいぞ。そういう問題じゃん。あ、このピザうまい。それは良かった。二人芝居すごく良かったよ。ゴッド座であんな芝居を見られるとは思わなかった。ああいう舞台なら俺もまたゴッド座で出てみたいと思った。今さら遅いんだよ。今は俺がトップなんで。暫定な。しかしこんな立派な寮があるなんていいっすね。トップ権限でゴッド寮を作ってってレニさんに頼もうかな。そんな権限あるかバカ。ゴッド座ならすぐ作れそうだけどな。お金ありそうだし。意外とケチなんすよね。毎年のセレモニーなんかは豪勢にやるんだがな。堅実な経営って言え。意外とレニさんと左京さんって話が合うかもな。あれ、君どうして？あんたこそなんでここにいんの？まどか、ますみは春組。そういえばあんた兄弟いるんじゃん。あの時はごめん。謝るのは俺じゃないんじゃないの？ごめん兄さん、僕いいよ。後で一緒に三角見よう。俺の部屋にいっぱいあるんだよ。チキンうまっ。オルトにお土産に持って帰りてえな。お、シフトじゃねえかよう。ケンさん、左京さん、久しぶりっす。最近顔見せなかったじゃねえか。まあちょっといろいろあって。解決したみてえでよかったな。パソコンのシフトキーってやつ見るたびにお前のこと思い出してたぜ。ケンさん、いつの間にパソコン使えるようになったの？最近兄貴の手伝いするために勉強してんだ。でもあのキー全然使わねえよな。何のためにあるんだ？使うと便利だろうが勉強し直せ。おう、やってるか？顔が赤い。おや、もう酔っているのかね。
ちょっと一軒寄ってきてな。お、こいつが現ゴッドザトップだな。なるほどな。レニさんが好きそうな役者だ。あいつは自分が神経質な分多少ずぶとくて鈍感だけど堂々としたやつが好きなんだよな。なるほど。なるほど。俺を見て納得するな。水一杯もらうわ。そんなに飲んでないつもりだったんだけどな。やっぱ年か。どっかで飲んできたんですか？久しぶりに初代春組リーダーの霞の家に行ってきた。顔出すように言っといたぞ。初代リーダーってどんな人だったんですか？霞が今雑誌の編集長やってる話はしたよな。夏組の日向ヒロはテレビとかでも見たことあるんじゃないか？日向ヒロだと？超有名人じゃん。ドラマで見たことありません。俺もあの人がリーダーだったの？ああ、今度撮影する刑事物の2時間ドラマで相棒役として共演することになった。新旧夏組リーダーのバディものってわけか。面白いじゃねえか。負けられねえな。ああ。秋組のリーダーはどんな人だったんですか？九龍禅。恐ろしく喧嘩が強い上にバレエの経験者でダンスもうめえ。今は小レストランのオーナーだ。喧嘩の強いレストランオーナーってまさかこの人じゃねえよな。お、なんだ？行ったことあんのか？あや、一度喧嘩で助けられてスーパーでもあった。まさか元秋組リーダーとは思わなかったけどな。栗生さんは初代満開劇場支配人でもあるんですよ。私もいろいろと支配人のノウハウを受け継いでですね。教育能力はないみてえだな。っていうか、いっそ戻ってきてもらった方がいいんじゃないか？そんなひどい。ちなみに冬組のリーダーは音宮秀。大衆演劇の一家の生まれでレニさんの幼なじみだ。今は家業の劇団に戻ってる。芝居は続けてるんですね。あの人は生まれた時からだからな。一生離れられねえよ。ま、普通の仕事できるような雰囲気じゃねえしな。そうなんですか。会ってみたいですね。世間は攻めえみたいだからな。案外すれ違ってるかもしれねえぞ。なんだ？よくない。なんでお前が答えるんだよ。俺もついていく。ほら、おとなしく留守番。ゲーム付き合って。話せ。雄三にはマスミセキュリティが発動するね。枯れてない証拠だよ。嬉しくねえよ、タグ。
八角さんの遺作。俺まで指名してやがったとはな。この脚本は俺が預かってもいいか。少し時間をくれ。俺にも覚悟ってやつが必要だ。俺なりに腹がくくれたら改めて話し合いの場を持たせてくれ。幸男さんについても話さなきゃいけねえことがある。とりあえず今夜は難しいこと抜きにして酒だ酒。めでてえ席だ。あれだけの大舞台こなしたやつらをねぎらってやれよ。進学の理由。悪い、待たせた。いや、大丈夫だ。先に食べててもっていうわけにもいかないか。やっぱりまだ注目浴びるか。だいぶマシにはなったけどな。一人でゆっくり食べるのは難しい。だよな。まああの有名人のスメラギ天馬が同じ大学の学食に座ってたらついつい声かけたくなるよな。高校の時も最初はこんなものだったからな。仕方がない。慣れるまでの辛抱か。劇団のみんなが付き合ってくれるから助かってる。とはいえ俺は10座ほど当てにならないぞ。10座さんは一緒に座ってるだけで興味本位のやつは近寄らなくなるからな。最強だ。俺だと結構視線感じるもんな。そういえば10座さんも少し遅れて合流できるらしい。それはよかった。さてと今日は何にするかな。英帝どうだ。まあまあだな。俺もそっちにしとけばよかった。しかし未だにお前とこうやって学食で飯食ってるのが不思議。十座とか太一はもともと王校で一緒だったから普通に受け入れてたけど、お前かなり目立つもんな。それはそうだろう。オーラが違う。自分で言うな。でも進学決めた時はびっくりした。急だったからな。みんなに芸能界辞めるのかって言われた。てっきり役者業に専念すると思ってたもんな。俺もそのつもりだったんだが、高校進学の時と同じことを両親に言われたんだ。例えばこうやって学食で食券買ってトレー持って並ぶのも普通の高校に入ってなかったらきっと一生経験しなかった。そういや超セレブだもんな。ああっさりうなずくし。特に劇団に入団してみんなと過ごすようになってからはいろんな初めての経験をした。その経験は確実に芝居の肥やしになったし、両親が世間を学べって言ってた意味を実感した。だから大学に行った方がいいっていうのもすんなり納得できたんだ。太一やつづるさんや十座さんと一緒に大学に通えるかもって思ったら楽しそうだと思ったのもあるし。おお、後輩が可愛いこと言うじゃん。まあ受験の時は千景さんたちに随分迷惑かけたけどな。案外楽しそうだったぞ。あの人なんだかんだ言って人の世話を焼くのそんなに嫌いじゃなさそうだし。
本人に言ったら嫌そうな顔しそうだな。確かに。経験か。確かに大学で学べることはいろいろあるし、今のうちに勉強するといいと思う。ああ、ゴッドザとのタイマンアクトで紬さんの一人芝居を見て、一人の役者としてすごく刺激を受けた。今の俺にはあの芝居の深みは出せない。やっぱり芝居は人生なんだと思う。役者以外の人生の中でしか得られない芝居の引き出しがあることをみんなに教えてもらった。入学したからには学生生活も全力で臨む。いい心意気だな。人生経験って積もうとして積めるもんでもないから難しいよな。年の功ってやつもあるしな。今度共演する日向さんも人生の先輩な上劇団の先輩でもあるし、かなりの強敵だな。胸を借りるつもりで勉強させてもらおうと思ってるが、負ける気もない。共演するのって刑事ドラマだっけ？どんな内容なんだ？新米デカとベテランデカのバディもので、アクションありコメディありのテンポのいいドラマだ。評判が良ければ連ドラ化の可能性もあるらしい。デコボココンビのハイテンションなコメディシーンはとにかく台本の文字量が多くてな。掛け合いのペースを崩したら NG 連発しそうだ。現夏組リーダーとしてコメディもきっちりこなせるようになったってこと見せないとな。ああ、期待しててくれ。スメラギくん、よかったらサインを。天馬に何か言おうか。なんでもありません。おう、ジューザーお疲れ。どうかしたのか？なんでもない。ジューザも英帝か。明日はそっちにしよう。そういえば天馬、雄三さんのアクションワークショップ参加していいらしいぞ。本当か？ワークショップ？さっきのドラマ、コメディシーンの撮影の後にアクションシーンのロケがあるから、その前に勉強しときたくてな。最近ジューザがよく言ってる雄三劇団のやつか。いつも雄三さんが呼んでくれて。万里は大学で勉強できるけど、ジューザはなかなかワークショップに参加する機会ってないもんな。めちゃくちゃ勉強になるっす。それにしても一度客演してから好かれてるよな。雄三劇団に引き抜かれないように気をつけろよ。まさかそれはないんじゃないですか。そういや監督も明日雄三劇団の芝居見に行くらしいな。ジューザは行かないのか？俺はこの前見てきたっす。盾とアクションのキレがヤバかった。おう、雄三さんの盾かっこいいよな。その分厳しいけど。俺も時間見つけて見に行くか。物語の宛先。お待ちしておりました。鹿島が面会を希望しておりますので、終演後はお席でお待ちください。ねえ、あれ、ほら。嘘、神木坂レニ。
ああ、君も来ていたのか。よう、どうだった？おい鹿島、2幕の冒頭は初代春組の公演で橘がひねり出したアイディアだろう。オマージュって言ってくれ。ま、今日はその幸男さんの話をしたくてな。ここじゃなんだから控え室で話すか。さて、こいつのことだが。君に託したものをなぜこいつが持っている？あんた、これ読んだか？これはまさしく俺たち初代のためだけに捧げられた物語だ。この本を八角さんが病床でどんな思いで書いたのかと思うと悪いな、感傷的になっちまった。これ実現してえな。でも一番手強いのがいるからな。ま、あのクソ頑固も説得したら手のひら返すかもしれないけどな。これでも幼なじみだしな。俺がどうにかするしかねえか。ってひなもりのことか？ああ、そのことか。それなら幸男さんのところに脚本を送って演出プランを誰かが聞いてくるか、最悪電話で聞きゃいいだろう。は？さすがに意地が悪かったな。ずっとタイミングを計ってて話せなかったことだ。お前の父親橘幸男さんは生きてる。誰にも言わなかったが、失踪した後俺だけは電話で連絡を取ってた。鹿島、お前。お前が新生満開カンパニーを立ち上げて頑張っていることも時々電話で報告してた。喜んでた。悪いな。どうしても事情があって言えなかった。娘にまで言えない事情なんてあるのか？相変わらず勝手な男だ。そう言うなよ。万が一幸男さんの居所が漏れたらあの人はもう二度と演劇に関われなくなる。あの人にとっちゃそれこそ生きながら死んだも同然だ。がこうやって話す機会をくれたのも八角さんの意志かもしれねえ。いいか、今から話すことは一切口外するな。単刀直入に言うが、あの人は今ビロードウェイどころかこの国の演劇界で活動できない状況に追い込まれてる。あの人のこと、今思うと笑っちまうが、お釈迦様みてえな人だと本気で思ってた。幼なじみの霞と一緒に七草高校に入学して、中学までずっと同じクラスだったあいつとは初めてクラスが離れた。霞は持ち前の性格でクラスに馴染んでるようだったが、俺はこの風体のせいで勝手にヤンキー扱いされて遠巻きにされた。
霞がたまに昼飯に誘ってくれたり一緒に登下校してくれたものの、一向に友達は増えなかった。部活に入って友達を作るっていう道もあったんだろうが、その気はなかった。高校で入ろうとしていた野球部が顧問の定年退職の関係で俺の代から新入部員を募集しなくなったことを知ったからだ。野球以外にやりたいことも見つからない。周りにビクビクされたり絡まれるのも面倒で、放課後はなんとなく校舎裏で野良猫を構って時間を潰すようになった。そんなある日、あの人が声をかけてきた。立花幸雄、俺の1年先輩だ。職員室で俺が野球部の顧問と話しているのを見かけたらしく、新設する演劇部へ誘ってきた。演劇なんて興味ねえし、帰宅部入るから。放課後何かやることでもあるの？別に。習い事とかバイトとか他にやることがあるなら別だけど、帰宅部ってさ、何も所属していないのと同じじゃない？たとえ幽霊部員でもどこかに所属して誰かとつながってる感覚っていいと思うんだ。つながりって大事だよね。なんだそれ。とにかくしつこかったからめんどくさくなって名前だけ貸すことにした。顔を見れば一緒に演劇をやろうと誘ってくる幸雄さんに毎回やらねえと答えたが、あの人はめげなかった。いつでも遊びに来ていいからという幸雄さんは、考えてみれば俺が高校に来て初めてまともに会話した相手だった。雄三とはいつか一緒に演劇やる気がするんだ。はあ？そういうつながりを感じるんだよ。演劇なんか全然興味なかった。そもそもこのなりで演劇なんて柄じゃない。それなのに全然物おじしないで話しかけてくる幸雄さんのつながりという言葉に、なぜだか原告の授業でやった雲の糸を思い出した。結局演劇部の活動には一度も参加しなかったが、俺が部活に所属しているという事実、あの人と雲の糸のような細い糸でつながっているような感覚だけは常に心の片隅にあった。だから義理だと思って文化祭の舞台に誘った霞がそこで演劇にドハマりしたことも、成り行きで翌年の文化祭のステージを手伝うことになって、あの人の一人芝居を見て演劇に興味を持ったのも多分その糸に引き寄せられたせいだと思う。幸雄さんが卒業後劇団を立ち上げると聞いて、幸雄さんを手伝いたいと俺を引っ張る霞に抵抗しきれなかったのもそのせいだ。成り行きでオーディションを受けて入団することになった俺に幸雄さんは「ほらね」と笑った。幸雄さんはあの時の会話を覚えてた。その時やっぱり叶わないと思った。今にも切れそうなつながりでも、この人とのつながりはきっと高校の時の俺を支えてくれていた。そして演劇という新たな世界に導いてくれた。そうやってなんだかんだでカンパニーに入団して演劇にのめり込んでからは急激に人生が加速した。演劇について学んで稽古して、いくら時間があっても足りない。仲間たちと夢中で駆け抜けて、ついにあの人の目標だったフルール賞ノミネートまでこぎつけた。来年こそは確実に受賞しよう。幸雄さんと八角さんが気合を入れて準備して、新作の構想が固まった。ミックス公演？幸雄には話したが、各組公演だとどうしても枠にはまっちまう。
フルール賞は総力戦だ。今の満開カンパニーが作りうる最高のものを作らないと届かねえ。キャストは春夏秋冬のリーダー中心に役者を選出するつもりだ。本当はあれもやりたかったんだけどね、八角さん。そっちは俺が死んじまう。またいつかな。あれ脚本ができたらみんなにも教えるよ。一丸となってフルール賞を目指す中でも俺の中には一つの迷いがあった。成り行きで幸男さんから演劇部に誘われ、霞の強引さで劇団に入って他人に巻き込まれるような形で演劇の世界に足を踏み込んだ。今はすっかり演劇に夢中だし、生涯関わり続けたいと思ってる。しかし本当にこのままでいいのかと。そんな中で劇団を抜けてゴッド座を立ち上げたレニさんを見て思った。演劇に対する覚悟が満開カンパニーを抜けることでより強固になるかもしれない。長年幸男さんの演出助手のようなポジションで動くことも多かったことで、演出家という仕事に対する興味も膨らんでいた。思いついたら決意するのは早く、フルール賞を目指すこの公演が終わったらそれを最後にカンパニーを抜けようと決めた。そっか。霞にはもう伝えたの？いや、言ったらうだうだ引き止められるからな。そうだね。次が雄三と作る最後の公演になるわけだ。世話になったな。俺は雄三とはなんか赤い糸じゃないけど変な糸でつながってるみたいに思っててさ。野球部と演劇部の配部が重なったこととか、職員室で居合わせたこととか、いろんな偶然が重なって雄三と出会えた。雄三は一番最初の演劇部員だし。幽霊部員だけどな。それでも満開カンパニーでずっと活躍してくれた。不思議な縁があると思ってる。だからさ、劇団を辞めてもつながりが欲しいなと思った時は連絡してもいいかな。ま、俺も演劇は続けるし、あんたへの恩を返せることがあるなら言ってくれ。いつもたくさんの人に囲まれる幸男さんのつながりがなくなることなんてありえないとしか思えなかったが、幸男さんの頼みを断れるはずがなかった。そうして最後の公演の稽古を重ねていたある日、突然幸男さんが消えた。置き手紙には劇団の活動は続けてほしいことと、次の公演は中止にするように書いてあった。みんな驚いていたが、特に劇団に入って間もない松川なんかは分かりやすく動転していた。俺としても最後の公演と決めた次の公演が中止なんて信じられなかった。訳を聞きたくても幸男さんとは連絡がつかない。残された劇団員たちで真剣に話し合った結果、何かよほどの事情があるんだろうし、総監督が決めたことには逆らえないということで、幸男さんの言う通り公演は中止になった。その後の活動についても話し合っていた中で、突然霞が言った。俺、劇団を辞めようと思う。は？何言ってんだ霞。これからは違うやり方で劇団を支えたい。何もこんな時に辞めることないだろう。ごめん。でもずっと考えてたことなんだ。みんなが引き止める中、俺も仕方なく対談のことを話した。幸男さんには話してあったが、
俺も今回の公演を最後に劇団を抜けるつもりだった。これからは役者だけでなく演出家の道も考えてる。なんでだよ、雄三が辞めるなんて。先に言い出したお前が言うな。レニさんが劇団を抜けた時からぼんやりとは考えてた。全然知らなかった。ただ幸男さんにはずっと世話になった。その恩返しは必ずするつもりだ。そうして劇団を抜けて自分なりにがむしゃらに演劇に向き合っていたある時、知らない番号から電話がかかってきた。いつもなら無視するが、なんとなく気になって出ると聞こえてきたのは幸男さんの声だった。糸のつながり。そん時に聞いたんだ。幸男さんがとある事情で今の演劇界では活動できなくなって海外で活動してるってこと。元気にしているから心配しないでほしいってこと。連絡できなくて申し訳ないが誰にもこの話をしないでほしいこと。でないと演劇が続けられなくなるからってな。幸男さんの事情について知っているのは奥さん、お前の母親と八角さん、それに俺だけだ。幸男さんのために言えなかったのかもしれねえな。で、その事情とやらは一体何なんだ？俺の聞いた範囲での話だが、フルール賞受賞を狙ってたミックス公演の脚本がある劇団の脚本とまるっきり同じだったらしい。盗作ということか。ああ、それも犯人は八角さんの息子斑鳩久住って話だ。上演日程はそっちが先だった。このまま公演を行えば満開カンパニー側が盗作の汚名を着せられることになる。それを免れるには真実を明らかにするしかない。けれどそうなれば斑鳩久住は脚本家としての未来を絶たれる。八角さんが事態を表沙汰にしたくないと幸男さんに頭を下げたらしい。息子の不手際は自分の責任でもあると。八角さんが言っていた息子の過去の過ちっていうのはそのことか。盗作の件はすでに外部に漏れていて、幸男さんはフルール賞の理事に訴えられたらしい。そして今後永続的に満開カンパニーをフルール賞ノミネート劇団から除外すると通告された。幸男さんとしては濡れ衣だったが、八角さんとの約束がある以上弁解できねえ。でも満開カンパニーがフルール賞を受賞する夢を諦められなかった幸男さんは自分が劇団を抜けると言ったんだ。理事会は幸男さんを演劇界から追放することを条件に満開カンパニーに対する制裁を免除した。こっそり劇団とつながる可能性もあるからと劇団員たちとの連絡も禁止された。それを破ったら幸男さんのみならず満開カンパニーや関係者も活動停止処分とすると。あいつはそんな危険を冒してまでなんでお前に連絡したんだ？まあそりゃつながりが欲しくなったんじゃねえか。あんだけ劇団のことを愛してた人だからな。俺は劇団を抜けることが決まってたし、ちょっとは安全だと思ったんだろう。ともかくそういうわけで
今お前たちに伝えた事実も一切他言無用だ。10年前とはいえフルール省理事のメンツはあんまり変わってない。幸男さんとの約束もまだ生きてるはずだ。今まで黙ってて悪かった。理事会は演劇界に大きな功績を残した重鎮数名で構成されている。睨まれれば演劇界から追放されるというのも想像に難くない。その彼らの目に留まり推薦されることがフルール賞ノミネートのためには必要不可欠だ。ま、基本的に演劇バカのおっちゃんおばちゃんの集まりだから、話題にさえなりゃどんな小劇場の公演だってガンガン見に来る。レニさんもつながりくらいはあるんじゃねえか。審査に携わっている天立さんくらいだな。去年大賞を受賞した劇団百花の OB でゴッド座を推薦してくれた。その縁で何度か話をさせてもらってる。出たことはないな。なんだ。このずうずうしさ。幸男さんに似てきただろう。そっくりだ。誘ってはみよう。だがその先はお前たち次第だ。ああ、そうだな。40% ってとこか。甘いな。せいぜい 20% だろう。去年は 0% だからずいぶんマシになった。ここ最近の躍進は素直に認めている。タイマンアクトの再選もそれだけの価値があると思ったからこそだ。とはいえビロードウェイにはあまたの劇団がある。上には上がいる。劇団員たちの経験不足は否めないし、まだ新規劇団の域を出ていない。演出も改善の余地がある。ま、この間のタイマンアクトの再選に対する注目度はかなりのものだったし、実際劇団員たちも飛躍的に成長できた。同じような起爆剤が必要かもな。それでこの八角さんの遺作についてはどうするつもりだ。さっき言った通り、幸男さんの名前を出して演出はできない。ただ偽名で覆面演出家としてやるっていう手はある。もちろんリスクはあるが、一度きりならバレねえだろう。だとしたら誰かが直接会いに行って演出プランを確認する必要があるな。お前が行くのもありだとは思う。
それでいいのか？そうだな。このまま幸男さんを追い出したままってわけにもいかねえだろ。そうだな。きっちり型をつけなくてはならないだろう。ってことで今回はあんたが行け。は？なぜ私が？俺はなんだかんだ電話で話してるし、あんたの方が積もる話もあるだろう。別に。あんたになら演出プランも伝わりやすいだろう。わかった。行けばいいんだろう。よし、そうと決まれば先に俺が幸男さんに連絡して脚本を送っとく。上演方法は初代メンバー集めた後みんなで相談すりゃいいだろう。初代でもう一回芝居できるってんなら真っ先に了承するに決まってる。あいつは誰よりも満開カンパニーが好きだったからな。前さんもヒロとの相性は気になるが、まあ大丈夫だろう。シュウさんもレニさんが出るなら出るだろうし。問題はやっぱり霞だな。私はまだ出るとは言っていないが。はあ？ここまで来て。演出プランを聞いてくるとは言ったが、私はもう役者として舞台に立っていない。今さら。どうせ出るんだからもう数に入れとくぞ。まったく。プロの仕事。ってこんなのできるか？難しいよね。じゃあ次はもうダメだ。あの隕石が衝突したらこの辺り一帯吹き飛んでしまう。君の力ならなんとかできるだろう。俺たちを助けて。そうだ、俺のこの超能力で。ってやっぱりダメだ。段ボール類を引き寄せられる力で何ができるって言うんだよ。ゴミの分類にしか役に立たない。ちょっとした超能力がそれって。あ、もうこんな時間だね。ここまでにしとくか。夏組メンバーとのコメディ芝居に体が慣れてるからな。やり慣れない咲夜との芝居はテンポが違って勉強になる。今度のドラマ撮影に向けて特訓してるそうです。俺も今度コメディが得意な劇団で客演のオファーをもらったのでちょうどよかったです。結構有名な大きい劇団だよな。はい、クレジットに名前と所属劇団を入れてもらえるので劇団の宣伝になるように頑張ります。しばらくはタスクさんやつむぎさんにもアドバイスもらいながら基礎稽古にも力を入れようかと思って。お互いに即興でお題を出し合ってそれを演じるんです。
今回のドラマは俺が演じる新米デカがベテランデカに無茶ぶりされて面白がられるっていう鉄板の流れがあってな。しかもコメディで有名な監督の意向で、そのシーンは一部即興でやりたいって言われた。一応決め打ちバージョンの台本も用意されるらしいが、俺からも即興でお願いしたんだ。天馬くんならアドリブにも慣れてるし大丈夫だよね。あというか、昨夜バイトの時間大丈夫なのか？あ、急がないと。井川に車で送らせるか？うん、今日はビロードウェイの託児所だから近くなんだ。100円先の劇団で教えてもらって、親御さんが演劇関係の仕事をしている子がよく預けられてくるんです。ありがとうな。行ってきます。おはようございます。ヒューガさん、おはようございます。おはようございます。スメラギ天馬です。今日はよろしくお願いします。マネージャーの井川です。ああ、こちらこそよろしく。天馬くんって今の満開カンパニーの夏組リーダーなんだって？ヒロさんの方も知ってたのか？はい。コメディシーンの撮影は負けられないな。あ、そうだ。前にライダーシリーズにゲストライダーとして出演してたよな。まあちょっと意外だったな。あのシリーズはまだ無名の若手が出演することが多いだろう。実は以前ご一緒したプロデューサーが推薦してくださいまして。なるほど。ヒューガさんも昔のシリーズにご出演なさってますよね。そうだったんですか。ああ、特撮に出るのが小さい頃からの夢だったんだ。天馬くんと違ってオーディションで勝ち取った。なあ、色紙持ってきてくれないか？はい。実はうちの息子が君の出演会を見てファンになったらしくてな。サインをもらえないか？もちろん。どうぞ。ありがとう。言っとくが、俺は愛する息子にとって世界一かっこいいパパでいたいんだ。仙台夏組リーダーとしても先輩ライダーとしても負けるつもりは全くない。悪いが全力で君をかすませるような芝居をするつもりだ。だから張り込みって言ったらあれだろ、サバ寿司だろ。サバ寿司？そうでしたっけ？ほら早く持ってこい。わかりました。っていうかどこで売ってんの？作れ。サバを締めて酢飯を。これ今やる必要ないだろカット。いいんだけどちょっと動き大きすぎるかな。すみません、もう一回お願いします。だから張り込みって言ったらあれだろ、チキンライスだろ。チキンライス？オムライスよりハードル高くない？カット。面白いんだけどさ、やりたいことが先行してキャラが崩れちゃってるかな。ほら舞台では過剰にキャラ壊したりしても受け入れられるけど、2時間ドラマの序盤でやるとキャラがブレちゃうからさ。すみません。ちょっと休憩しようか。
自分の芝居見て率直にどう思う？空回ってますね。迷惑かけてすみません。古巣の団員との掛け合い楽しみにしてたんだがな。よし、今回は決め打ちの台本でいこじゃあ今回はそういうことで。お願いします。もう一度だけやらせてください。撮影時間は無限じゃない。プロだろ。切り替えろ。また機会はあるからさ。はい。今日はすみませんでした。お疲れ様。お疲れ様でした。お先。今日はご迷惑をおかけしました。まだまだ撮影残ってるからな。切り替えて次で挽回したらいい。ちなみに次はアクションだが、天馬くんはスタント入れた方がいいんじゃないか？いや、アクションはこれまでもいろいろ経験があるので。今回のは結構ハードだし、自分の役者としての経験値と求められるものをちゃんと見極めて仕事した方がいい。必要以上に自分を大きく見せようとすると結局ツケが回ってくるぞ。それでも挑み続けたいんです。今よりも少しでも上を目指して。それが俺の役者としての信念なので。ご立派だが、プロとして冷静に仕事をしろよ。これはお前だけのドラマじゃない。ワークショップ。100回。タックスもテンテンもヤバタン。104、105。まだやるの？いくらなんでも追い込みすぎだって。筋肉バカが増えた。もういいんじゃない？休憩しよう。そうだな。このくらいにしておくか。すね。いや、まだやれる。お前の普段の運動量を考えればもう十分だろう。痛めるほど追い込んだら逆効果だ。クールダウンのために軽くランニング行ってくる。テンテン、それクールダウンになるの？やりすぎだって。どう見ても軽くって顔じゃないな。俺もついていこう。何焦ってるんだか。ドラマのアクションシーン撮影のために特訓してるみたいです。そういえば明日は雄三さんのアクションワークショップに行くんだよね。オーバーワークにならないかちょっと心配だね。俺は何度か参加して慣れてるから見ておこう。兄ちゃんがついてれば安心だね。
雄三さん。お、来たな。よろしく頼む。体ガチガチじゃねえか。そんなに気張ってたら怪我するぞ。しっかりストレッチしとけ。はい。体っつうか心の問題か。リラックスしろ。わかった。分かったようには見えねえけどな。今日は基本ペアで進めてく。まずは簡単に役柄を設定しろ。ヒーローと悪役でもいいし、ヤンキー同士でもいい。自分たちがやりやすい、イメージしやすいものなら何でもいい。アクションと程遠い嫁と姑、医者と患者なんてもんにチャレンジしても構わねえぞ。俺たちはどうする？せっかくだから今度のドラマの設定に寄せたらいいんじゃないか。そのための特訓だしな。助かる。じゃあ俺が新米デカ、十座さんが犯人役で頼む。わかった。なんか他に設定はあるか？そうだな。あとは犯人は新米デカの幼なじみっていうことだけで。設定はできたか？次にアクションを考えろ。モーションは全員フックと小キック3回、ストレートと蹴りは2回、最後に1つ決め技だ。回し蹴りでも背負い投げでも何でもいい。好きに割り振って考えろ。さあ、どんなシーンにするんだ？明らかにこっち見て笑ってるな。楽しいんだろ。下手なものは見せられないな。だな。フック、小キック。最後に決め技。どうだ？ああ、いいんじゃないか。前日のハードなトレーニングの疲れもない。ただ、そろそろ練習時間終わりにするぞ。集合。一組ずつ呼ばれた組から前で披露しろ。流れは悪くねえが、フックの連続が続くとだれる。もう少し緩急をつけた方がいいな。それから基本的な動きをもう少し練習しろ。次、兵道十座とスメラギ天馬。はい。うっす。お前らは当然基礎はできてるはずだよな。始め。まさかお前が刑事になってたなんてな。ひ弱なお前に務まるのかよ。お前こそなんで人殺しなんて。今からでも遅くない。自首しろ。うるせえ。誰が捕まるか。待て。ダメだ、絶対に行かせない。すげえ早い。はっ。以上です。キレがいいし迫力あったよな。本当に殴ってるみたいに見えた。うん。話の筋は面白かったし、演技自体は悪くなかった。アクションは？見栄えだけは良かった。中身がないってことか？ああ。演技は文句ないが、肝心のアクションシーンになると一気に崩れるな。特に天馬、アクションと役柄がちぐはぐだ。
その刑事は格闘技の使い手か何かか？犯人に対する攻撃は破れかぶれじゃなかったのか？決められた通りに動きをこなすことに注力してるから見栄えだけは綺麗だ。綺麗すぎる。ストーリーと噛み合ってないからリアリティがねえ。突然別のシーンでもはめ込まれたみてえに見える。見てる方は一気に冷めるぞ。素人じゃあるまいしアクション以前の問題だ。ジューザ、お前が一番分かってただろう。よし。だったら指摘してやれ。何のためのペアだ。すいません。センスは悪くねえ。肩の力抜いていつも通りやればもっと良くなる。はい。ジューザさん、俺に喧嘩を教えてくれないか？いっそジューザさんみたいに喧嘩が強くなれればもっと自然に。ちげえだろ。お前がやるのは喧嘩じゃなくて芝居だ。喧嘩は相手を叩きのめすためにやる。芝居はお互いの掛け合いだ。全くの別物だろ。すまない。今日は俺も悪かった。芝居はお前の方が断然うまい。でもアクションシーンなら俺にもできることがあったはずなのに役に立てなかった。どっか遠慮してアドバイスの一つすら満足にできねえ。情けねえ。いや、今日のは俺のミスだ。それでも俺はもっとお前を支えることができたはずだ。なんでそこまで？クモンに何か言われたのか？いや、頼まれたからとかいつもクモンが世話になってるとかそういうことじゃなくて、仲間だろ、同じ劇団の。ありがとう。俺は一人で気張りすぎてたのかもしれないな。なあ、今からアクションの練習に付き合ってくれないか？ああ、もちろんだ。ただその前にあれ食っていいか？あれって生クリームたっぷりあんまんか？ああ。付き合ってもらうお礼におごる。アクシデント。天馬くん、着きましたよ。天馬くん？よし。どうした？いいえ、本気だなと思って。当然だ。行くぞ。おはようございます。おはようございます。天馬くん、気合入ってるね。やっぱオーラがすごいな。おはようございます。おはよう。先輩より遅く登場か？すみません。スメラギさん、こちらお願いします。なんでこんな時にいないんだよ、先輩。さっさと片付けるぞ。いやおら！くそ、かっこいいじゃないか。はい、カット。チェック入ります。すごい！天馬くん、すごく良かったよ。
ああ。どうでしたか？いいねいいね、すごく良かった。キャラも引き立つし見栄えもいいし。完璧だね。言うことなし。ありがとうございます。さすがスメラギ天馬って感じだな。いい意味なのか悪い意味なのか分かりづらいな。次、天馬くんが手錠をかけられて捕まってヒロさんが助けに来るシーンなんだけど、一応本物の手錠と撮影用の偽物用意してあるんだ。安全を考えると偽物の方がいいと思うんだけど。リアリティに欠けるが偽物がいいんじゃないか。天馬くんが怪我したらご両親も悲しむだろう。本物でお願いします。でも刃物でもないし問題ありません。リハーサルの時間は十分に取れないし危ないよ。せっかくヒロさんとアクションができるなら突き詰めたいんです。天馬くん、本当にいいの？構いません。そこまで言われたら俺も気合を入れないとな。よろしくお願いします。お前さえいなくなれば俺は助かるんだ。落ち着け。ずっと逃げ切れるはずがない。今からでも考え直せ。お前ごときに説教されるとはな。いい加減黙るよ。死ぬと分かってて黙るやつがいるか。俺は死にたくない。お、まだ生きてたか。先輩。さあそいつを止めろ。もうちょっと生きてろよ。早くしてください。ヒロさんのアクションやっぱりすごいな。だが絶対に負けられない。逃げるぞ。はい。させるか。たった2人で何ができる。うわっ、そっちは任せたぞ。俺まだ両手使えないんですけど。そりゃやった。もう一人いったぞ。いい加減にしろ。これ以上邪魔をさせない。それはこっちのセリフだ。まずい、タイミングが危ない。カット。天馬くん大丈夫か。頭打ってなかったか。早く救急車。動かすな。天馬くん、ここに横になって。腕腫れてきてるな。響くか。最悪折れてる。くそ、どうなったんだ。起き上がろうとしても力が入らない。救急車まだか。撮影は延期だな。予定は一度立て直す。おい、こっちだ。救急車来ました。なんで動けないんだ。まだ撮影が。
おかえりなさい。てんてん、どうだった？入院なの？そっか。命に別状ないならよかったです。あいつ相当へこんでるんじゃないの？だよね。今日のアクションシーンは特に気合入ってたし、ずっと特訓してたもんね。天馬、きっと責任感じてる。プロ意識が高いからな。撮影に穴を開けたことを気にしてるかも。天馬。てんてん。あいつの力になるのは今度はお前らの番だろ。うん、そうだよね。宇宙人襲来。スメラギ天馬、ドラマ撮影中に怪我。特別ドラマは撮影延期に。天馬くんかわいそう。スケジュールが過密すぎるんじゃない？マネージャー仕事しろ。違う、周りは悪くない。この怪我は全部俺自身の。くそ！貴様の体を利用させてもらう。おとなしくしろ。やめろ！開頭手術を行う。やめろ！やめてくれ！我々は三角星人だ。地球を征服するぞ。あ、起きた。おはよう。地球人が起きたぞ。捕まえろ。お前らの仕業か！もしかして宇宙人の夢でも見たの？単純。来るなら来るって言え。別に今さら髪直したりしなくていいって。休んでて。来るって言ったら変に気使うだろうから何も言わずに来たんだよ。天馬さんは怪我人なんだから気にしなくていいんだって。さあさあ、ゆっくりしてて。たく。これお見舞い。何がいいか迷ったんだけど、片手で食べられそうなお菓子の詰め合わせにしたんだ。俺はドリンク詰め合わせ。俺からは雑誌とか DVD とか暇つぶしになるもの詰め合わせ。俺は三角詰め合わせ。それは一つで十分だろ。詰め合わせるな。あとつむぎさんから預かってきたお花、中庭で咲いてたって。お、花か。腕痛い？いや、今はそんなでもない。どのくらいで退院できるん？そんなに時間はかからないはずだ。ギプスはしばらくつけたままだが。なんだこの落書き！お前らいつの間に。早く治るおまじない。
これ見て元気出しちゃって。出るか。これで外歩くのは恥ずかしいだろ。っていうか、さっきから書いてあったのに気づくの遅すぎ。でも元気が出るようにって書いたのは本当だよ。今日も稽古あるだろ。早く帰れ。はーい。明日は秋組のみんなが来るって。俺たちもまた来るよ。ゆっくり休んでね。お大事に。あいつら好き勝手書いて。忘れ物した。もう泣いてたこと絶対からかわれるな。別に笑わないから。だから次に俺たちの前で泣きたくなったらせいぜい思いっきり泣けば。笑わないって言って顔が笑ってるじゃないか。ったく。それ本当ですか？信じられません。この時間を無駄にするわけにはいかない。これ以上迷惑をかけないためにもできることはしよう。退院したらまずは関係各所に謝罪に回って。邪魔するぞ。ヒロさん。花はもうあったか？ありがとうございます。わざわざ。今回は本当にご迷惑をおかけしてすみませんでした。俺に煽られて無理したんだろ。俺も大人げなかった。すまない。いえ、これは俺自身の責任で。まあそうだな。お前は現場に大きな穴を開けドラマの放送を延期させた。プロとしてはやはり失格だ。すみません。ヒロさんが初代夏組リーダーだと聞いてつい張り合ってしまいました。俺がコメディで失敗してアクションもダメだったら新生満開カンパニーのみんなが見くびられる。自分一人のせいで一緒に頑張ってきた仲間に迷惑をかけると思ったら自分のキャパを超えた無理をしてしまいました。市場をドラマ撮影に持ち込むのはプロとして間違ってたと思います。その気持ちは俺もわかる。そのギプス。これはあいつらが。深い絆で結ばれた仲間なんだな。俺もそうだった。でも俺は劇団を抜けて正解だった。絆にも成長にも円熟ってもんがある。つまりは天井、行き止まりだ。仲間と足並みを揃えている限りある程度のところまでしか行けない。事実俺は劇団を抜けて一人になってから役者として何段階も成長できたし周りにも認められた。これからも劇団にいる限りそれが足かせとなってお前の芝居は伸び悩むだろう。あいつらと足並みを揃えることで成長できない？いや、そんなはずない。俺は一人ではたどり着けない。夏組のみんなとだから目指せる高みがあると思います。焦がれる空に天井なんてない。
信じる限り俺たちはどこまでも高みを目指せるはずだ。お前もいつかわかる。プチ同窓会。いらっしゃいませ。先に連れが来てるはずなんだが。伺っております。あちらへどうぞ。この店で集まるのもどれだけぶりだ。私は初めてだ。そうだっけか。よう待たせたな。ずいぶん久しぶりじゃねえか、レイジ。ああ、そっちは変わりないようだな。お前の方はずいぶんすっきりした顔してるじゃねえか。まあな。なんでヒロ、もう潰れてんだ。焼け酒ってやつだな。血の底まで落ちてる。新生夏組リーダー煽って怪我させた挙句、見舞いに行った先でも厳しいこと言っちまったんだっていう。へえ。自己嫌悪になるくらいなら言わなければいい。しかも聞いたらこいつよ、昔自分が言われたことばっかスメラギ天満に言ってんだよ。共演楽しみにしてたんじゃないのか。スメラギ天満の過去の出演作品見てたら特撮ライダーがあってな、息子がファンになっちまったんだよ。嫉妬か。情けねえ。それだけじゃない。俺は小さい頃からずっとライダーになるのが夢だったんだ。初めてライダー役を掴んだ時は天にも昇る気持ちだった。ちょうど今の天馬くんと同じくらいの年だ。それが天馬くんはコネでライダー役掴んだって聞いてな、思わずカチンときた。七光か。確かにスメラギ夫妻は芸能界でとてつもない存在感があるが、あいつはど根性タイプだぞ。親から受け継いだ才能や下地はあるが、それに甘えていない。どこまでも高みを目指して自分を追い込むタイプの役者だ。新生夏組の旗揚げの時も鼻っ柱を折ってやるつもりで指導したが、全くへこたれなかった。真面目なやつだ。あいつの出演作見ていい役者だったのは分かってる。だから俺はなんであんなことを。めんどくせえ酔っ払いだな。ガラスのハートも相変わらずだ。いらっしゃいませ。悪い、遅くなった。ちくしょうめ誰だこの酔っ払いは。夏組リーダーだ。嘘だろ、人違いじゃないか。人違いじゃない、よく見ろ。知らねえ赤ら顔だな。おい、はいはい、その辺にしとけ。これで全員だな。霞は来ないのか。呼んではみたんだがな、あいつにはもうちっと時間が必要みてえだ。代わりに今日はもっと久々なゲストがいるだろう。ああ、そうだな。何年ぶりだ。20年以上か。長い反抗期だったな。確かに。誰がだ。
日は思い出話をするために集まったんじゃないだろう。これの話だ。台本？八角さんが俺たちに残した遺作だ。遺作って？八角さんは8年前に亡くなってる。八角さんが？そうか。最近は脚本を書いてる話も聞かなかったから、もしかしたらとは思ってたが。俺も知ったのはここ最近のことだ。全然知らなかった。遺作でここにいるメンバーがキャストに指名されてる。演出家には立花幸雄、主演はヒロか。八角さんが俺を主演に、しかも初代メンバーで芝居ができるってことか。やる気があればな。もちろん断る理由がない。俺も構わないぜ。世話になった八角さんの意思だ。受け継ぎたい。俺も乗った。八角さんの本なら間違いねえ。面白そうだ。でも幸雄が。他言無用だが、実は幸雄さんとは今でも連絡を取り合ってる。何？なるほど。0時かと思ってたら雄三だったのか。なんで驚かないんだ？ま、なんとなくな。誰かしらとは連絡を取り合ってるんじゃないかと思ってたぜ。無事ならよかった。たく、人騒がせなやつだ。ともかく幸雄さんからも演出の了承は得ている。あくまでも覆面演出家としてだが、あんたが訪ねてくるのも楽しみにしてたぞ。ああ。会いに行くのか？演出プランを聞きに行く。存分に仲直りしてこい。演出プランについては2人に任せるとして、俺が霞を引っ張り込めばメンツは揃う。あとは本番の公演をどこでやるかだ。レイジもいるんだし、ゴッド劇場でやりゃいいんじゃねえか。俺も出るし、ヒロも出るし、ある程度キャパが必要だろう。気軽に言うな。あくまでゴッド劇場はゴッド座の専用劇場だ。ゴッド座 OB ならともかく、満開カンパニーの OB を立たせるわけにはいかない。じゃあ雄三がいつも使ってる劇場でやるのが無難か。いっそ前さんが経営してる小レストランでやるのはどうだ。完全に内輪向けだな。うちの店をパンクさせる気か。断る。満開劇場でやりたい。八角さんの本で初代メンバーが集まって公演をやるなら、あの劇場でやりたい。あの人のこと、あいつは俺にとってのヒーローだった。幼い頃から特撮ヒーローが大好きだった。親父も筋金入りの特撮オタクで、親子揃って特撮もののビデオを見たり、ヒーローショーに通い詰めた。自分の名前がヒーローになってほしいからという理由でヒロと名付けられたのだと知った時も、安易だと思いながらも嬉しかった。自分はヒーローになるために生まれてきたんだ。そう思って芝居の勉強を始めた。いつか絶対に特撮ヒーローになる。その夢だけをモチベーションにひたすら努力して稽古に明け暮れ、オーディションを受けて
事務所に所属できた。エキストラとかもガンガンやって経験を積んだ。そうして高校3年生の時、念願かなってオーディションに合格し、特撮ヒーロードラマの主演に大抜擢された。努力で掴んだ特撮の現場は夢の時間だった。夢中で駆け抜けて世間からも注目された。でも撮影も放映も終わり、事務所にもこれから売り出すと期待されたところで、自分の中の気持ちが急激にしぼんでしまった。一生の夢だと思っていたヒーローになる夢を10代のうちに叶えてしまったのだ。次の夢は何にすればいいのか、皆目見当もつかなかった。結局のところ、自分は絶望的なまでにヒーローにしか興味が持てないのだ。完全に燃え尽きてしまい、映像関係の仕事のオーディションもオファーも一度全部断った。そうしたらオファー自体がガクンと減った。業界は厳しい。一度主演を評価されて天狗になった若手俳優という烙印を押されてしまったら、もう二度と機会は巡ってこなかった。特撮ドラマで主演を張ったから、親も学校の先生もクラスメートも当然俺が役者の道に進むと思っていたし、自分でもそう思っていたから進学はしなかった。高校を卒業した俺はただの仕事の少ない役者になってしまった。時々思い出したように来るエキストラやちょい役の仕事をこなすばかりな上に、モチベーションも上がらない。そんなある日、事務所の社長に呼ばれた。ヒロ、次これに出てみないか？舞台？ギャラも大したことないちょい役だけど、ビロードウェイで上演する舞台だ。演目がヒーローものなんだよ。へえ。どう？じゃあやってみます。ヒーローものという言葉に惹かれてうなずいた。そうしてたった数日の公演が終わり、千秋楽の日、楽しくはあったものの、以前のように燃えるような芝居への情熱は取り戻せなかった。やっぱり自分はもう役者を辞めた方がいいのかもしれない。そんな風に思いながら楽屋口から出た時、一人の男が近づいてきた。出待ちかと身構える俺に、男は人懐っこく話しかけてきた。一時期増えた追っかけも最近は少なくなって気を抜いていたせいで、とっさに逃げられなかった。今日の芝居すごく良かったよ。昨日と少し変えたんだね。より心情が伝わるようになったし、人物が前に出てきた。それはどうも。でもどうせなら最後の場面はもっと怒りを込めた方がいいと思うな。その方が去り際の印象が強く残るし、主役の芝居も強調されるからさ。はあ。でも俺が演出家だったら、君はもっと違う役にキャスティングするかな。主演とか？いや、悪役の司令官。はあ？きっと今の君ならすごくいい芝居をすると思うんだ。後々ヒーロー側につくっていうのもいいよね。俺ちょうど劇団を立ち上げたばかりでね、役者を探してるんだ。俺ならきっと君をらしく咲かせられると思う。どうかな？舞台に興味はない？突然何を言い出すんだとか、一度はドラマの主演もやった役者を軽々しく誘うもんだなとか、いろいろ思うところはあったが、
あまりに邪気のない様子と男の不思議な雰囲気に惹かれて、つい本音を漏らしてしまった。悪いが役者はやめようと思ってる。どうして？詳しく聞かせてほしいという男になんとなく興味が湧いて、近くの喫茶店で話をした。ヒーローになるという夢を叶えて芝居に対する情熱が取り戻せないという俺の話を男は真剣に聞いてくれた。でもさ、ヒーローって定義によってはすごく広くならない？定義？例えば歌の歌詞とかでも「君が僕のヒーロー」とか「みんな誰かのヒーロー」みたいなフレーズがあるだろ？それはまあちょっとした言葉で誰かの心を救う役とか、人を教え導く役だって悪と戦わなくても考え方によってはヒーローと呼べるかもしれない。確かに。ほら、もしヒロ君が俺のできたばっかりの劇団の看板役者になってくれたら、ヒロ君は俺のヒーローだしなんてね。気づいたらすっかり相手のペースに巻き込まれていた。もしかしたら俺はまたヒーローになれるかもしれない。いや、またじゃない。考え方を変えれば何度でもかっこよく誰かを助けて守ってやれるヒーローに。そういえばヒロとヒーローって五感が似てるね。そう笑う男に自分から劇団に入れてほしいと頼んだ。それが満開カンパニー初代総監督の立花幸雄だ。俺の入団を無邪気に喜んでくれた幸雄が視界を一気に広げてくれた。新しい目標を示してくれた。幸雄こそが俺の人生のヒーローだ。そう思うのと同時に俺もこいつのヒーローになりたいと思った。幸雄の劇団のヒーローに。そう思って看板役者として立てるようにもう一度全力で芝居にのめり込んだ。フルール賞という一つのゴールに向かい仲間と全力で走り続けた日々。俺の人生に決して冷めない情熱を与えてくれた満開カンパニーという居場所が大好きだった。だから幸雄が突然失踪した時は、今こそ俺がこの劇団のヒーローとして支えないといけないと思った。一人また一人と仲間が対談していっても、いつかはみんな幸雄と共に劇団に戻ってきてくれると信じていた。伊助の切り盛りで劇団が衰退していき、公演自体あまりできなくなっても席だけは置き続けた。自分が映像の仕事を頑張れば仲間がもう一度戻ってきてまた劇団が盛り返すかもしれない。そう思ってもう一度テレビの仕事も始めたが、あくまで満開カンパニーの公演を優先した。でも100円ばかりで公演の質はばらつきが出るし、俺のやる気ばかりが空回りしてうまく稽古も回らない。観客にも当然それは伝わる。客席はどんどん寂しくなっていって、初代のメンバーも俺だけになったある日、すみません社長、その日は劇団の公演があるんで。いつまで続けるつもりだ？確かに満開カンパニーはヒロに再起のきっかけを与えたが、いつまでも固執して何になる？今の劇団の活動でお前が得るものはあるのか？お前はボロボロの劇団を守るヒーローのつもりかもしれないが、もうそこには昔の仲間はいないんだろう。守ってやる者はもういないんだよ。
もう十分に恩は返したはずだ。そこにいる限り行き止まりだ。お前はどこにも進めなくなる。社長の言葉に返す言葉がなかった。そうして悩んだ結果、俺は劇団を去ることを決めた。そんな時、事務所に小包が届いた。差出人の名前はイカルが発覚。中には封筒と手紙が入っていた。手紙には封筒の中身は八角さんと幸男が満開カンパニーの未来に託したものだということと、いつかまた満開カンパニーに関わることがあれば未来の団員に渡してほしいということが書いてあった。それまでは決して開けないでほしいということも。一石は手書きの脚本を何度も読んで慣れ親しんだ懐かしい八角さんの字だった。これも恩返しだと思って、いつかまた満開カンパニーが蘇ることがあれば未来の劇団員に渡そうと誓った。本当はいつかまた自分があの劇場の舞台に立ちたいという思いはあったが、退団した以上俺にその資格はない。ただ自分の選択が間違っていなかったことを証明するためにがむしゃらに頑張った。テレビに活動の場を移してからは映像の芝居も一から学んだ。今の俺の俳優としての地位はそのおかげだ。そりゃお前の思い出はわかるし、叶えてやりてえのは山々だが、あの劇場はあくまでも今カンパニーにいる奴らの居場所だろう。橘の娘なら二つ返事で引き受けそうではあるがな。だからこそ軽々しく頼むべきではない。ずいぶん買ってんだな。ただの客観的判断だ。ま、レニさんの言う通りだが、へへ、いいこと思いついたぜ。悪巧みの顔になってるぞ。完全に山賊だな。追いはぎだ。悪役面だよな。誰がだ。言いたい放題言いやがって。で、何を思いついたんだ。耳貸せ。たく、なんてアイディアだ。どうだ。賛成だ。俺はぜひやりたい。まあいいんじゃねえか。面白そうだしな。お前はそればっかりだな。どうせ止めても無駄だろ。じゃ多数決で決まりだな。新生組の奴らに殴り込みに行かねえと。八角さんの作品をもう一度演じられるんだ。若い奴らに絶対負けられねえ。八角さんといえば、そういや。それはこの間、霞から託された。霞が劇団を辞めた後に八角さんから預かったらしい。中は開けずに新生組の奴らに渡してくれって話なんだが。それならさっさと渡してやったらどうだ。これ見ろ。木？落書きではないな。八角さんの字だ。俺の推測だが、これは多分起承転結の木だ。お前ら3人、劇団辞めた後に八角さんから何かもらってねえか？もらった。事務所宛てに同じような封筒が届いた。そういえば「章」って書いてあった。起承となると渡されてる。
俺のは天だ。やっぱりな。ということは残るケツは。俺は渡されてねえ。劇団辞めた後は親から座長を継いであちこち興行で回ってたからな。捕まらなかったんじゃねえか。ちなみにレニさんは？例の遺作以外は受け取っていない。だとしたら誰が持ってるんだよ。シエルか。劇場破り。へえ、よかったね。車で迎えに行った方がいい？大金のお祝いね。退院。一応今日はハンバーグの予定っす。頼もう。なんだ？でかい声。なになに？登場破り？行ってみよう。よう。まったく、なんでこんなバカバカしいことを。邪魔するぞ。へえ、ここは変わりねえな。懐かしいな。ヒューがヒロ？すっげえ！なんで？初代組のおっさんがぞろぞろ揃いも揃って。左京の坊主、普段おっさん扱いされてるからってここぞとばかりにおっさん言うな。左京ってこんなにでかくなったのか。そりゃな、何年経ったと思ってんだ。皆さんお久しぶりです。お元気そうで。おう、お前も相変わらず貧乏くせえな。また会ったなおっさん。まさか秋組リーダーとは思わなかった。どいつもこいつもおっさん呼ばわりするな。ったく、それはこっちのセリフだ。誰？あれが八角さんの孫だ。お前が。そうかい。目元に面影があるな。じいちゃんの友達？おう。あなたは以前ゴッド劇場の前で少し。レイジのことコテンパンにしてくれてありがとうな。別にコテンパンにはされていない。あなたが冬組リーダーのシュウさんだったんですか。おう、よろしくな。それで一体何の用だ？俺たちは初代満開カンパニーとして新生満開カンパニーにタイマンアクトを申し込む。初代と新生組が？タイマンアクト。なんで急にそんな話になった？八角さんの遺作公演について相談しててよ。ヒロが満開劇場でやりてえって言い出してな。初代のメンバーと八角さんの脚本でやるならやはり満開劇場がふさわしいだろう。とはいえ満開劇場は現役の劇団員たちのもんだ。そこでタイマンアクトなら挑戦者として並び立てると思ってな。道場破りならぬ劇場破りね。
おい、これは新生満開カンパニーの総監督へ挑んだ勝負でもあるんだぞ。あんたが言うなら何でもやる。総監督がそう判断したならいいんじゃない？賛成だよ。俺もいいと思います。売られた喧嘩は買わねえとな。タイマンアクトの経験はかけがえのないものです。俺も前回痛感しました。やりましょう。よーし、頑張るぞ八角さんの遺作が源平合戦を下敷きにしたものだった。源平がいいだろう。さすが渋いな。史実ものか。タイマンアクトってことは勝敗に何かかけるの？そういやそうだな。なんか欲しいもんあるか？だったら亀吉が欲しい。俺かよ。もしかしてグリュウさんのレストランで亀吉の丸焼きメニューを？おい、俺を食うなよ。昔は俺がユキオと一緒に世話係をしてたからな。懐かしい。週に何日かでも看板取りをやってもらいたい。そんなことならいつでもどうぞどうぞ。ただ働きじゃねえか。言っとくが1日10個目はもらうぜ。安いな。そういうことなら俺は10座にするか。やっぱり引き抜き。兄ちゃんは渡さないぞ、怪人雄三め。誰がだ。引き抜きじゃない。次の公演ノーギャラで客演と裏方の手伝いをしてほしい。うちの劇団のやつらが10座のことを気に入っててな。そんなことっすか。いつも世話になってるし、言ってくれればいつでも。それじゃあ勝負の意味がねえだろう。そっちが勝ったらまっとうなギャラを支払う。そんなこと言って油断させて兄ちゃんをさらうつもりだろ。許さないぞ。人を犯罪者にするな。周さんはどうする？じゃ水道光熱費かね。はあ？安心しろ。俺の払えってわけじゃねえ。この量の水道光熱費の支払いを止めるだけだ。周さんが払ってたんですか？ま、趣味の一つだな。知らなかったぜ。この劇団の将来への投資のつもりだったが、初代に負けるようなら見込みもねえ。もし水道光熱費を自腹で払うことになったら。ま、本来それが普通なんだけどな。まずは領内の省エネ促進、それから消費電力に合わせた割合で組ごとに徴収する。まあそうなるよね。しょうがねえな。問題ありません。
部屋じゃなくて組か。バイト増やさなきゃ。最悪。消費電力とかどう考えてもうちの部屋がダントツだろうね。ギク。私自転車で発電するよ。ヒロはどうするんだ？じゃあ寮の入り口の旗をもらう。旗？あれ、旗の裏にみんなで寄せ書きしただろ。そういや、そんなもんあったな。よく覚えてたな。さすがカンパニー愛が重いな。うるさい。残るはレニさんか。私は何もいらん。みんな言ったんだ。そういうわけにはいかないだろう。初代の旗揚げ公園の稽古風景が映った8ミリフィルム。さすが立花幸雄オタク。思いついたのがそれくらいだったんだ。旗揚げ公演の時は初心者が多かったから、演出の幸雄さんも結構芝居しながら指導することが多かったんだよな。あいつの芝居が見たいんだろう。うるさい。旗揚げ公園ですか？倉庫の奥の方にしまってしまったような。探しておけ。これで5人分の条件は聞いたが、残る1人のかすみさんはどうするんですか？合流できたら聞いとく。春組リーダーのかすみさん、会ってみたいな。新生組のキャストは決まったら連絡してくれ。ちなみに八角さんから主演に指名されてるのは俺だ。天馬くんに伝えてくれ。半端者。じゃあな。今日は挨拶しに来ただけだから帰る。うちは負けないですよ。あんなちっこかった坊主が言うようになったね。ああ、すっかりグレちまって。ガキみてえな言い方すんな。さっきは散々好き勝手なこと言ってくれたが、新生組が勝ったら初代組は何をくれるんですか？それについては一応お宝級の景品を用意してる。それはまだ完全に揃っていないだろう。ま、どうにかなるだろう。そういや、脚本担当の皆木つづるってのは俺ですけど。お前か。ポストイカルが発覚ってのは。え？スポットライトの雄三のインタビューを読んだな。新生組のこれまでの公演を見た。カンパニーのカラーは雑記脚本家によっても決まる。お前の脚本は悪くはねえが、いつもラストが生ぬるい。甘っちょろいご都合主義の結末ばかりだ。胸を引き裂くような悲劇を描けないのは人生の悲しみや寂しさを知らねえからか。お前自身のインプットの薄っぺらさが現れてる。お前の芝居も見たが、役者はやめろ。脚本のセンスは認めるが、役者としては凡人だ。
一握りの役者だけが持つような研ぎ澄まされた才能はない。作家として八角さんに追いつきてえなら腰掛けで役者なんてやってる暇ねえだろ。もっと血へど吐く思いでインプットして書きまくれ。でなければお前の物語は八角さんの描く世界にはかなわねえ。脚本で役者の足引っ張んな。いや、いいっす。八角マニアだけにポスト八角は聞き捨てならねえか。ま、軽々しく使ってほしくはねえな。じゃまた連絡する。さっさと帰ってください。ただいま。ん？あ、てんてんおかえり。天馬くん、おかえりなさい。退院おめでとう。天馬、退院できてよかったね。おかえり。お。初代組とタイマンアクト。しかもヒロさんが主演か。自分が主演だってことをヒロさんが俺に伝えるように言ったんだな。個人的な挑戦状だな。俺も主演がやりたい。問題ない。経過は順調だし、完治までそう時間はかからないと言われた。リハビリも必要になるが、稽古には支障が出ないようにする。もし俺が天馬の立場でも主演やるって言うだろうな。喧嘩売られて黙ってるわけにはいかねえか。怪我については無理しないよう俺たちもサポートする。俺も出させてもらえないっすか。役者と脚本の両立は中途半端だって言われて、専念するべきかとも思ったんすけどね。正直、劇団に入るまでは、演じることより書くことの方が興味がありました。役者をやるのは、脚本を書く勉強にもなるからって、そういう気持ちがあったのも事実っす。でも、春組や他の組のみんなと一緒に芝居をして、舞台に立つようになって、その中で得たものはたくさんあった。気づけたことも、学んだことも。脚本を書くだけじゃ、みんなと同じ舞台には立てない。隣に並べないし、一緒に芝居もできない。今では俺にとって、書くことも演じることも、同じくらい大切なことなんです。だから音宮さんには、脚本家としてだけでなく、役者としても認めてもらいたい。一つしか本物じゃないなんて嘘だよね。一つに集中しなきゃいけないなんてそんなことないと思う。だってやり方なんていろいろじゃん。どっちも大切だし、どっちもやれるってこと見せてやりなよ。兼業なめんなっつーの。大切なものがいっぱいある方が楽しいじゃん。俺らの可能性まだまだ決められたくないし。これで認められなかったらこっちまでバカにされたことになるんだから、
しっかりやってよね。怖え。相手私なら手伝うよ。煮干しに鰹節に昆布もいるね。出し違い。うちの看板脚本家バカにされて黙ってるわけにはいかないよな。先輩が言うと一気に犯罪臭くなるんで自重してください。手伝えることは何でも言ってくださいね。ありがとな。前回と同じように今回の公演に対する思い入れが強いメンバーが出るのがいいかもしれないな。タイマンアクトというのは一度限りだからね。この公演でないと得られないものがあると思うよ。俺っちも前回出て本当に良かったっす。今回の公演も出たい人が出るのがいいと思う。はーい。この前まどかの脚本のお芝居見て、まどかにも俺のお芝居見てほしいなって思ったんだ。それにじいちゃんが言ってた通り、お父さんに俺のお芝居を見せたい。おじいさんの意志叶えましょう。スミーのお芝居きっとマドチンも喜ぶよ。うん。初代はヒロさんをはじめ実力派揃いだが、ミスミがいるなら心強い。テンマ、一緒に頑張ろう。俺も出たい。どうした？珍しいな。あんたの父親があっちの演出するんだろう。未来の婿が有能な役者だって見せて結婚の許しをもらう。そこか。相変わらずだな。応援しづらいっす。でも気合は十分だね。ま、初代相手でも臼井なら安定だしな。これで出演決定したのは春組2人と夏組2人か。春夏ミックス。なるほど、ミックス公演にできそうだね。この間のタイマンアクトでは秋組と冬組がタッグを組んだから、今度は春組と夏組のミックス公演にしたらどうかね。残るは各組1人か。はい、俺も出たい。負けたら兄ちゃんが雄三さんに取られちゃう。そんなわけないだろ。わかんないじゃん。安定のブラコンか。気合が入ってるっていう意味ではマスミくんと同じかな。応援するよ。ま、水道光熱費もかかってるしサポートはするよ。本当は俺出たいんですけど、両立できるか自信がなくて。私、アップはできてるよ。盾は鬼門。負けたら水道光熱費か。バイト。俺が出ようか。盾ならなんとかなりそうだし。確かに盾のこと考えると先輩は適任かも。慣れてる。物騒だな。
てんてんの退院祝いとタイマンアクト決起会やっちゃう？賛成っす。明日からでもこのメンバーで稽古始めるか。こんなのすぐに直す。大丈夫だ。当面の仕事も全部キャンセルになったし、この機会基礎から自分の芝居を見つめ直す。目隠しサプライズ。教えてくれシヘラザード。幻の楽園オアシスはどこにあるんだ。前置きが長い。3行で。どうせ全戦全敗の弱小野球部だろう。この間なんかコールド負けしたって聞いたぞ。いっそなくした方がいいんじゃないか。まだつづるの本も出来上がってないのにばっかじゃないの。病み上がりなのに良くないよね。新しい三角くん作ってあげなきゃ。お風呂の時間になってもてんてんが来ないから探しに来たんだ。我ら伊賀はイノシシ城に着くことになった。狐城に雇われた甲賀は敵だ。不審な動きをしているという噂もある。見かけたら即刻処分しろ。これだけ話してるのに天馬さん全然気がつかないね。それだけ集中してるっていうことなのかもしれないけど。あの辺境の小国花の国か。道理で頭に花が咲いてるわけだ。当然だ。太陽の王子だからな。俺の名前はサニーだ。覚えておくといい。全然楽しんでない。だね。どの役やっても暗すぎ。そうそう、俺たちそういうてんてんの点上げでバイブス上げてきたじゃん。怪我が治ってもこれじゃあ天馬くんは元通りにはならないよね。どうにかしないと。アラジンってお前なのか。魔法のランプをくれ。こんなのコメディじゃない。ねえ、最近天馬くんが笑ってるところ見た？見てない。ずっと難しい顔してるよね。新規臭い。天馬の笑ってる顔見たいな。そうだ。もしもし、イガッチ？てんてん、3日間だけ連れ出していい？大丈夫だって。分かってるよ。オッケー。よろぴこ。誰と電話してたの？てんてんのマネージャーのイガッチ。あのさ、いいこと思いついたんだ。今度さ。いいね。賛成。
気分転換にはなるんじゃない？楽しそう。ああ、どうも。それが実は。今日は遅かったんだね。ちょっと実家に寄ってこれ取ってきたんだ。それ何？明日持っていくお楽しみグッズ。天馬さん、ちょっとでも元気になってくれたらいいな。そうだね。あ、電池忘れた。電池？これに使うんだ。ちょっと買ってくる。先帰ってて。あ、うん。Q ちゃん、天馬くんのためにいろいろ考えてるんだな。僕にも何かできることがあればいいんだけど。あ、到着。着いた着いた。空気が美味しいね。その前に目隠しを外せ。あ、ごめんごめん。忘れてた。おい！ってここ。懐かしの合宿場。久しぶりだよね。懐かしいな。同じ構図でインステ撮ろ。一緒に来られて嬉しいな。ね、てんてん。また前回みたいに花火したりしてさ。今は遊びに来てる場合じゃないだろう。稽古するだけだったら寮でもできる。帰るぞ。そんな。せっかく来たのに。悪いが俺は一人で帰らせてもらう。キャンセル料かかんなよ、ポンコツ役者。どうせ仕事なくて暇なんでしょ。合宿だって言ったでしょ。あんたばっか一人で稽古したって意味ないじゃん。いいから付き合いなよ。最近はドラマの仕事で忙しくててんてん遊んでくれなかったじゃん。3日間だけダメかな。一緒に遊ぼう。頑張って稽古もするからさ。お前らなんでそこまで。ね。お願い。しょうがないな。ニコテン大作戦。ここも変わってないね。相変わらずちょっとボロい。寮の稽古場より広いね。いっぱい走り回れる。あ、危ないですよ、ミスミさん。だからさっき言ったじゃん。3番テーブルのお客さんに焼肉定食だって。お悪い。オッケー。ほらほら、さっさと動いて。
なんかグダグダで終わったね。まあ1日目だし。悪い。俺のせいで。天馬は悪くない。あ、天馬くん。天馬、悲しそうだったね。一緒にお芝居しても楽しくなかったのかな。俺がもっと頑張れば。まだまだここまで来たんだし、なんとかなるって。天馬をニコニコにする。名付けてニコ天大作戦。包丁取って。皮むき器ここにあるよ。三角お野菜ジャバジャバ。なんで合宿に来てまでカレー？やっぱり合宿って言ったらカレーでしょ。旗揚げ公園の合宿でも作ったもんね。ああ。前回はコックもいないのかとか言ってたよね。なんか焦げ臭くない？おっ、ちょっと焦げた味がする。悪い。素直に謝るとか気持ち悪い。気にしない気にしない。僕たちが話に夢中になってたせいだし、天馬くんのせいじゃないや。それにちゃんと美味しいよ。焦げた味のカレーなんて量では出てこないし、むしろレア。それぼーっと食べて吐かないでよ。あー、人参。天馬のお皿に入ってたんだね。まったく。人参食べてあげるんだ。ゆきくん優しいね。別に吐かれたら困るし。よし、次の作戦決行。お風呂すっげえ。寮の風呂よりは小さいんじゃない？でもここ天然温泉なんだよね。お湯がぬるぬるで気持ちいいよ。肌にも良さそう。寮にも温泉引けばいいのに。それは掘らないと難しいんじゃ。湯船が三角。あ、そうだ、俺これ持ってきたんだ。何それ？もしかしてそれがお楽しみグッズ？あ、星が見えるやつでしょ。そうそう、お風呂でプラネタリウム。電気消すよ。スイッチオン。あー、綺麗だね。露天風呂っぽい。作り物でも十分綺麗だよね。あそこに三角の星見つけた。あ、ほんとだ。ちなみにこれだけじゃないんだ。
ああ、花火だ。すごい。いいじゃん。綺麗。やっぱり花火見るとワクワクするし、テンション上がるよね。ねえ、てんてん。また花火やろうよ。そうだな。やったー。そろそろ暑くなってきたね。のぼせそう。上がろっか。ねえねえ、この後部屋で恋バナ大会しよう。恋バナ？いいよ。俺は今日はちょっと疲れたし、怪我に響かないように早めに寝る。てんてん。太陽の花。それじゃあ買い出し班行ってくるよ。ああ。片腕だと何かと不便じゃない？普通に生活する分には問題ない。僕も残っていいかな。それがいいかもね。はい。行ってきまーす。いってらっしゃい。天馬くん、ちょっと行きたいところがあるんだけど、付き合ってくれないかな。いや、俺はちょっと歩くんだけど、たまには散歩するのも体力作りにはいいんじゃないかな。ね、出発。おい。何もないけど、のどかないいところだね。空気も美味しいし、時間がのんびり流れてる気がする。こういうところで暮らしてみるのもいいな。ねえ、天馬くんはどう？俺は絶対無理だな。現場に行くのも遠いし、通うのが大変だ。しかもちょっと道に迷ったら即遭難で命に関わる。そこ。でも確かに電波が届かないとちょっと困るよね。それで行きたいところってどこなんだ？もう結構歩いてるぞ。もうすぐだと思うんだけど。あ、見えてきた。うわー、すごいね。一面ひまわりだ。胸を張れ。花のおじさま公演の時、天馬くんが僕にそう言ってくれたよね。自信がなくて、そんな自分が不甲斐ないって思うのに、どうしてもうつむいてしまう。そんな僕に天馬くんがくれた言葉、僕にとってどれほど心強い力になったか。他でもない天馬くんが言ってくれたから、だから僕も自信を持とうって思えたんだ。ひまわりって天馬くんみたいだよね。お日様みたいで、いつだって空を向いてまっすぐ上だけを目指してる。一緒にいると僕たちも自然と上を向けるんだ。いつも頑張ってるから、たまには立ち止まってうつむいてみるのもいいかもしれないけど、今の天馬くんはうつむいてばかりで、お芝居してても全然楽しそうじゃない。僕たちの大好きな
夏組リーダーの天馬くんじゃないみたいだなって。無垢。僕なんかが偉そうに言ってごめんね。でも天馬くんには胸を張っててほしいんだ。このひまわりみたいに。すげえ！ひまわりたくさん。何ここ、インステ撮らなきゃ。すごいね。お前ら。さっき帰りに寄ってもらうように頼んだんだ。夏組みんなで見たいと思って。てんてんいっぱい。分身の術。一緒に撮ったら埋もれちゃうね。なんだそれ。だってひまわりっててんてんみたいじゃん。そうそう。主張が強いところとかそっくり。ほらね。ムク、こんなところよく知ってたね。ああ、それがね、偶然。ねえ、このひまわり畑どこまで続いてるんだろう。先が全然見えないね。どこまで行けるんだろう。さあな。行ってみよう。行こう行こう。おい、この先に何があるか気になる。しょうがないな。ほら行こう天馬くん。もしかして泣いてる？泣いてない。病院では泣いてたけどね。おい！やっぱり泣いてる。インステあげよう。ひまわり畑で泣くてんてんを探せ。すぐ見つかるだろ。やめろ。ったく、行くぞ。投稿完了っと。ああ、すぐ行く。いつも通りだな。そこはバーベキューでそのまま食べればよかっただろ。なんだよ。今度はなんだよ。その変な顔でゆっくり遠ざかっていくのやめろ。なんだよ。着火。ゴーゴー。これか。変わらないな。察しが悪い。大成功。これ前回もやったんだよね。くるくる楽しい。てんてん、もしかして怒った？
天馬くん壊れた。笑わせるなあ、見て見て、ネズミ花火2つ鼻の下につけて大作でちゅーくだらない。俺もネズミ花火の真似。くるくるくる。すげえ、ブレイクダンス腹が痛い笑いすぎでしょ。でもよかった、天馬くんが笑ってくれて。ったく、人を殺す気か。勝手につぼってたんでしょ。お前らといると本当に退屈しないな。いつもの天馬くんだ。これで本当の作戦大成功。やったー。ロケット花火、三角発射。綺麗。あ、これで最後だ。じゃあ着火するよ。あっという間だったね。最後にてんてんと笑顔で思い出作れてよかった。そうだね。どういうことだ。これがラストチャンスだったから絶対てんてんと来たかったんだ。タイミングよく予約できてよかったよね。来月だったら間に合わなかったしね。そういうことか。思い出作れてよかった。まだ時間はあるだろう。これが終わったら、恋バナ大会だったか。てんてん、しようしよう。守るための拳。おはよう。まだ起きそうにない。いや、せっかく目が覚めたからちょっと走ってくる。わかった。よう。あんたは？そうか。お前に会うのは初めてだったか。栗生善って初代の？なんでこんなところに？近くに少し用があってな。そっちこそ一人か。おう。珍しいな。これを見ようと思って。撮影の映像か。ヒロさんと共演したドラマだ。
怪我をした時の。ああ、あれか。撮影再開する時のためにも確認しなきゃいけないんだが、不甲斐ない自分と向き合う覚悟ができない。ここに来れば勇気も出るかとは思ったんだが。貸してみろ。おいまだ放送前のだから見るな。あいつもお前も下手くそすぎて笑えるな。真顔で言うな。ってあいつってヒロさんか？まあお前よりはマシか。これでも監督やヒロさんには褒められた。お前のアクションは見かけ倒しだ。大事なものが一つ欠けてる。大事なものって？殺意だ。殺意？人間も動物も戦う時は必ず意味や理由がある。でなければわざわざ危険に身を投じようとはしないはずだ。自分を守るため、家族や仲間、大切なものを守るため、理由はいろいろあるだろう。なんであれ、相手を倒すという明確な強い意志と熱量、殺意がなければ振りかざす拳に説得力がなくなる。なるほど。お前が守りたいものは何だ？守りたいもの。そろそろ戻らないと行き倒れるぞ。目的は果たしたんだろう。おう。カレーオムレツ美味しそう。普通にオムレツでいいじゃん。いただきまーす。いただきます。ってなんであんたまで？いつの間に？前さん早技。用があったのはこの合宿所だ。売買手続きに関する書類のことでちょっとな。え、売買って？売りに出されてるのを見て、隠居生活を送るにはちょうど良さそうだと思ってな。隠居するの？今すぐじゃない。いずれの話だ。満開カンパニー時代にも何度か使って気に入っていた。お前たちも合宿所として使いたければ好きに使っていい。やったー！また合宿来られる。ひまわり畑のこと教えてもらってありがとうございました。あんたが教えたのか？ああ、無事役に立ったみたいだな。これに使うんだ。ちょっと買ってくれ。先帰ってて。あ、うん。あ？こんにちは。最近はよく新生組の連中に会うな。初代の皆さんも合宿所を使ってたんですよね。ああ、何もないがいいところだ。僕たちも明日から行こうと思ってて。タイマンアクトに向けた強化合宿か？あ、いえ。怪我以来、天馬くんの元気がないんです。みんなで元気づけようと思って。それならひまわり畑があるぞ。え？
前回来た時は全然気づきませんでした。もっといろいろ散歩したら見つかるかもね。次に来た時は探検だ。おう。そんなことよりさっさと稽古に行ってこい。はーい。もう目的は達成したしいいんじゃないの？そんなわけないだろ。すっかり元気になっちゃって。俺もお片付け手伝う。おい。いい加減にしろ。いやっくそ、やっぱりダメだ。大丈夫？怪我が響くとか？いや、そうじゃない。怪我が治ればもっと良くなるよ。ごめんなさい。謝れば済むと思ってんのか、クソガキが。わざとじゃないよ。てめえ。やめろ。夏組リーダーだろ。そんなんじゃ仲間を守れないぞ。くそ！当たった。それだ。その感覚を覚えておけ。丸いおにぎり無理やり三角に握り直してごめんなさい。は？監督の演技でどうなることかと思ったが、三隅の殴られたふりは良かった。演技？っていうか、あの棒読みのセリフ聞いたらわかるでしょ。でも迫真の演技だったよね。俺もハラハラしちゃった。僕も迷ったや。なんだそれ。ごめん。守りたいもの分かったか？ああ。さてと、そろそろランチの時間だろ。支度できてるぞ。どうせカレーでしょ。結局全部カレーか。サーモンとアボカドのサラダにビッソワーズ、ムール貝のパエリアだ。何それ、めっちゃ豪華。美味しそう。なんで対戦相手にそこまでしてくれんの？そうだな。強いて言うなら嫌がらせだな。菓子を作るためだから、お前たちは気にしなくていい。よくわからないが、感謝はしておく。ありがとう。でもタイマンアクトは負けないからな。若いやつはそうでないとな。あの人のこと、あいつはつくづくテレビショッピングの販売士みたいなやつだった。ロシア人でバレエダンサーだった母の紳士たるもの、常に優雅で強くあれという教育方針から、
俺は幼い頃からバレエと格闘技を習わされた。日本人の父も背が高かったこともあり、体格にも恵まれ、両極端な2つの才能を持ち合わせていたらしい。とりわけバレエで身体表現を学ぶ中で、俺は観客を引き込む舞台芸術の世界に魅了されていった。だが時代的にも男がバレエを習うことへの偏見は大きく、周囲には隠し続けていた。目立つ風貌が原因で喧嘩をふっかけられた時には、格闘技の才能が生きた。いつしか射程みたいな奴らに囲まれて喧嘩三昧の日々を過ごすようになった。母親には咎められたものの、初めてできた仲間と呼べる存在のために気の進まない喧嘩を繰り返した。仲間との大切なつながりを守るためなら苦ではなかったはずだった。しかしある日、ゼンさん、バレエやってんだって。おい、笑かすな。いやマジで、俺の妹が通ってる教室で習ってるんだって。あのヒラヒラしたやつ着て踊るんだろ。ないわ。男はピチピチタイツだろ。つうか、今度顔見たら思い出して笑いそう。俺がバラしたって絶対言うなよ。殺される。分かってるって。仲間だと思っていたのは俺だけだったのだろう。それが分かってからは喧嘩をやめて交友関係も一掃した。バレエにしても本格的にその道に進むのはなんとなく気乗りせず、高校卒業と同時に辞めてしまった。親元を離れ、他にやりたいこともない中で、自分の持っているスキルを活かせる仕事としてダンサーのバイトを始めた。幼き日に見せられた舞台芸術の世界にもう一度戻る形だったが、どうしても昔の仲間の嘲笑が忘れられず、かつてのように心は躍らなくなってしまった。しかしかといって他に打ち込めるものも見つからず、日々を持て余していた時、バイト先の一つであるショーパブで立花幸雄と出会った。雑用係として入ってきた幸雄はとにかく要領が悪く、よくオーナーからも客からも叱られていた。ただ不思議と憎めない印象の男だった。ある時、ダンサーの衣装のクリーニングを忘れるという幸雄のミスをオーナーに黙ってやったことから、やたらと懐かれるようになった。ああ、ゼンさん、お疲れ様。お疲れ。ゼンさん、今日キッチンのおばちゃんいなくてまかない出ないらしいよ。ああ、俺は食べてきた。いいなあ。買ってこなかったのか。今月厳しくて。しょうがないね。あまりに情けない顔をしていたので、キッチンで簡単にチャーハンを作ってやった。おいしい。ゼンさん、料理の天才だね。大げさだ。呆れたが、うまそうに食べる顔を見るのはまんざらでもなかった。なんでこんなに美味しい料理が作れるの？帰っても自炊くらいしかやることないしな。自然と覚えた。謎に包まれたゼンさんの生活だ。いちいち大げさなやつだな。休みの日は何してるの？起きて飯作って掃除して、あとは深夜のテレビショッピングをぼーっと見て、なんか買うくらいか。
テレビショッピング？そんなに驚くことか。バイト終わって帰るとやってるから、つい習慣になっただけだ。将来はダンサー一本でやっていくの？いや、成り行きでやってるだけで、別にそういう気はない。気づけば普段人に話さない過去のことまで話していた。幸男は相手に警戒心を与えず、心の隙間にスルスルと入り込んでくるような男だった。もう一度踊ったら昔の気持ちを思い出せるかと思ったが、そんなことはなかったな。なるほど。実はそんな前さんに最適な劇団があるんですよ。は？とある有望な演出家が新しく劇団を立ち上げて、なんと劇団員大募集中。こんなお買い得な機会なかなかありませんよ。さらに今なら間もなくこけら落としとなる専用劇場の支配人さん応募券もつけちゃう。お電話一本ですぐにこの劇場の鍵を渡しちゃいます。渡しちゃダメだろ。初めて前さんのダンスを見た時から、前さんの身体表現の力は絶対に芝居にも活かせるって思ってたんだ。存在感があるし、人を引きつける芝居をするに違いないと思った。それに前さんってなんかオーナーって感じがするし、劇場の支配人も向いてると思う。安易すぎるだろう。そうやっていろいろやってみたら、いつか本当にやりたいことが見つかるんじゃないかな。長い目で見たらかなりお買い得。見逃せません。強引さと絶妙なうさんくささ、それでも心をくすぐられる感じは、まさに調子のいいテレビショッピングの販売士そのものだった。とはいえ別にダンスの仕事に未練はなく、誰かからここまで壊れたこともない。断るだけの理由もなかった。長くいてやれる保証はできないぞ。少なくとも次の支配人が見つかるまではいてやる。十分だよ。それから全くの素人として芝居を始めて、劇団で本当の仲間といえる絆を結んだ。ただ満開漁が経ってからは本当に大変だった。幸男の要望で立派なキッチンは備えられたが、当の幸男を筆頭に料理ができる人間は俺以外いない。必然的に俺が料理担当となった。幸男は好物のシチューに対して異様にうるさく、こだわって作るうちにプロ並みの腕前になった。男所帯の3食を賄うのはかなりの重労働だったが、劇団のやつらは幸男と同じくうまそうに食うやつばかりで苦ではなかった。うまそうに飯を食う人の幸せそうな表情と、芝居を見て感動する人の表情、いつしかその両方が劇団に入ってからの俺にとってかけがえのないものになっていった。そうして自然と新しい自分の未来、小レストランを開くというビジョンが頭に浮かんでいた。けれど満開カンパニーの居心地があまりに良くて、わざとその夢からは目をそらし続けていた。そんな中である日、幸男が劇団に一人の頼りない青年を連れてきた。役者候補ではないらしいが、要領の悪さは幸男にそっくりだった。あいつはなんだ？もともとは音楽系の高校に通ってたらしいんだけど、家庭の事情で進学できなくなって就職もできなかったらしくてさ、自暴自棄になってたから連れてきたんだ。
連れてきたって犬猫じゃないんだぞ。劇団の制作担当兼音響担当兼2代目支配人候補だよ。こんなにいろいろできるなんてお得だよね。相変わらずうさんくさい販売士の口ぶりだ。そう思っていると幸男がじっと俺を見てきた。前さんが2代目支配人を襲名させたいって思った時に引き継いだよ。なんだそれは。半ば呆れていたが、その口調がなんとなく引っかかった。まるでその先の未来に自分がいないかのような、そんな口ぶりに聞こえた。お前何か厄介事に巻き込まれてるんじゃないだろうな。え？大丈夫だよ。何かあったら言え。うん。うなずいたくせに幸男はそれからしばらくして突然姿を消してしまった。幸男がいなくなった後、一人また一人と初代のメンバーは劇団を去っていった。口火を切った霞はこれまでとは違う形で劇団を支えるために演劇史を立ち上げたいと言い、雄三は演出家として活動したいと話し、それぞれ新たな道を見つけていった。そんなメンバーの姿を目の当たりにして、自分の中に生まれていた新たな夢から目をそらすことができなくなった。結局演劇も見られる小レストランを開きたいと告げて、俺も劇団を抜けた。ゼロからの出発はかなり骨が折れたが、なんとかオープニングスタッフを集めて開店の準備ができた。オープンしたばかりのガラガラの店に突然ふらりとやってきたのが八角さんだった。俺が知る限り八角さんは幸男が失踪前に中止した公演以降、新作の脚本を書き上げた様子はない。気がかりではあったが、客として来た以上踏み込むわけにもいかず、注文を受けた看板メニューのシチューを黙ってサーブした。八角さんも黙って食べて長居もせずに席を立った。代金を置こうとする八角さんに受け取れないと言うと、代わりにと封筒を渡してきた。その封筒には天と書かれていた。ん？あ、来たのか。来いって言われたし近くまで寄ったんで。でも休みだったんですね。出直す。いいから食ってけ。今表開ける。適当に座れ。でもシェフとかいないんじゃ。俺が作る。メニューの考案もしてるからな。へえ。何にするって言っても作れないものもあるけどな。おすすめのメニューとかあるんすか？シチューだな。でも今日は材料がないし仕込みに時間がかかるから、今度またあの目つきが悪いやつと一緒の時にでも来い。別にいつもつるんでるわけじゃねえし。注文なければ勝手に作るぞ。おっす。今は誰が寮の食事作ってんだ？監督ちゃんと春組のつづると秋組のオミがローテーションで。3人いるとちっと楽だな。なんで劇団辞めたんすか？必然だ。幸男の失踪は大きなきっかけだが、メンバーそれぞれが
劇団で芝居を続ける以外に自分の道を見つけていった。俺含めて芝居から遠ざかってるやつも多いからな。ほとんどのメンバーとはご無沙汰で、雄三の誘いで久々に会った。ずっと一緒にやってたんですよね。もう一回一緒に芝居やりたいとは思わなかったんですか？俺たちの道は長い人生の中でただ一瞬交わっただけだ。離れて時が経てば絆も色あせる。前さんって今いくつですか？50だ。はあ、30以上上か。たとえジジイになろうが、いっぺん掴んだ本物の価値は変わらねえ。色あせねえ。俺はそう思ってる。あんたらの絆が本物だったならって話っすけど。ジジイはやめろ。親父以上の年齢なんだからしょうがないっしょ。確かにな。今度はお前の仲間も連れてこい。秋組のオミってやつに初代満開寮のシチューの味伝授してやる。ただいまー。おかえり。早く稽古がしたい。つづる、どのくらい脚本進んでるかな？さすがにプロットはできた頃じゃない？早く読みたい。その話はキングだよ。キンク。まだ一文字も進んでないんだよ。緊急対策本部。合言葉を言うね。めんどくさい。マン、かい。テンションが違うね。マン、かい。入るよ。全員揃ったね。つづるトランプ緊急対策本部を設置するよ。スランプ。なんで俺らの部屋が対策本部なんだろうか。一番秘密基地っぽいね。確かに。やらないと終わらない、書かないと終わらないってブツブツ言いながらキーボード叩いては全消しするの繰り返し。ゼンマイの時はラストに迷うっていうスランプでしたけど、今回は物語の大枠のプロットから詰まっちゃってるんですよね。スケジュールはどうなの？俺たちに何か力になれることがないでしょうか。とはいえ脚本家としての苦境は最終的にはつづる本人が抜け出さないとどうにもならないからね。歯がゆいな。そもそもなんで詰まってるね。イカルが発覚には遠く及ばないってやつ。役者としても中途半端って言われたらしいな。初代組はみんなビチビチ系ね。魚みたいだな。それを言うならビシバシかと。わかった。
私と咲夜は新しい鬼門トンクを考えるね。呪術？多分気分転換。俺たちもできることを探さないとな。先輩はチート能力で何か一つ情報活動的なことを。無茶ぶりすぎるだろう。でもまあ乙宮柊と接触してみるか。内乱の時みたいに弱み握ってゆするとか物騒なことはやめてくださいね。お前はどうするんだ？何かオタクなりの方法とかないのか？おたなりの方法ね。あ、すいません。まあやっぱ気を使わせちゃうんで。そうっすね。脚本のセンスは認めるが役者としては凡人だ。一握りの役者だけが持つような研ぎ澄まされた才能はない。作家として八角さんに追いつきてえなら腰掛けで役者なんてやってる暇ねえだろ。もっと血へど吐く思いでインプットして書きまくれ。でなければお前の物語は八角さんの描く世界にはかなわねえ。脚本で役者の足引っ張んな。乙宮さんの言葉に反発する気持ちもあるんすけど、初代組の物語が八角さんの遺作っていうのも大きくて、これが八角さんと戦える最初で最後のチャンスだと思うと、どう戦ったらいいかわからなくなるんすよね。これまでロミジュリ公演の時も海賊の時も少なからず初代組八角さんから影響を受けました。初代の脚本家の八角さんは憧れで尊敬する存在っす。でもあくまでも満開カンパニーの未来を背負ってくのは自分だと思ってます。だからこそみんなのためにもこの勝負は負けたくない。そう思えば思うほど肩に力が入っちゃって、どんな風に脚本を書くかなかなか決められないんすよ。何を書いてもこれじゃダメだって思ってしまう。納得できない。シトロンさんに関しては悪い予感しかしねえ。でもありがたいっす。源平合戦についてはいろいろ資料読み込んでるんすけど、パソコンに向かってても筆が進まないのは事実なんで、明日は一日インプットする日にします。インプットとりあえず朝飯か。おはよう。あれ、おはようございます。イタルさんが休みの日の朝起きてるなんて珍しいな。だいたい朝方までゲームしてて昼過ぎまで寝てるのに。珍しいですね。どうかしたんすか？昨べは良い子の就寝だったからね。へえ、そうなんすか。ベーコンエッグでも作るか。なんか視線を感じるな。つづる、今日の予定は？学校は休みなんで一日源平周りの作品とか見てみようかと。あ、何かゲームとかアニメでおすすめないっすかね？ゲームならある。あ、それ後でタイトルを。スチャリ。コントローラー
さすがゲームのことになると用意周到っすね。強火オタク。おい、2人プレイだからキャラクターセレクトよろ。俺は推しキャラをってつづるが使うか。いえ、むしろ上手い人が使ってるのを見て参考にしたいんで、俺は義経使うっす。じゃスタートするよ。まずは増票をバッサバッサと切り伏せる。おう、適当にボタンを押しても気持ちよく敵が倒せるでしょ。こんな感じでマップ上に赤い印がついてる平家型の拠点まで突撃ね。イタルさんの推しキャラ弁慶なんすね。悪が強いんだけどハマるとめっちゃ強いんだよね。へえ。外見は初代組の周さんにちょっと似てるかも。おお、あの人もゲームキャラっつうか年齢不詳の強キャラっぽいよな。組織のナンバー2あたりなんか独特の感性してそうだし。どんな物語ならあの人を納得させられるんすかね。ああ、そっちは別動隊が。別動隊？いや、こっちの話。てかさ、俺のハマったこのゲームも評価は基本めっちゃ高くて、ゲーム誌のクロスレビューでも大絶賛。でもレビューサイト漁るとそんな神ゲーでも低評価がついてたりするんだよ。レビューの内容を読むと俺には思いもよらない視点でさ、人の感性なんて千差万別だなぁと思った。どんな神ゲーでも万人を満足させることはできないんだよな。だからさ、あんまシュウさんばっか納得させようと気負わなくていいんじゃない？シュウさんはつづるの感性とは全然違うのかもしれない。さすがオタクならではの視点っすね。まあね、年季入ってるから。オタクといえば音宮さんと話してる時ちょっとイタルさんっぽい雰囲気感じたんすよね。え、そう？推しゲームの話するイタルさんっぽい感じ。褒められてないことだけは把握。多分あの人は八角さんの強火オタクってやつなのかなって。つづるがオタク用語に染まってきてる。誰のせいだと思ってるんすか。音宮さんは八角さんの脚本に対する思い入れがとりわけ強いから今の俺の脚本が許せないのかも。でもそんな音宮さんにこそやっぱり認めてほしいんすよね。どんな作品にも合わない人が必ずいるっていうのは事実だしわかるんすけど、それでもこの人には認められたいっていうのも作家心理としてはあって、それが今回の場合は音宮さんと初代メンバーなんです。音宮さんに言われたご都合主義の甘っちょろい物語っていうのが図星っていう面もあるんすよね。初めて書いたロミジュリに自分の過去の体験とか思いを投影して消化したこともまさにそうだし、脚本を書き続ける上で誰かのために書くってことがモチベーションだから自然とそうなるっていう面もあるし、今の俺は八角さんの脚本のような重厚な悲劇を描きたいとは思えないしきっと描けない。でも今回は八角さんと勝負する最初で最後のチャンスで絶対に負けられない。八角さんが得意とする重厚さに真っ向から挑むか、これまでと同じ自分の作風を貫くか、ずっと迷ってます。まあどっちも正解で正解じゃないんだろうね。今回の挑戦でつづるの書く物語の幅が広がるならそれはそれでいいことだと思う。でもそれでつづるの脚本のつづるらしい良さが失われることは監督さんも劇団員も誰一人望んでない。
らしい良さ。今はそれが何なのかわからなくなってる気がします。監督の言う通り視野が狭くなってるのかもな。みんなにも相談してみるか。まあ今はとりあえずバッサバッサと敵をなぎ倒して頭空っぽにすれば。そうっすね。ってやば、厄介な中ボスだ。弓コマンド教えるから秒で覚えて、起乗したまま R1 ボタンで相手ロックして三角ボタンで。いやいや、そんな急に無理っす。一旦休憩。はい。おめえは確か新生組の。突然すみません。ここの稽古場は誰にも知らせてねえんだがな。どこで知った？いろいろ情報のつてがありまして。つて？音宮柊、大衆演劇の一家に生まれるが、ある時勘当同然で家を出てしばらく演劇から離れた生活を送る。そんな中で満開カンパニーに電撃入団。初代冬組のリーダーとして活躍するが、初代総監督の橘幸夫失踪後に退団。実家の劇団で2代目座長を継いで活動を開始。何の用だ？少しお話ししませんか？別動隊で、話ってのは何だ？うちの看板脚本家があなたの言葉でスランプなんです。へえ、そりゃあ面と向かってあんだけ言われりゃ普通は気にするよな。まあ若くて感性の柔らかいつづるが解雇中の周さんの感性を気にすることないんじゃないかって茅ヶ崎ってやつも言ってるんですが。人を暗にジジイ扱いすんな。悪いループを抜け出すヒントでももらおうかなと。諜報活動か。俺たちが敵対してるってこと忘れたか？それはつまりつづるがスランプに陥って脚本が上がらなければ周さんとしては好都合と。それで潰れるならそれまでよ。だったらこちらとしても手段を選びませんよ。物騒だなあんた。家族を守るためならみんな必死になるでしょ。家族ね。俺も昔はあいつらのことを家族だと思ってたよ。でも今となっちゃバラバラでろくに連絡も取り合わねえ。劇団なんて別れが約束された期間限定のつながりだ。なんで水道光熱費を出してくれていたんですか？成り行きだよ。無駄に立派な団員寮なんて作っちまったせいでしばらくは自転車操業でな。公演やって収入が入るまで毎月の経費の支払いもままならねえ。だから立て替えてやってたんだよ。レイジがいなくなって金に余裕があるのは俺くらいだったしな。実家を出てから劇団に入団するまで知人の家を転々としながら資産運用のノウハウを学んで人財産築いたんでしたね。てめえはよくもそこまで。幸男さんがいなくなった後も立て替え続けたのは理由があるんですか？言ったろ、成り行きだよ。はした金だしね。本当にそれだけですか？劇団の未来を思って劇団とのつながりを失わないために支払い続けてたんじゃないですか？なんでそんなことが言える？もし俺があなたの立場だったらそうするかもしれないと思って。今やあの劇団に昔の仲間はいねえ。別にお前ら新生組とのつながりなんて求めてねえよ。ただ
奴らがいつか戻ってくるかもしれねえくらいのことは思ってたかもな。立場としてはひいおじいちゃんってところですかね。は？俺が春組の中でおじいちゃん扱いされてるので、柊さんはひいおじいちゃんってところかなと。なんだそりゃ。かわいいひ孫たちのために何かヒントをくださってもいいんじゃないでしょうか。いろいろ調べさせていただきましたが、柊さんが2代目座長を襲名してから満開カンパニー時代以前の八角さんの作品を上演してますよね。毎回斑鳩家にも使用料を支払っている。それがどうした？それだけ八角さんのことをリスペクトしている柊さんがつづると八角さんを比較してしまうのはわかる。でもあくまでもつづると八角さんは別の作家です。あなただって、いやあなたこそ他の誰より八角さんの代わりなんていないと分かっているはずだ。あなたが何にこだわってるのか、どうすれば納得してくれるのか、そのヒントが知りたいんですよ。斑が八角のデビュー当時のことを調べてみろ。てめえなら簡単だろう。なるほど。用が済んだらさっさと帰りな。俺も暇じゃねえんだよ。なんだかんだ言ってヒントをくれるあたり、意外と甘い、いや情に熱い方なんですね。その言葉そっくりそのままてめえに返すぜ。合言葉を言うね。満開。そこはボケるところだよ。昨夜はお笑いノーセンスね。しょうがないから入れてあげるよ。すみません。それじゃあ揃ったところで俺から結果報告しようかな。自分らしさを貫くか、八角さんの得意とする方向で真っ向勝負するかですか。別にどっちも間違いじゃない。だからつづるも身動きが取れなくなってるんだろうね。私も鬼門遁甲の手を打ってるけど、もう少し完成まで時間がかかるね。じゃあ次は俺から。柊さんに会ってきたよ。どうでした？八角さんのデビュー当時を調べてみろって言われてね。斑が八角はデビュー作で演劇脚本賞を受賞して一躍気鋭の新人脚本家として脚光を浴びた。あちこちの劇団から声がかかり精力的に作品を発表。どの公演も成功したが数年後評価が一転、他の脚本家と比べて作風がマンネリだと酷評されるようになった。そのあたりで発表ペースがガクンと落ちる。作風を変えるか迷走してスランプに陥ったらしい。まさに今のつづるみたいだよ。その後八角さんはどうしたんですか？しばらく間を空けて発表した復帰第一作はデビュー当時の作風を貫いた作品だった。結果批評家も絶賛し再び脚本賞を受賞した。つまり周りに何を言われようともつづるの作風を貫けってことじゃないかな。じゃあなんでわざわざあんなこと言うわけ？わかったよ。ムチ打ち快感ね。
雄三さんみたいな愛の無知なんですかね。初代組はみんなそっちか。あの人相当なツンデレっぽいからありえない話じゃないと思うよ。めんどくさ。じゃあ今の話をつづるくんに伝えたら。それ俺も思ったんだけどさ、八角さんを意識してるつづるに直接この話を伝えると余計迷うかもしれない。八角さんと同じやり方でスランプ抜け出そうってことだしね。なる。それがいいね。でもどうしたら。そうだ、俺一つ思いつきました。僕らの創造主へ。いってってて PC の前で寝ると体痛くなるんだよな。僕らの創造主へ。この地図満開劇場だよな。行ってみるか。待ってたよ。え？来てくれてありがとう。15分の遅刻だ。遅刻は相手の時間を浪費させているという自覚を持ってほしい。まあまあ、そう固いこと言うなよ。相手は我らが創造主様だぞ。はじめまして。歓迎の証だ。一曲聴いてくれ。みんな僕たちを生かしてくれてありがとう。おかげで大切な相棒を見つけて街を出る夢を叶えられたよ。余暇という時間の使い道を一つ知ったことは感謝する。紅茶の美味しさも。これは人生において一つの財産となり得るだろう。俺も人生をやり直すきっかけをもらった。あんたに生かしてもらわなかったらあのまま罪人としてのたれ死にするところだった。俺からも改めて感謝する。君が記してくれた物語のおかげで騎士として生きる道を見つけ、生涯の主君を守ることができた。あのカルテットから僕の中の音楽が今までよりも豊かになった。君のおかげだ。それに魔球師として僕を支えてくれてありがとう。白ウサギの半ズボンが似合ってなくてよかった。おかげで大学生でも半ズボンを履くのが気にならなくなった。おい。俺も東の魔法使いには助けられた。君があそこまでうろたえてくれたおかげで西の魔法使いを騙せたからな。褒められてるのか？マーリン、その人畜無害そうな平凡な青年の顔にはまんまと騙された。まったく大した役者だ。これは褒められてるいいよな。日野、君はもう少し真面目に楽器の練習をするべきだ。ゲームばかり上手くなってどうする。だが君のそのひょうひょうとした態度に救われることもある。意外と面倒見がいいのも君が生来持つ性分なのだろうな。白チュームかと思った。つづるくんが生み出して生かしてくれた一人一人から手紙みたいなものを出したらどうかなと思ったんです。手紙か。
いつもの逆だな。俺、脚本は役者に対するラブレターみたいなものだと思っててさ。まさか、こんな風に返事が返ってくるとは思わなかった。でも、すげえ嬉しいもんだな。それならよかったよ。監督、覚悟が決まりました。俺には八角さんのような重厚な作風は無理だと思う。ただ源平時代の登場人物一人一人を大切に描きたい。でも結末はやっぱり自分らしく描きたい。どれだけ甘っちょろいご都合主義でもやっぱり俺は物語の中で生きてくれるみんなが好きだから。一筋でも彼らの未来に光を与えて終わりたい。だから褒めすぎっす。脚本結局どうなってるの？つづるさんのスランプ次第だろうが。心配だね。猛スピードで書き続けてるって。ロミジュリの頃を思い出すね。あの時は本当に時間がなかったですよね。シリーに火がついてたね。シリナ。マスミくんが食事だけはさせてるみたいです。うどんまでは行けるようになった。大変だな。できた。やったー。おい、受け止める準備しないと。なんで春組全員倒れるんだよ。戦の準備。あんたいい獲物持ってるな。俺にくれよ。誰か。武蔵坊弁慶、いざ尋常に勝負。はっさあ。俺についてこないか。こんな狭い橋の上じゃなくもっと広い世界に出るんだ。国中にその名を轟かせてやる。面白い。その話乗った。っておい、何いきなり寝てんだよ。っていうか酒臭。ここはもう少しテンポを早めた方がいい。場の緊張感が欲しい。分かった。
おい待て、まだ寝るな。逃げてからにしろ。ここは？いいから逃げるぞ。源義経、兄上の挙兵を聞き馳せ参じました。よく来てくれたな、九郎。共に源氏再興のため力を尽くそうぞ。はっ。こうして離れ離れになっていた兄弟が相まみえるのはこの上ない喜びだ。不遇の時をよく耐えてくれた。まさか九郎殿につかされるとは。腕は確かみたいだけど。だがたまに人が変わったようになる。親方様は高く買っておられるようだが。父上、お客様ですか？はじめまして、安平と申します。安平はただの子供じゃない。次期当主として厳しくしつけられてるはずだ。細かい所作にもっと気を使え。わかった。上木坂だ。今少しいいだろうか。そちらの公演の準備はどうなっている？そうか。ではこちらも動こう。こちらはすでに脚本がある状態だったからな。フェアにするためそちらが稽古を始めるまで待っていた。それから君の父親に会ってくる。以前鹿島とも話した通り、稽古開始前に演出プランを聞き出してくる。何か伝えることはあるか？必ず伝える。ある男の手記第7編。鹿島のメモに書かれた住所は古びた小さな劇場のものだった。客席のドアを開けると舞台の上で小さな子供たちに囲まれる橘の姿があった。橘は私に気づくなり手招きをした。驚かないんだな。雄三から聞いてたからね。あとちょっとで今日の稽古が終わるから待ってて。Keep on! Oh dear! Oh dear! I shall be too late!
You may more quickly。 立花は楽しそうに片言の英語で子供たちに指導をしていた。高校の英語の成績はひどいものだったが、相変わらずこういうしたたかな適応力はある男だ。しばらくすると子供たちは解散して、立花が客席に降りてきた。古い劇場でしょ。この劇場使われなくなって廃墟みたいになってたんだ。持ち主に掛け合ってなんとかここまで使えるように直したんだよ。お前が？うん。それから町の人たち向けに演劇教室を始めたんだ。おじいちゃんおばあちゃんだけの劇団とか、子供たちだけの劇団とか、教室から派生した寄せ集めのチームで順番にこの劇場で公演してる。こんな遠くまで来てもやってることは同じか。俺にできることはこのくらいだからさ。そうだな。レニの笑ってる顔久しぶりに見たな。お前に懺悔しなければならないことがたくさんある。私はこれまで満開カンパニーに行った妨害行為について改めて謝罪した。鹿島からすでに聞いていたらしい立花は眉一つ動かさなかった。あくまで新生満開カンパニーとレニ、ゴッドザの間に起きたことだから、自分が口を挟むことじゃないと思う。あの子も許したって聞いたし。そうか。ただ俺はレニとまた芝居をできることが嬉しいよ。お前たちはやはり親子だな。呆れながらもそれから八角さんの台本を広げて演出プランをあれこれ話し合った。こういうのやりたかったんだよね。あの狭い満開劇場では無理だ。そこをなんとかレニの力でさ。できるわけないだろ。無茶なことばかり押し付けるな。そうしているとまるで学生時代に戻ったかのようだった。鹿島からお前の事情とやらも聞いた。八角さんが守ろうとしていた息子のことは片をつける。もうお前が約束に縛られることはないんじゃないか。八角さんの頼みと俺がした約束は別の話だから。そういえばペンネーム考えないといけないんだね。ああ、名前を出せないからな。何にするんだ？じゃあ花坂じいさんにしようかな。ふざけすぎだろ。え？みんなを咲かせるっていう意味でいいと思ったんだけどな。お前のそういうセンスだけは理解できない。それで幸男の様子はどうだったんだ？相変わらずだ。憎たらしいほどに元気だった。まあそうだろうな。目に浮かぶぜ。稽古を始める前に手紙を預かっている。手紙？俺たち一人一人当てこう。なんて書いてあった？雄三との縁が初代のみんなと新生満開カンパニーも結びつけてくれたねだってよ。幸男さんだし。お前は？もう一回俺たちのヒーローになってほしいって。当然そのつもりだ。俺の手紙にはまた前さんのシチューが食べたいだってよ。レシピを送ってやるか。シュウやっぱりあいつ俺をよく分かってやがる。
あの人のこと。立花幸雄のことを俺はずっと嫌いだった。恨んでさえいた。俺は大衆演劇の一家に生まれた。幼い頃から他のことに脇目も振らず芸事を仕込まれる毎日。もはや記憶もないが、物心つくかつかないかの頃に初舞台も済ませたらしい。俺にとって演劇は生活の一部だった。寝食と同じ扱いだ。こういう一家に生まれたことは運命だと思って早々に受け入れた。芝居は普通に楽しかったし、才能があることも自覚していたからひたすら芸を磨いた。このまま二代目座長として親の劇団を受け継ぐ、そんな未来を疑いもしなかったが、俺が演じたいのは親父がやっていたようなド派手で破天荒な歌舞伎者だった。大衆演劇のスターとしての親父を尊敬していたからこそ、そんな風になりたいと思っていたのに。成長するにつれ、自分は母親にの細表の女顔に、弟は父親にのがたいのいい男に育っていった。当然俺は女方ばかりやらされることになる。界隈からも若い女たちからもちやほやされたが、問答無用で女方ばかりやらされることには我慢ならなかった。どれだけ研鑽を積んでも結局親父も周りも自分の芸の中身ではなく容姿を重視しているように感じられた。日々フラストレーションがたまる中で、幼なじみの上木坂礼二には奇妙なシンパシーを感じていた。親同士の交流で出会った年下の少年も自分と同じく家に縛られ窮屈に生きているように見えたからだ。礼二とは個人的に親交を深めるようになり、付き合いが長くなったある日、高校で演劇を始めたことを知った。俺が知る限り、あいつが家や親ではなく自分の意思で何かを始めるのは初めてのことだ。演劇？やりたきゃうちでやりゃいいのによ。演劇部を作りたいからって頼まれたんだ。へえ、お前の親がよく許したな。高校卒業までの期限付きだ。なるほど。でどうだ演劇は。部長が勝手な上に夢見がちで苦労してる。部員がいないからやれることが少ないしな。ただビロードウェイでいろんな芝居を見るのは面白い。いつになく生き生きとしているレイジの姿を見て、俺は訳もなく焦りを感じた。それからは今まで以上にやりたいこともできない現状に苛立つようになった。そうしてある日爆発して家を飛び出した。知人の家を転々とする日々の中、初めて芝居と関係のない人脈を広げ、不自由なく暮らせるだけの金も手にした。家に縛られることなく芝居をしなくても自分は生きていける。そう思って気が楽になった時、ふとレイジのことを思い出した。俺と同じように家に縛られて不自由な生き方をしていたあいつに自由な生き方を教えてやりたかった。久しぶりだな。それはこっちのセリフだ。突然いなくなっておいて。今何してるんだ？僕も家を出た。お前が？高校時代演劇やってたやつと一緒に劇団を立ち上げた。お前がか？二度も繰り返さなくていい。今は団員を集めてるんだが、お前もオーディションに来ないか？立花に任せておくとろくなのが集まらない。まさか高校出た後まで演劇を続けているとは思わなかった。正直なところオーディションを受けに行ったのは
その幸男とかいうやつに騙されていいように使われてるんじゃないかと心配になったからだ。オーディション会場で初めて幸男とレイジの様子を見た俺は驚いた。幸男っていう優男はレイジに叱られてばかりで人を騙せるような器じゃない。演劇を続けているのは間違いなくレイジの意志ということだ。課題をやらされた後、幸男はあっさり全員に合格を言い渡した。その後、入団前の最終確認のために集められた診断員候補は俺を入れて5人。皆さんが俺の劇団に入ってくれたらすごく嬉しいです。でも演劇やることで皆さんの人生がめちゃくちゃになっても俺は責任取れません。なんだそりゃ。覚悟してます。雄三と霞がそう答えれば善とヒロも驚かない。だろうな。上等だ。レイジでさえ相変わらず無責任なと納得していた。めちゃくちゃなことを言われてるのにどいつもこいつも全く動じない。それぞれの金銭にそれぞれの形でこの男が触れていることが分かった。こいつはとんでもない人たらしだ。自分の目的のために人を集めておいて責任を取らない無責任ささえ受け入れさせてしまうこの男を俺はこの時はっきり嫌いだと自覚した。すぐにやめてやろうかと思ったが渡された台本を読んでいるうちに気が変わった。満開カンパニーの旗揚げ公演として予定されているらしいが、イカルガ八角という作家が書いたこの脚本、とにかく面白い。幸男というあの気に食わない男のもとで芝居をするのは尺だが、どうしてもこの作品を演じてみたかった。特に惹かれたのは作中で暴れ回る歌舞伎者だ。昔からずっと演じてみたかったようなキャラクター。しかし作中には一人女型を前提としたキャラクターもいた。オーディションで女型の芝居もやらされたのはこのためだろう。課題はつい本気でやってしまったし、レイジは当て書きで役が決まってるから他に適任もいない。また女型かという気持ちもあったが、少なくともこの一作品だけは付き合ってやるかと思えるくらいに本に惹かれた。それじゃあ今日から読み合わせを始めますが、まず俺の中にある配役を伝えます。意義のある人は手を挙げてください。そうして幸男が告げた配役は女型に霞、歌舞伎者が俺という配役だった。俺が女型ですか？しかもこんな重要な。なんで俺をその役にしたんだ？だってシュウさんの中身誰よりも男らしいもん。かっこいい役やってほしい。は？逆に霞は心がどこまでもヒロイン気質だからさ、今回の役に絶対に向いてると思ったんだ。それから稽古が始まり、演出家としての幸男と接すると素直にその実力に感心してしまった。幸男のことは人間として嫌いだ。ただ役者として板の上に立つ自分を理解してくれる演出家のことはどうしても嫌いになれない。敬愛するイカルガ八角の新たな物語で板の上に立つたびにどんどん演出家立花幸男にはまり込んでしまっていた。それから自分を誘ったレイジが満開カンパニーを抜けるという事件が起きたが、居心地がいいカンパニーのメンバーのことを家族みたいに思っていた俺はいつかレイジが戻ってくることを信じてそのまま残った。幸男がいなくなり
ヒロ以外の初代リーダーや雄三もいなくなった頃、実家の父親が倒れて劇団の2代目座長を継いでほしいと弟に泣きつかれた。さすがに無下にするわけにもいかず、満開カンパニーを抜けた時も、きっといつかみんながあの寮に戻る日を信じて疑わなかった。だから水道光熱費も昔と変わらず払い続けた。古巣の劇団では許可を取って八角さんの過去の作品を上演したりしていた。そんなある日、イカルが八角本人が突然公演を見に来た。八角さん。おお、久しぶりだな。まさか来てくれるとは思ってませんでした。言ってくれれば招待したのに。気にすんな、用事もあったしな。突然満開カンパニーを辞めてすみません。もしかしてそのことで。芝居やめてねえやつは心配してねえ。いつかどうせもう一度どこかでかつての仲間と勝ち当たる。今日は俺の物語の一番のファンであるお前にこれを持ってきてやった。ケツ？これは構想の一部だ。この話は満開カンパニーの未来でしか実現し得ない。そしてきっとお前は演じることができない。でも完成が見てえだろ。そのためにはまず初代のメンバーがもう一度揃わねえといけねえ。ま、一番厄介なのはレニかな。あいつを救ってやれ。救ってやれるもんなら救ってやりたいが、満たされない欲求にもがき苦しみながらゴッド座であがくレイジに自分がしてやれることはない。それよりイカルが八角の新作の構想のことが気にかかった。俺がケツを渡されたということは、他のリーダーが気、小、天を持っているということだろう。それはいいとして、俺がイカルが八角の新作を演じられないというのはどうにも耐え難かった。未来の満開カンパニー、そこに自分がいないということへの苛立ちと嫉妬に胸を焼かれながら、俺は渡された封筒の封を破った。かつてこの地を共に駆け抜けた友がいた。夢を語り合った仲間がいた。予想外に足止めを食った。この調子では日のあるうちに峠は越えられぬか。もし旅の方、話を聞いてくださらぬか。このような国に居合わせたのも何かのご縁でしょう。お聞かせください。あれは1000年も昔、かつての兵士の栄華も色あせ、風に舞う木の葉のごとく儚く散った頃。ミーティングの確認事項はこれくらいか。しかしあんまりブランク感じねえな。当然だろ。芝居を続けてたお前たちはまだしも、俺は勘を取り戻すのに苦労してるぞ。そうは見えねえがな。立派なもんだ。そういえばシュウ、橘の手紙には何が書いてあったんだ。シュウらしくかっこよく全力で暴れてほしいってのと、立ち回りに対するプランだ。プランつってもかなり適当だがな。たあいつにはかなわねえ。ムカつくくらい音宮柊っていう役者を生かすための方法を知ってやがる。
あの人は役者が好きだからな。今の劇団はあの人の娘が引っ張ってるんだよな。なかなか骨のあるやつだぞ。幸男さんに強引さが似てきた。そこは似なくていいだろうが。そういや、これ。それって俺ももらってたんだよ、八角さんから。やっぱり起承転結だったのか。なんで開いてるんだ。すぐに開けてやった。あんな劇団に未来なんてねえと思ったからね。おい。それでどんな内容だったんだ。ケツだけじゃ何とも言えねえ。ただ満開カンパニーの未来の脚本家にこの公演を仕上げてほしいと書いてあってな。こんな壮大な構想をあの人以外が仕上げられるわけねえ。だから渡すつもりはなかった。雄三が勝手に景品にしちまったが、俺は南千鶴が脚本家としてこれを託すに値するか見極められねえ限り渡さねえ。だから千鶴にもきつく当たったのか。今よりもっと成長してほしいという気持ちの表れだな。測りにくいと思うぞ。うるせえ。イカルが八角マニアだけに本当は千鶴に最高の本に仕上げてほしいって思ってんだろう。役者辞めて脚本に専念しろっていうのもそのためか。マニアだからな。いちいち繰り返すんじゃねえ。とにかく俺は簡単に奴らにこれを渡す気はねえ。全力で稽古してあいつらを叩きのめすぞ。いいな、てめえら。その点については異論ない。当然そのつもりだ。言われるまでもないな。それより問題があってな。ひなもりのことか。ああ、今日の初稽古までに説得できなかった。そりゃお前が何とかするんだろう。いや、あいつも相当頑固でな。でも俺たちもフライヤー用の情報を提出する必要がある。説得させられないままじゃどうしようもないだろう。いや、霞は勝手に乗せとく。連絡を無視するあいつが悪い。名前が出ちまえば踏ん切りもつくかもしれねえしな。本当に大丈夫なのか。兄弟の距離。兄上！敵の刃に倒れるのでもなく、このようなところで力尽きるとは。藤原様に顔向けが。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。だから馬はやめろって言ったのに。忠信、佐藤家はお前に任せるぞ。勝手に任せるな。佐藤兄弟の関係性が気になる。いまいち兄弟らしさが見えてこない。もっと仲良くなればいいってこと？距離感ってこのくらい？ぴったんこ。そういう物理的な距離感じゃないだろ。そういえば2人が一緒に過ごすことってあんまりないよね。
組も違うし共通点もなさそうだしな。自分で考えてみる。お先。マスミ行っちゃったね。大丈夫かあいつ。今回の芝居は監督のお父さんにアピールするのが目的だから自分で何とかしたいんじゃないか。いつになくやる気があるから多分大丈夫だろう。で、何か取っかかりになりそうなものは見つかってるのか？今考えてる。まあ一人っ子だと兄弟がどんなのか想像するの難しいよな。俺だって一人っ子がどんなもんかわかんないだろうし。でもお前前にタンジェリン王子の面倒を見たりしてただろう。あんな感じじゃないか？今回は俺が弟役だし。ああ、そっか。まあキャラ的には普通に弟なんだけど。意味がわからない。こういう感覚って説明が難しいの。とりあえず身近な兄弟としてジューザとクモンを参考にしてみたらどうだ？やってみる。兄ちゃんおはよう。おはよう。ねえ、うせついてるぞ。俺兄ちゃんの隣の席。いただきます。いただきます。兄ちゃん一緒にキャッチボールしよう。ああ、稽古の時間までならいいぞ。やったー。兄ちゃん今日一緒にお風呂入ろう。ああ、ますみさんも一緒に入る？見てるだけだから。そうか。見られてると居心地が悪い。一緒に入ればいいのに。でもそんなにじっと見てどうかしたの？兄弟の関係性について聞きたい。あ、そっか、役作りか。今回は兄弟の役なのか。スミーさんがお兄ちゃんなんだよね。参考にしようと思って一日二人のこと見てた。兄弟の関係性か。兄弟って言っても別々の人間だからやっぱり話さないとお互い通じ合えないこともあるよね。そうだな。分かってるつもりで誤解してることもある。そうそう、ちゃんと思ってることを話し合うことも大切だと思う。これは兄弟に限らないかもしれないけどさ。覚えとく。まさかクロー殿につかされるとは。腕は確かみたいだけど。だがたまに人が変わったようになる。親方様は高く買っておられるようだが。まあ鎌倉殿に合流次第欧州に戻ればいいんじゃない。距離感が異常だろ。忠信からブラコンオーラが漂いすぎてる。お疲れ様。ちゃんと話す。ま
マスミ、どうしたの？ちょっと来て。どうかした？兄弟役の役作りについてあんたはどうしたらいいと思う？あんたは弟がいるだろう。弟との思い出はないのか？昔のまどかには嫌われてたからそういうのはなかったかな。俺はまどかとすごく遊びたかったけど。もし遊べたらどんなことをしたかったんだ？俺は兄弟がいないから想像もつかないけど、あんたは違うだろ。紙飛行機。小さい頃はずっとまどかと一緒に紙飛行機を作って遊びたかったんだ。どっちがたくさん飛ばせるか競争したりしたかった。マスミ？持ってきた。あ、折り紙だ。俺はあんたの弟じゃないけど、今回は弟役だから。ありがとう、マスミ。一緒に紙飛行機作ろう。言っとくけど、あくまでも役作りの一環で。ここを三角、こっちも三角。ジェット機速いぞ。すごいぞ。ジェット機？そう、ジェット機だからビューンと飛ぶんだ。マスミも作ろう。監督と乗るハネムーンジェット作る。俺も監督さん乗せる。あんたのジェットには乗せない。じゃあ遠くまで飛んだ方に乗せよう。絶対負けない。いくよ。せーの。飛べ。わあ。俺と監督のラブフライトが墜落しちゃったね。もっと飛ばすためにはここをこうやって折るといいよ。わかった。もう一回飛ばそう。せーの。飛んだ。次はもっと遠くまで飛ばす。うん。ねえマスミ、紙飛行機楽しい？まあ。よかった。まどかも一緒に紙飛行機飛ばそうって誘ったら楽しんでくれるかな。もうあの頃みたいに子供じゃないけど。関係ないんじゃない。一つ確かなのは、直接言わないとあいつはあんたが一緒に紙飛行機飛ばしたいってことわからないと思う。そっか。うん。いつか誘ってみる。おっ！兄上！敵の刃に倒れるのでもなく、このようなところで力尽きるとは、藤原様に顔向けが。そんなこと言ってる場合じゃないだろ。だから馬はやめろって言ったのに。忠信、佐藤家はお前に任せるぞ。勝手に任せるな。一気に変わったな。二人ともすっげ何か役作りについて話し合ったのか？
別に。一緒に紙飛行機飛ばしたんだ。仲直りコロッケラーメン。コロッケラーメンお待ち。いただきます。いただきます。うまいだろ。うまいけどやっぱりコロッケうどんが一番だな。どっちもうめえけど、どっちもコロッケだろ。コロッケだからうまいんだろ。そうだぞあざみ。コロッケ星人めんどくせえ。あ、そういやくもん、今度野球やろうよ。やるやる。あざみもやろうぜ。フットサルならな。サッカーとおめえ。あ、でも俺は次の公演に出るからそれ終わってからかな。じゃああざみもヘアメイクで忙しいのか。ゆきさんの衣装と合わせて速攻で仕上げた。昨日ちょうどフライヤー用の撮影だったからな。へえ、楽しみだな。撮影。クモンはなんで落ちてんの？なかなか役作りがうまくいかなくてさ、昨日のフライヤー撮影もいまいち。俺のメイクは完璧なはずだけど。そうなんだけど、なんかさ、俺の写りがガキっぽいっていうか、今回の役の武士っぽいキリッとした感じとか高貴な感じが出せてないんだよね。前に夏組公演で殿様役やった時よりシリアスな芝居をバシッと決めたいんだけど、仕草とか振る舞いから雰囲気が出なくてさ、天馬さんとか監督からもうちょっと年齢感を上げた芝居するように言われてるんだ。年齢感か、どうしても不利になるよな。特にクモンは実年齢よりあれだからな。ああ、納得し合うな。二人は実年齢より大人っぽく見えるからいいよな。そうか？普通だよな。はあ、兄ちゃんが雄三劇団に引き抜かれないためにも絶対負けられないのに。え？引き抜かれんの？こいつが勝手に被害妄想を膨らませてるだけ。特訓しなきゃ。でもどうやって。あ、そうだ、二人にアドバイスもらえばいいんだ。アドバイス？しばらく普段の生活から大人っぽくして年齢感上げたお芝居ができるようにする。二人を参考にするからさ、俺が子供っぽいことしたらアウトって注意してよ。これすごい明暗だよな。俺って頭いいかも。アウト。もう？あ、今のもアウト？とりあえずいちいちびっくりマークがつくのは子供っぽい。ふんふん。アウト。リアクションが大きすぎる。スリーアウトバッターチェンジじゃーん。早すぎる。まあ頑張れ。でも俺らはずっと一緒にいるわけじゃないし、他の人にも頼んどいたら？ああ、稽古中とかも参考にする人がいた方がいいんじゃねえの？そっか、今回の共演者で大人っぽいといえば仕掛けさん。ちょっと頼みがあるんですけど。頼み？なるほど。そんなことならもちろん構わないよ。やったー、ありがとう。代わりに
俺の芝居に関しても気づいたことがあったら遠慮なく言ってほしいかな。俺が？俺も旗揚げ公演からいるメンバーに比べたらまだまだ芝居の経験が少ないからさ。ああ、そっか。確かに俺もそういうの気になる時がある。ボッド座とのタイマーアクトではアザミとガイさんがいい芝居してて刺激になった。ルーキー組として負けてられないなと思ってね。うん、俺たち劇団背負って戦うから責任重大だもんね。新生組の中では遅れて入った俺がこうやってみんなと舞台に立てるのは監督やみんなが助けてくれたおかげ。今回もこんな大事な公演に代表として出させてくれたみんなの信頼に応えなくちゃ。ルーキー組の意地を見せよう。そうだな。そういえば公演の情報解禁は明日か。あ、そっか。うわ、ドキドキする。出演キャスト見て誰だこいつとか他のキャストにしろとか言われたらどうしよう。そういう心ないこと言う人には相応の報いがあるから大丈夫。なんか今ちょっと怖かったような。気のせいだよ。でもすごいラスボス頼朝っぽかった。それは良かった。ベストソリューション。あ、はい。その件については公式サイトで。発表までもうしばらくお待ちください。なんだかすごいことになってるね。電話が鳴りやまないんだって。俺もあいつに電話する。今は迷惑だから。あのヒューガヒロと音宮柊っていうだけでも注目度高いのに、レニさんとユウゾウさんが役者として出演するからね。最近演出家としての活動しかしてないから、フル株のファンがこぞって盛り上がってるみたいだよ。天馬くんの怪我からの復帰第一作っていうのも大きいんじゃないかな。ファンとしては心配だもんね。イカルが八角ファンとか初代満開カンパニーファン界隈も盛り上がってるよ。正式に8年前に亡くなったって公表されてネットニュースになってたもんね。たった一度のタイマンアクト公演、しかも満開劇場のキャパシティでやることに批判も来てる。どうしても見たいっていう人がいっぱいいますからね。よう。はい、満開カンパニーです。すごい反響だな。笑い事じゃねえ。うちの劇団にも周さんのところにもゴッド座にも問い合わせが来てるし、挙句前さんのレストランにも電話が来るらしい。どうすんですか。これだけ反響がでかいとさすがに無視できねえよな。ヒロにも相談したんだが、どうしても満開劇場でやりたいの一点張りでな。映像化するっていうのはどうですか。これだけのメンツが揃うとなると権利関係の問題で円盤化も難しい。なるほど。そういうことならお任せください。突然申し訳ありません。
今回のタイマンアクト公演はこれまでにない反響の大きさの様子。水野エンタープライズで何かお手伝いできることがないかと伺ったところ、お話が聞こえまして。確かに規模的にはそっち案件だよな。偉大なる初代組と新鋭の新生組が真っ向からぶつかる一世一代の大勝負。今回は満開劇場で行うことに価値があります。しかし劇場に入れない多くの人に公演を見てもらいたい。導き出されるたった一つのソリューションはズバリライブビューイングです。ライブビューイング？なんだそりゃ。生中継みたいなもんです。劇場の公演をリアルタイムで全国の映画館とかで配信するんだ。へえ、そりゃ便利だな。近年我が社は中継配信事業に力を入れておりまして、日本全国の映画館だけでなくリアルタイムのネット配信も可能です。つまり全世界で見られるってことか。すごいじゃないですか。つづるくんの物語、いえ満開カンパニーの皆さんのお芝居を日本全国、そして世界にアピールするチャンスです。満開劇場でやるならそれしかねえな。大々的な宣伝、知名度アップにもつながるし悪くねえ。いいじゃねえか。では早速社内で条件をまとめさせていただきます。あれ、水野来てたのか。それではまた後日失礼いたします。カニみたいに去っていきましたね。弟の誕生日会に呼んだ時は水野マンだったんで。須田とああなるのか。それより何の話してたんすか？聞いてくださいよ、みなぎくん。なんと今度の公演がライブビューイングとネット配信で日本全国&世界に中継されることになりました。世界？あれ、みなぎくん、顔が石みたいに固まってますよ。ビロードお笑いフェスティバル。いただきます。いただきましたよ。ライブビューイングのチケットの売れ行き好調みたいですよ。初代とのエキシビジョンマッチのような状態だったのが興行的にも良かったのか、なかなかの売り上げになりそうです。2回3回とやっていったら支配人室の増築も。勝手に増築するな。やっぱり初代のそうそうたるメンバーと天馬くんの名前が大きいんですかね。ネットの口コミ見ると新生満開カンパニーにも注目が集まってるみたいだよ。劇団の名を売るにはいいチャンスだな。ネット配信のおかげでビロードウェイに足を運ばないような客にも見てもらえる。新生満開カンパニーとしては今までで最大規模の公演になりそうだな。胃が痛い。こんだけ注目度の高い公演であのスメラギ天馬の相手役をやるっていうのが今更ながらとてつもないプレッシャーで。
すね。お困りね。私にいい考えがあるよ。仕込んでおいた鬼門遁甲が火を吹くね。もちろんだよ。ビロードお笑いフェスティバルへようこそ。今日は盛り上がってまいりましょう。やたら豪華だな。主催が水のエンタープライズで、ビロード TV でも生放送で中継されるし、ネット配信もされるそうです。視聴者からのリアルタイムの投票でグランプリが決まるとか。本格的だ。こういうお祭りってワクワクするよね。楽しみだな。なんとか。稽古の合間に漫才の練習って余裕だね。シトロンさんがやるって聞かなくてな。まあ気分転換にもなるし。漫才はコメディ芝居の参考にもなるしな。俺も見学させてもらった。行ってきます。さっきから見かけませんね。ライムで連絡しようか。オーマイごめんね。持病のしゃくりでお腹ピーピーだよ。持病の尺？めちゃくちゃだな。とにかく出演できそうにないよ。あとは天馬に任せるね。ね、俺かよ。漫才の練習見てたからできるはずね。いや、事務所にも確認通してないし。水野マン、すずるの一大事ね。おマスク借りるね。これならバレないよ。なんだこれ。苦労は酔っ払うと人が変わる役ね。天馬もマスクで別人になるよ。何をむちゃくちゃな。役作りみたいなものだよ。プロの役者ならできるね。ああ、もうやってやれ。ったく、なんでこんなことに。持病のしゃっくりでしょうがないね。絶対嘘だろ。ネット配信か。つづる、私が初めて皇太子として民衆の前で挨拶したのは6歳の頃ね。その時は怖くて頭の中真っ白になりそうだったよ。でも父から言われたね。たくさんの人の前に立つ時、一人一人の顔が見えないから怖くなるよ。でもそんな一人一人にもきっと楽しいことがあって、辛いこと悲しいことがあって、笑う時も泣く時もあって、みんな自分と変わらない人間だよ。大勢の人じゃなくて
そんな一人一人に届けると思えば緊張も和らぐって教えてもらったよ。シトロンさん、いいこと言うな。俺も今はすっかり人前に出ることに緊張しなくなったが、初めての映画の舞台挨拶の時、挨拶で噛んだことがある。いつもの撮影とは勝手が違ったから慌ててな。当時は恥ずかしかったし、ネット記事にも書かれたが、その程度のことはすぐに話題として風化する。何か失敗してもそんなもんだって平気になった。役者は恥かいてなんぼだぞ、つづるさん。常に完璧な姿なんて見せられない。それにたとえ今日失敗してもその恥は俺と半分ずつだ。今度のタイマンアクトだって一緒に舞台に立つみんなと分け合うことになる。一緒に背負うから大丈夫だ。ありがとな、二人とも。続いてはシュトルんいやテマルン、どうぞ。どうもこんにちは、ニーハオ、ナマステ。どういうキャラ設定？やっぱり一緒に出たよ。今からシマルンのトリオになるよ。おい、乱入とか自由すぎでしょ。それにしても最近雨が続いてるよね。雨といえば何事もなかったようにネタに入るな。前衛的すぎる。それでは特別賞の発表に移りたいと思います。まずは人類にはまだ早いでしょう、シマルン。やったよー。これ喜ぶところ？ま、ネットの一部は大盛り上がりみたいだよ。おめでとう。シトロンさんが乱入しなければ普通に受けてたのに。こんな賞一生もらう予定なかったんだが。お疲れ。そっちこそ。テーマくんのじゃない？まずい、井川だ。バレたかも。おー、サンキューの時間ね。センキュー？説教じゃない。誰のせいだ！熱演おままごと。よう、言うぞ。ちょっといいか。うん。ようやく話す気になってくれたみてえだな。タイマンアクトの発表で勝手に俺の名前を出したことについてはまだ怒ってるよ。それは悪かったとは思ってる。でもずっと連絡を無視してたのはこっちだから。俺もごめん。話題になってるね、タイマンアクト。ああ、ライブビューイングだのネット配信だの大事だ。スポットライトとしても取り上げないわけにはいかないから取材させてもらえるかな。そりゃ当然だよな。現役編集長も出演するわけだし。まだデビューしたてだけど個人的に注目してる女型が得意な役者がいるんだ。俺は降板してその役者に代役として立ってもらおうと思ってる。
おい、勝手に何言ってんだ。今の俺に八角さんが当て書きしてくれた女型の役は無理があるよ。それにもうあの劇場の舞台には二度と上がる資格がないって分かってるから。お前な。ごめん。こりゃ本当にまずいかもしれねえな。俺についてこないか。こんな狭い橋の上じゃなく、もっと広い世界に出るんだ。国中にその名を轟かせてやる。面白い。その話に乗った。っておい、何いきなり寝てんだよ。ていうか酒くそ。目覚めたか？あ、すまない。世話になったようだな。なんでついてくるのだ？お前が俺についてこいって言ったんだろうが。忠信は馬に限らず武芸の才は私よりあるのに気概が。それさえあれば完璧だと父上も嘆いておられた。普通はそこ笑って話すところじゃないんだけど、後継ぎ問題とか考えもしないのかね。佐藤兄弟は仲がいいな。まあ佐藤家はお人よしの兄上がいれば十分だよ。褒めても何も出ないぞ。褒めてないし。九郎殿、ご無事でしたか？すまない。世話になる。どうぞお気になさらずご滞在ください。鎌倉殿の目もここまでは届きません。立派になられたな。お父上のこと残念だった。父も九郎殿のことを気にかけておりました。父の意志を私も引き継ぎます。あれは少しやりすぎた。この辺りで退場を願おう。兄弟の情に流されては源氏は一つにまとまらぬ。せめて盆栽であればどうとでもしてやれたのだがな。力の足りぬ兄を恨め、弟よ。仕上がってきてますね。見学してるとみんなの変化がよく分かって勉強になります。邪魔するぞ。敵情視察か。スパイだー。出会え出会え。人聞きが悪い。ちょっと話しておきたいことがあってな。霞のことだ。もしかしたら出演できないかもしれねえ。あいつは代役を用意するって言ってるが、そもそも八角さんからの上演条件は指定メンバーで公演を行うことだしな。かといってライブビューイングのチケットの販売も始まってる今、中止するわけにもいかねえ。俺らも話し合ってるんだが意見が割れてる。ひとまずお前らにも伝えておかねえとと思ってな。じいちゃんの願い叶えられないかな。本人に出る意思がないとなると難しいだろうな。迷惑かけて悪い。
この件は俺に責任がある。あいつの決意を甘く見てた。想像以上に昔のことがあいつの中で引っかかってるらしい。せっかくの当て書きなのにもったいないっすね。俺も八角さんが書いたあの役は絶対にあいつが演じるべきだと思ってる。とにかくギリギリまで粘ってみる。何か決まったらまた連絡する。かすみさんって初代の春組リーダーさんですよね。今回の公演で会えたら同じ春組リーダーとしていろんな話をしてみたいと思ってたんですけど。これ僕の順番。お母さん走っちゃダメなんだよ。急に残業頼んでごめんね、佐久間くん。夜花先生がインフルエンザにかかっちゃって。いえ、大丈夫です。すみません、遅くなりました。お、りんちゃん、お迎えだよ。はーい、お世話になりました。ゆうとくん、お母さんが来たよ。お母さん。あとはさくや先生、一緒に遊ぼう。こっちこっち。うん。お父さんもうすぐ来ると思うから待ってよね。大丈夫だよ、いつものことだもんね。ねえ、パパは私たちのためにお仕事頑張ってくれてるんだもん。待つのなんてへっちゃらだよね。ねえ。偉いね。さくや先生、おままごとやろう。さくや先生はママ役ね。え、俺がママ役でいいの？うん、いつもパパがママ役やるの。パパが一番ママ役上手なんだよね。そっか。俺も頑張るね。ママ、お腹すいた。今ハンバーグ作るから待っててね。バブーバブー。はあ、今日は劇団の取材の日だから疲れちゃったよ。劇団の取材？もうママってば、パパは出版社で編集長をやってるんでしょ？そうなんだ。お腹すいた。バブー。あ、赤ちゃんのミルクとみんなのご飯も作らないとね。早く早く。うん。たくや先生のママはまだまだだな。ママっぽさが足りないよね。私知ってる。大根って言うんでしょ？ごめん。パパはね、ママ役をやってる時が一番生き生きしてるんだよ。ずーっとおままごとのママ役でいてほしいよね。パパの時はいまいちだからね。優しいけどね。そうなんだ。遊び疲れて眠っちゃった。ひなもりです。遅くなりました。あ、おかえりなさい。
すみません、こんなに遅くまでご迷惑をおかけしました。いえいえ、みんな元気いっぱい遊んで眠っちゃいました。咲夜先生と遊ぶのがよほど楽しかったみたいで、いつもよりはしゃいでましたよ。そうですか。ほら、帰るよ。このまま運んじゃった方がいいかもしれませんね。すみません、タクシー呼びます。本当にお世話になりました。俺、タクシーまで送りましょうか。3人は抱えられないですよね。何から何まですみません。いえいえ。せっかくだから佐久間くん、そのままタクシーに乗せてもらったら。帰り同じ方向よね。もう上がって大丈夫だから。でもいいんですか？こちらこそお願いします。初めて舞台に立った日。すみません、家まで送っていただいて。こちらこそタクシーに乗せてもらっちゃったんで気にしないでください。せっかくなんでお茶でも飲んでいってください。でも。どうぞどうぞ。それじゃあ失礼します。あの子たちを起こさずに済んで助かりました。途中で起こされるとかなりぐずるんですよ。なるほど。3人いると相手も大変だったでしょう。いえいえ、みんないい子でした。ずっとおままごとしてママ役をやって楽しかったです。パパの話をたくさんしてくれました。あの子たちのおままごと長いんだよね。挙句にこんなところまで付き合わせちゃって、ほんと何から何まで。お腹空いてない？何か作ろうか。そういえば確かもらったお菓子が。いえ、大丈夫です。そう？何かお礼できることがあったら言ってね。俺もかすみさんとお話ししたかったのでちょうどよかったです。あれ？俺下の名前言ったっけ？実はみんなからいろいろ話を聞いているうちに、もしかしたらかすみさんなのかなって。実際に顔を見て確信しました。ロミジュリの頃からあまり変わってないですね。俺今満開カンパニーの春組リーダーをやってます。佐久間咲夜です。そうだったんだ。さっきお礼できることがあったらって言ってくださいましたよね。一緒に来てほしいところがあるんです。あ、もちろん今日じゃなくていいのでダメですか？あ、こっちです。遅れてごめんね。今日はお迎えの時間は？まだ大丈夫だよ。ここ？どうぞ。いや、やっぱり俺はもう部外者だし。OB は部外者なんかじゃないです。変わってないな。ここの扉、雄三が小道具の刀をぶつけて傷つけたんだよ。まだ残ってるね。え、そうだったんですか？懐かしい。
かすみさん？君のお願いってここに来ること？いえ、欲張りですみません。この劇場のこの舞台の上で一緒にお芝居がしたいです。満開カンパニーも春組も俺にとっては人生で初めて見つけた宝物みたいな特別で大事な居場所なんです。この居場所がなかったら俺はきっと今でも一人ぼっちで別の世界にいるような気持ちで生きてたかもしれない。だからこの劇場を満開カンパニーを作り上げてくれた初代の皆さんには本当に感謝してるんです。何度も初代公演のビデオを見ながらずっと夢見てました。いつか初代の劇団員の方とここで一緒にお芝居がしたいって。ごめん、もう芝居はきっぱりやめてて。娘さんたちから聞きました。パパはおままごとしてる時が一番生き生きしてるって。俺はパパに比べたら大根って言われちゃいました。あの子たち。かすみさんがどんなお芝居をするのか見てみたいんです。でもおままごとのママ役以外は本当にブランクがあって。ちょっとずつ感覚を取り戻していきましょう。まずは簡単なエチュードから。ほら、かすみさんも舞台に上がってください。おお。最近教えてもらったアクト合戦っていうゲームみたいなやり方があって、お互いに好きなお題を出し合ってそれぞれアプローチを考えて交互に演じ合うんです。相手に無茶ぶりをするのがすごく楽しいんですよ。無茶ぶりってどんな？お菓子の国の人がカレーを食べた時に流す涙とか。それって一体お遊び感覚でやってみましょう。まずはかすみさん、お題出してください。何でもいいですよ。思いついたもの何でも言ってみてください。それじゃあ初恋の人に会ったのに名前をど忘れしちゃった人とか。あ、君だよね。ほら、俺のこと覚えてる？3年間同じクラスだった。そう、佐久間。嬉しいな、覚えててくれたんだ。俺もずっと忘れなかったよ。忘れるわけないって。懐かしいよね。君はそうクラスの委員長でさ、よくあの子と一緒にいて。あ、そうだ、佐藤さん。今も連絡取ってるの？そっか、俺も君の連絡先聞いておけばよかったな。あ、ライム交換しよう。ライムの名前犬の名前なんだね。君は全然変わらないね。昔からすっごく綺麗で、俺ずっと君のこと。名前？もちろん覚えてるって。次は何にします？じゃあプロポーズの言葉がない国で必死にプロポーズする男とか。俺たちもう付き合って3年になるよね。そろそろこの辺りでけじめをつけたいっていうか。ああ、違う。そういう極道的な殺伐とした話じゃなくて、俺たちの関係に新しい名前をつけたいなって。そういうコンビ名みたいなのじゃなくて、友人、恋人、その次みたいな。
愛人だとちょっと意味変わっちゃうよね。だからさ、俺の味噌汁を毎日作ってください。ごめん、違うよ。朝ごはんは俺の役目だよね。分かってる。明日もアサリの味噌汁作るし。困ったな。だから毎日一緒に寝て起きてご飯を食べてって今もやってるね。同棲してるからね。婚姻届に記入捺印して役所に出しに行こう。ダイレクトだね。そうなっちゃいますよね。次は。ごめんごめん。咲夜くんにばっかりやらせるのはフェアじゃないね。じゃあ。お手柔らかにお願いします。さっきのお菓子の国のお題でいいですか？いただきます。何これ何？っていうか舌がピリピリする。何この暴力！喉が痛い。助けて！救急車！これ食べていいものなの？つらい。でもうまい。何これ？辛い後にうまい。意味がわからない。痛いのにやめられない。お菓子しか食べたことなかったらそうなりますよね。少し休憩にしようか。はい。久しぶりにこんなに体使ったよ。かすみさんのお題はロマンチックなものが多いですね。月9も少女漫画も大好きなおじさんでごめんね。かすみさんっていくつの時に演劇を始めたんですか？ちょっと遅くて高校3年生だった。俺も初舞台は高3でした。満開カンパニーに入ったら劇団員が俺一人で翌日本番だからって台本渡されて。そんな無茶ぶりされたの？今考えると無茶ですよね。でも俺は舞台に立てるのが嬉しくて一生懸命セリフを覚えて当日を迎えて緊張したけど楽しくてしょうがなかったんです。その時ガラガラの客席で初舞台を見てくれたのがゆきおさんの娘さんで俺たちの監督です。ゆきおさん。聞かせてくれませんか？聞きたいんです。かすみさんがいた頃の満開カンパニーのこと。それからかすみさんが初めて舞台に立った日のこと。あの人のこと。俺にとっておとぎ話のフェアリーゴッドマザーみたいな人だった。小さい頃自分の名前をとても気に入っていた。少女漫画のヒロインのようなおしとやかな名前。物心がついた頃からメルヘンでロマンチックなおとぎ話が大好きだった自分にはぴったりだと思っていた。でもいつからかそんな趣味や名前を周りにからかわれるようになった。かすみってなんでそんな女みてえなの？女が読む本とか漫画読んだりしてんじゃん。変なの。そんなのかすみの勝手だろ。なんだよ言うぞ。ごちゃごちゃうるせえんだよ。ありがとう言うぞ。
でも私もかすみくんってちょっと女っぽいなって思う。だよな。もっと男の子っぽくした方がいいよ。密かに好きだった子にまでそんなことを言われたのをきっかけに趣味を隠すようになった。雄三みたいに男らしく、そう思って高校ではバスケ部に入ってみたけど、要領の悪い自分は体育会系には向いてない上、見た目や名前だけでからかってくる部員も多くてやめてしまった。あんなに好きだった自分の名前がいつしか一番のコンプレックスになっていた。帰宅部になって誰にも言わずにこっそり趣味の少女漫画やドラマ鑑賞に明け暮れる日々。それでも好きなものを胸を張って好きと言えないもどかしさはいつも胸の中にわだかまっていた。そんな時、高校1年の文化祭で雄三が演劇部の公演に誘ってくれた。リハーサルの見学に行って真剣な顔で演出指示を出す幸男さんに見とれた。以前からドジな先輩として有名だったから幸男さんのことは知っていた。勝手に親近感も覚えていた。でも演出をする幸男さんは本当にかっこよかったし、幸男さんの指示を受けて役者として立つレニさんも気品があって美しくて素晴らしかった。舞台の上はまるで夢の中の世界みたいだった。少女漫画やおとぎ話のようにキラキラして現実じゃないみたいに見えた。一気に演劇部の幸男さんとレニさんのファンになった自分が翌年の文化祭では舞台作りに関わることになった。これがきっかけとなって俺は改めて演劇と幸男さんの大ファンになってしまった。幸男さんとレニさんが劇団を立ち上げると聞いて、いても立ってもいられずにオーディション会場に向かった。裏方の手伝いをするつもりが、なぜか役者志望として課題をやらされていた。課題には胸がときめくようなヒロイン役の女型のセリフもあって、せっかくだからと頑張ったけどひどい芝居しかできなかった。落とされると思ったらなぜか合格した上、幸男さんは俺に女型の役をくれた。どうしてこの人は俺の心の中の願望が分かったんだろう。もしかしたら魔法使いなんじゃないかと本気で思ってしまった。重要なヒロインの役はプレッシャーだったけど、これが密かに憧れていたヒロインになれる人生最後のチャンスかもしれない。そう思ったらがむしゃらに稽古を頑張れた。共演したみんなにもそんな俺の気持ちが伝わったのか、最後には認めてもらえた。かすみ、千秋楽お疲れ様。どうだった？楽しくて楽しくてあっという間でした。初日は衣装踏んづけて転んじゃってたけどね。すみません。楽しかったのがちゃんと伝わってきたよ。でも不安になりました。不安？稽古中みんなにたくさん迷惑かけちゃいましたし。確かに芝居ど下手だもんね。すみません。やっぱり俺なんて人数合わせですよね。これからもっと上手い人が入ってきたら俺なんて。でも役者としてじゃなくても裏方としてこの劇団を支えます。この素敵な劇団を多くの人に知ってもらうために頑張ります。それは困るな。かすみには
春組のリーダーをやってもらおうと思ってたから。俺がリーダー？でも俺なんて一番芝居が下手なのに。一番最初にかすみって名前が素敵だと思ったんだ。かすみ草っていう花があるでしょ。花束を作るときにそっと主役のそばに添えられてる可憐な小さな花。かすみを見たときに思い出したんだ。かすみはかすみ草のような優しさ、奥ゆかしさでくせ者だらけの初期メンバーに寄り添ってくれる気がした。俺が？それに西洋ではかすみ草にはエバーラスティングラブっていう意味があるんだよ。永遠の愛ですか？かすみならずっとこの劇団のそばに寄り添って愛してくれるんじゃないかと思って、そういうかすみにリーダーを任せたかったんだ。きっとずっと劇団のそばにいます。ありがとう。それで春組はどんな組にしようかなって考えてたんだけど、かすみの好きなロマンチックな世界を中心とした演目をやるユニットはどうかな。いいんですか？俺がロマンチックな演目をやる春組のリーダーになれるなんて夢みたいだった。誰にも言えなかった俺の密かな夢を目の前に突然現れたユキオさんがいとも簡単に叶えてくれたんだ。俺も初めての舞台で思いっきり転んじゃったんですよ。本当？偶然ですね。本当だね。春組リーダーの伝統になっちゃう。あの日のこと、昨日のことみたいに思い出せるのにもう何年も前なんですよね。俺も全部思い出せるよ。初日の舞台袖で息を潜めて初めての出番を待ったこと、よろけそうになる足を必死に板の上につなぎ止めて照明の下に歩き出したこと、顔を上げると観客のいろんな感情をした目が一斉に俺を見つめてたこと、全部昨日のことみたいに思い出せるのに、それはずっと遠い過去のことで、そんな矛盾もなんだか愛おしく思えるんだ。幸せな記憶なんですね。とても幸せで夢の中みたいな時間だったよ。どうしてそんな舞台から降りてしまったんですか？ずっとコンプレックスがあったんだ。芝居に関してはリーダーの中ではもちろん、新しく入ってくるメンバーの誰よりも劣等生だった。みんなが支えてくれたおかげで頑張れたけど、八角さんの新作で新しい役をもらうまでずっとドキドキしてた。新しい役をもらえて、ようやく自分はまだこの劇団にいていいんだって安心できた。それがずっと続いて、一回一回公演が終わるたびに怖くなってしまったんだ。これが最後になるんじゃないか、次の脚本では俺はもう役をもらえないんじゃないか、居場所がなくなるんじゃないかって。フルール賞を取ろうって劇団全体が盛り上がってる時は特に怖かった。俺はどんどんおじさんになるし、女形っていう自分だからこそできる役目もどんどん無理が出てくる。クラス全員で記録を目指して飛ぶ大縄跳びが自分のせいで失敗してしまうような感覚があった。だからユキオさんがいなくなってこれからどうしようっていう時に真っ先に辞めるって言っちゃったんだ。そうしたら雄三や善さん、周さんまで
次々に劇団を去ることを決めた。理由は様々だったけど、心が弱い俺が唇を切ってしまったからこうなったんだってすごく後悔した。俺はユキオさんにずっと劇団のそばにいるって約束したのに、辞めてからも満開カンパニーのことを自分なりの方法で支えようと思ってたのに、向き合うのが怖くなっちゃったんだ。永遠の愛、あの頃は信じてたはずだったんだけどね。あの頃仲間と過ごしたあの瞬間を永遠みたいに感じてた。でも時間を止めることはできないんだ。咲いた花が散るように若さは失われるし、絆が色あせてしまうこともある。自分自身の可能性の行き止まりに、限界に気づいてしまうこともある。そんなことも分からずにユキオさんと無責任な約束をしちゃった。俺はどうしてもそんな自分自身が許せない。だからもうこの劇場の舞台に上がる資格はないんだ。それでもかすみさんはその瞬間永遠を感じられたんですよね。永遠を信じたい仲間と出会えた。それが一番大事なことなんじゃないでしょうか。それってそうそうあることじゃないし、きっと他の何にも変えられないすごいことだと思います。俺もこの劇団でいくつもの物語を演じて気づいたことがあるんです。楽しい時間はあっという間で、みんなと駆け抜ける公演はいつか千秋楽を迎えて物語は終幕する。でも幕が閉じても演じた役の人生はこの胸にずっと残って続いてる。さあ、ショーマストゴーオン。たとえ幕が降りてもずっと胸に残って終わらない夢のような物語もある。かすみさんの胸にも終わらずに続いてる永遠の物語がきっとありますよね。そうだね。忘れられるわけがない。今も胸の中で終わらずに続いてる気がする。かすみさんなんだか今すぐみんなに会いたくなっちゃった。みんなかすみさんを待ってますよ。ゆうぞうさんが言ってました。あの役はかすみさんの役だって。でもやっぱりブランクもあってお芝居は足を引っ張っちゃいそうだし、ちょっとくらい引っ張ってもいいんじゃないでしょうか。俺も旗揚げ公演の時にみんなの足を引っ張ることに引け目を感じました。でもみんなと立てるこの居場所がどうしても欲しくて、どうしても譲れなくてがむしゃらに頑張りました。俺は自分の気持ちに正直になってよかったと思います。そうだね。自分に正直に。かすみさんは皆さんともう一度お芝居がしたいですか？うん、したい。おじさんになってしまったこと、みんなと気まずい別れ方をしたこと、ユキオさんとの約束を破ってしまったこと、そういう全部を取っ払って、ただもう一度みんなと一緒にお芝居がしたい。大好きなこの劇場にもう一度立ってみたい。そして今度こそ胸を張って満開カンパニーに寄り添いたい。かすみさん、咲夜くんのおかげで出演する勇気が出たよ。本当ですか？やったー、嬉しいです。かすみさんのお芝居楽しみです。
咲夜くんの舞台も見てみたいな。新しい満開カンパニーのお芝居見ておけばよかった。もったいないことしたな。じゃあ俺が出る次の公演は絶対見に来てください。推しはもう咲夜くんに決まってるけどね。ありがとうございます。俺たちの永遠。おはよう。ようやく来たか。大遅刻だぞ。どれだけの大物だ？たく、手間かけさせやがって。これで揃ったな。ご迷惑をおかけしました。遅れを取り戻すために頑張ります。当然だ。ま、こんなもんか。霞は意外とついてきてたな。セリフも立ち回りも頭に入ってたな。最初は苦労するかと思ったが。雄三が稽古動画を送ってくれてたんで、それを見て覚えました。意外と気が利くな。意外と親切だな。意外うるせえ。幸男さんに送るついでだ。でもやっぱりこの年で静御前をやるのは清水の舞台から飛び降りるくらいの気持ちだったよ。俺もう娘までいるおじさんなのに。何言ってんだてめえ。未だに朝ドラヒロインにバリバリ感情移入してるくせに。してない。それにやっと見た目に年齢が追いついてきた雄三に言われたくない。んだと？どんどん見た目が精神年齢から乖離していく例もあるだな。なんでこっちを見るんだよ。精神年齢ってどういう意味だ。たく、いい年して全然変わらねえな。懐かしい光景だな。あ、ごめん。そろそろお迎えの時間だ。そろそろ俺も次の仕事に向かわないと。私も打ち合わせがある。ああ、もうこんな時間か。次の稽古は3日後だったな。それぞれいろいろ忙しいから全員集まれる時間となるとかなり限られるな。とにかくできる限り本番までに全力で仕上げるしかないだろう。そういえば霞は勝ったら何もらうんだ？みんなはどうしたの？団員にただ働きしてもらうとか、寮の旗とか稽古ビデオもらうとか、あとは水道光熱費の建て替えをやめるとかだな。周さんまだ建て替えてたんだ。成り行きでな。俺はどうしようかな。あ、満開カンパニーにもう一度入れてもらって広報担当として活躍する。お前はあの三つ子を養ってく責任があるだろうが。今劇団の財布を握ってるのはケチな左京の坊主だからな。今の給料より相当下げられるぞ。稽古場に出入りしてたあの子が経理までやるようになったんだね。そこに感動するのかよ。当時から生意気なガキだったよな。今さえありゃ劇場とか稽古場の隅でじーっと見ててよ。とにかく広報係はやめとけ。三つ子ちゃんが路頭に迷ったら困る。それならあ、スポットライトで満開カンパニーを総力特集させてもらう。それじゃあむしろご褒美だろう。でも他に思いつかないですし決めた。
いやお前、勝っても負けても特集してやるつもりだろ。バレた？なんでもいい。とにかく新生組をぶちのめすことに変わりはねえ。そういうことだ。気合い入れていかないとな。初代組に恥じないものを見せてやらねば。頑張ろう。お、すごい機材の量だね。スタッフの数もいつもとは全然違う。見て見て、配信予約数めっちゃ増えてる。 SNS でもちょっと話題になってるね。トレンドに入ってんじゃん。配信やライブでも投票できるシステムってすごいよね。せっかくのチャンスだ。存分に生かさねえとな。おはよう。おはようございます。天馬くん、その後怪我した腕の具合はどうだ？問題ない。そりゃあよかった。怪我を理由に本気を出せなかったら困る。いちいち顔を見つけては吠えに行くのは犬と同じだぞ。誰がだ？準主演皆木つづるね。反発するなっつったのにな。俺はみんなと一緒に板の上に立った時の思いも脚本に載せてます。八角さんとは決定的に違うけど、俺はそんな自分ごと認めてもらうために舞台に立ちます。大事なのは中身だしな。お前がこれからの満開カンパニーを背負って立つ脚本家としてふさわしいかどうか、今日はっきり見極めてやら。望むところっす。声が若干震えてる。おい、いちいちバラすな。イカルがミスミ。今日はクスミとマドカも呼んである。客席で見てるはずだ。ありがとう。お前の芝居であいつの目を覚まさせてやれ。八角さんが期待してたお前ならきっとそれができるんだろう。お父さんとマドカが楽しんでくれるように頑張るよ。監督、今日はよろしくな。こっちは手加減なしでいくぜ。言うようになったな。それを聞いて安心した。私も正々堂々戦わせてもらおう。あんな狭い楽屋と鏡前、久しぶりだ。さすが大物俳優様は違うね。お前の劇団の座長部屋だって広いだろう。しかし年取ったな。人の顔を覗くな。鏡見てみろ。考えてみりゃこのメンバーで公演やんのは旗揚げ公演以来か。あの頃はまだ春夏秋冬のチームも発足していなかったからな。ミックス公演でもこの6人が揃うってことはなかったな。リーダー4人が揃う公演はなかなかないだろう。化粧のりが。あ？別に普通だろ。全然違う。シュウさんと顔の皮膚だけ取り替えたい。気色悪いこと言うんじゃねえよ。十分だ十分。
まだまだいけてんじゃねえか。本当ですか？よかった。なんで俺とシュウさんで反応違うんだよ。女型のプロを見てるシュウさんに言われるとちょっと自信が持てる。でもはあ。今度はなんだ？今日娘たちが見に来てるんですよね。この女装姿を見せるのは勇気がいります。うちの息子も来てるんだよな。またスメラギ天馬と比べられる。大丈夫。ヒロはいつでも俺たちのヒーローだよ。本当か？それ父親になったお前らがする会話か？自分でも分かってんだから突っ込むな。確かにもうおじさんばっかりで、若かったあの頃とは目指してるところも背負ってるものも生活も全然違うよね。仕事だって子育てだって大変なことばっかりで、舞台のことばかり考えてがむしゃらに走ってた頃には戻れない。でもさ、みんなと一緒に立った舞台のことを決して忘れてなかった。心の中にある大切な思い出をあえて見ないように目を背けてただけで、ちゃんと向き合ったら昨日のことのように思い出せた。一度舞台を降りてしまったけど、みんなとの物語はずっと終わらずにこの胸の中にあって、今この瞬間に続いてた。今日このたった一度の舞台を終えて、その先で俺がもう一度舞台に立つかはわからない。でも怖くない。今日新しくみんなと紡ぎ出す物語もきっと死ぬまで胸の中で続いていくから。これがきっと一つの永遠なんだね。相変わらず恥ずかしいこと言いやがる。でもそうかもしれねえな。永遠か。呪わしき言葉だが、今は悪くない。円熟しても消えることのない永遠の絆か。今なら少しは信じられそうだ。俺もまたこんな風に熱くなれるなんて思ってなかった。あの日の夢は胸の中でまだ燃え続けてたのか。変わらないものはね。でもこうしてもう一度このメンバーで舞台に立つ今は、あの日から続いてるんだな。夢の後。かつてこの地を共に駆け抜けた友がいた。夢を語り合った仲間がいた。予想外に足止めを食った。この調子では日のあるうちに峠は越えられぬか。もし旅の方、話を聞いてくださらぬか。このような酷に居合わせたのも何かのご縁でしょう。お聞かせください。あれは1000年も昔、かつての兵士の栄華も色あせ、風には木の葉のごとく儚く散った頃。なんだ、ヒロさんの空気、まるで人ではないみたいな。一気に引き込まれる。
な業の者とやり合えたのは行幸。敵ながらあっぱれなり。ここで死ぬには惜しい御仁だ。時代が違えば友にもなれたのだろうが。ようやくここまで。志半ばで無念なり。無念なり。なぜ人は争うのか。氏が違えど皆同じ人であろうに。ユーザーさん、盾のキレも迫力も半端ねえ。さっきで鳥肌だったぜ。レニさんの気迫が伝わってくる。盾も美しいのに恐ろしい。すげえな。綺麗でかっこいいってめちゃくちゃだろ。あと半時もあれば次の宿場に着くでしょう。お前たちには苦労をかける。最初の雰囲気から一転して人間に戻った。演じ分けがすごいな。我らのことはお気になさらず、九郎様のためならばたとえ火の中水の中。源氏の棟梁にはあなたこそがふさわしい。お待ちください。静か。なぜここに身を隠しているように言っただろう。どうか私も連れて行ってくださいませ。九郎様がいらっしゃらなければ生きる甲斐もありませぬ。かすみさんが出てきて一気に舞台が華やいだ。ブランクなんて全然感じさせない。行く先々で追っ手が現れる。情報が漏れているとしか思えん。やはり伏見に女子は連れてくるべきではなかった。所詮流れ者、捨ておかれよ。私は九郎様を裏切ったりなどいたしませぬ。信じてくださいまし。お前の忠心は疑っておらぬ。しかしこの先は修羅の道。連れてはいけぬ。どうかお願いです。最後までお供させてください。白々しいことだ。儚くて悲しいのにひたむきで美しい。俺にはこんな芝居はまだできない。俺が間違っていたようだ。静御前に詫びなくては。生き延びられたらの話だが。ここは我らに任せて先にお逃げください。すまぬ。こうはやらぬぞ。そっくりそのまま返す。最後の花火だ。せいぜい派手に暴れてやろうじゃねえか。望むところだ。シュウさん、最初見た時の印象とはまるで違う。なんて強胆で凄みのある芝居だろう。舞台の上では一回りも二回りも大きく見える。ってまだだ。そんな立ち筋じゃ俺は撃てぬぞ。もっと骨のあるやつはいねえのか。どう先に行かせてもらうぜカイソン。勝ちを譲る気か。勝負はあの世に預けよう。
せめてもの花向けだ。全員共に連れて行け。前さんの盾すげえな。あんだけ鋭いのにまるで踊ってるみたいに軽い。あの動き相当鍛えないとできねえだろ。九郎様、次に生まれた時は真っ白の鳥になりましょう。自由に空をかけてどこまでもついていきまする。静か皆行ってしまった。残されたのはこの身一つ。遠からん者は音に聞け。近けばよって目にも見よ。我こそは一の院、後白河法皇の御使い、源氏の大将、検非違使の嬢、源義経なり。源義経の首はここにあり。名を挙げたくば取りに来い。なんて迫力だ。逃れる。まるで見たことのように話される。かつてこの地を共に駆け抜けた友がいた。夢を語り合った仲間がいた。今は見る影もなく孤独に朽ち果てるのみ。幾度悔やんでも悔やみきれぬ。あの時助けられたらいいな。私になど出会わなければ。あなたはまさか。けれど彼らはあなたを慕っておられた。後悔はなく成仏したのでしょう。あなたの無念を晴らしましょう。白い鳥、静か。ああ、そうであったな。急がなくて皆が待っている。遅くなって申し訳ありませぬ、九郎様。これで私もようやく許される。友よ、あの日の勝負をつけようぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうな。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうよ。初代組は
想像以上だったな。腹くくったと思ったけど、あれ見たら一気に怖くなった。面白かったね。のんきすぎ。まあでもそのくらいの気持ちでいた方がいいのかも。それができれば苦労しないんじゃない？ここまで来たんだ。俺たちもやってきたことを信じて、このたった1回の芝居を全力でやりきるしかない。つづるさんの物語を信じてる。大丈夫だ。俺たちは負けない。天馬、今まで通りやれば大丈夫大丈夫。心配ないよ。俺たちみんなそばにいるもん。どうせいつもの芝居しかできないんだから、緊張するだけ無駄。もう二度とない機会だし、後悔しないようにやるしかないね。この日のためにちゃんと稽古してきたんだし、頑張ろう。そうだよな。よし、気合い入れる。映像の中の初代組は本当に楽しそうで、この人たちがバラバラになったことが信じられなかった。あの時は自分たちだけはそうならない、ずっと一緒に芝居をやっていけるはずだって思ったけど、初代組のメンバーと実際に話して、いろんな事情でどうにもならないことはあるんだって分かった。これからの俺たちにだってそういう可能性はゼロじゃないって思い知らされた。ずっとみんなで一緒に芝居を続けられる未来っていうのは、もしかしたら存在しないのかもしれない。でもだからこそ一緒に舞台に立てる今日この公演を大事にしたい。今日のこの公演は今しかない。こんな気持ちで舞台に立てるのも今日だけだったら、怖がってるのはもったいないな。何も考えられないくらい全力でやらないと絶対後悔する。この劇団で役者と脚本続けていくために、絶対に音宮さんに俺を認めさせてやる。今日初代組にタイマンアクトで勝てたら、その事実は永遠になるしね。夏組みんなの思いも背負って全力でやる。あんたの父親に最高の婿だって認めさせる。お父さんとまどかに最高のお芝居見てもらう。俺の友達みんなこんなに素敵なんだって知ってもらうんだ。よし、出陣だ。おうおう。新説クローデン。あんたいい獲物持ってるな。俺にくれよ。誰だ？武蔵坊弁慶。いざ尋常に勝負。何のために獲物なんて集めてる？腕試しだ。1000本集めて名を上げる。今何本目だ？999本。あんたが1000本目だ。なるほど、それは残念だったな。
腕試しは999本で終わりだ。あんた強いな。何者だ。クロウ、これでお前の刀は俺のものだ。俺についてこないか。こんな狭い橋の上じゃなく、もっと広い世界に出るんだ。国中にその名を轟かせてやる。面白い。その話乗った。っておい、何いきなり寝てんだよ。っていうか酒臭っ。目覚めたか。すまない。世話になったようだ。なんでついてくるのだ。お前が俺についてこいって言ったんだろうが。大丈夫かこいつ。しょっぱなからあのアクションか。若いな。飛ばしやがって。あんな動きができたのか。また牛若と鬼若だ。拾え拾え、牛鬼様のお恵みだ。誰かあいつらを捕まえろ。いい君だ。弁慶の策はすごいな。あいつらの驚いた顔見たか。ああいう輩は単純だからな。前しか見てないのさ。それにしても国中に名を轟かせるってのは、こんな小悪党を懲らしめて終わりか。まさか俺はこんな狭い都で終わるつもりはない。いずれ源氏が打って出る。俺たちの時代がやってくる。その時こそ本当の腕試しだ。楽しみだな。お前には俺の背中を任せ。いたぞ。出会え出会え。こんなところで捕まるなよ。こっちのセリフだ。おい、まだ寝るな。逃げてからにしろ。ここはいいから逃げるぞ。遠くまでよう来られた。お世話になります。父上、お客様ですか。俺、失礼だろう。すまぬな、九郎殿。息子の安平だ。はじめまして、安平と申します。よろしく頼む。安平、九郎殿は誠の武士だ。稽古をつけてもらいなさい。はい。それまで。さすが九郎殿はお強いですね。安平殿も筋がいい。ところであれは。ああ、あれは佐藤嗣信と忠信です。せっかくだ。二人も一緒にどうだ。断る。私は安平様に大事ないよう見張っているだけだ。僕は一つ手合わせ願おうかな。おい、忠信。いいじゃないか。どれほどのものか見せてもらおう。それじゃあ
兄の相手は俺が務めようか。いや、私は。あっ、突然何をする。無礼ではないか。やる気になるかと思ってさ。まずい。ほら、痛い。では参ります。九郎殿。参りました。どうなさったのですか、九郎殿。先ほどと同じ人間とは思えん。ほら、景気づけにこれ飲んどけ。もう一歩手合わせねえが。いつでもどうぞ。さっきのは油断させるための演技だな。怪しい。ほらほら兄さん、よそ見してると危ないぜ。兄さん、普段の様子とは一変する。役に憑依したみたいだ。やっぱりかなわないな。三隅の才能はやはり父さん。まさか九郎殿につかされるとは。腕は確かみたいだけど。だがたまに人が変わったようになる。親方様は高く買っておられるようだが。まあ鎌倉殿に合流次第欧州に戻ればいいんじゃない。バカを言うな。親方様は我らに源氏の動向を見極めろとおっしゃっておられるのかもしれん。真面目だな兄上は。源義経、兄上の挙兵を聞き汗参じました。よく来てくれたな九郎。共に源氏再興のため力を尽くそうぞ。はっ。こうして離れ離れになっていた兄弟が共に相まみえるのはこの上ない喜びだ。不遇の時をよく耐えてくれた。案ずるな。これからは我らの時代ぞ。へえ、頼朝の腹芸がうまいね。字を最大限生かしてやがるな。この崖を馬で駆け下りる？正気ですか？無謀すぎます。奇襲をかけるな。それが上策だ。無理だ。そんなこと俺にできるはずがない。まあまあ、一杯飲んでからよく考えてみろ。こんな時に酒なんて。で、どうする？上策だ。弁慶は相変わらず面白いことを考える。まさか
本気でなさるおつもりですか？あっさり意見変えたな。志ある者は俺に続け。おお！そこの兄弟はどうするんだ？強制はしないぞ。足手まといは困る。何も。前から気になってたんだけど、弁慶殿はなぜ九郎殿についていくんだい？面白そうだからかな。面白そう？それだけ？ああ。どうかしている。で、どうするの兄上？当然私たちもついていく。ここで臆せば欧州の武士は腰抜けと笑われる。藤原様に顔向けできぬ。やれやれ、言うと思った。正直なところ兄上はやめた方がいいと思うけど。佐藤兄は馬が苦手か？別に苦手なわけではありませぬ。ただ多少忠信が上手というだけです。褒めても何も出ないけど。忠信は馬に限らず武芸の才は私よりあるのに気概が。それさえあれば完璧だと父上も嘆いておられた。普通はそこを笑って話すところじゃないんだけど、後継ぎ問題とか考えもしないのかね。佐藤兄弟は仲がいいな。ま、佐藤家はお人よしの兄上がいれば十分だよ。褒めても何も出ないぞ。褒めてないし。兄弟とはいいものだな。俺も兄上とお前たちのようになれるだろうか。いいな。僕も兄さんとこんな風に話せたら。おっ！兄上！敵の刃に倒れるのでもなく、このようなところで力尽きるとは。藤原様に顔向けが。そんなこと言ってる場合じゃないだろ。だから馬はやめろって言ったのに。忠信、佐藤家はお前に任せるぞ。勝手に任せるな。忠信、お前なら大丈夫だ。どうか私の分まで藤原様に。ちくしょう、上がれない。諦めるな。九郎殿、二人の捨ては馬が持たぬ。私は捨ておかれよ。お前たち兄弟は二人揃ってこそだろう。信じられない。あんな無茶を。苦労は何でも拾うからな。痛快だったな。敵陣は大騒ぎだ。これで別動隊も戦いやすくなるはずだ。九郎様。おう、怪我はないか？おかげさまで。九郎様、こたびの奇襲の成功おめでとうございます。九郎様の助けがなければ私の命はなかったでしょう。我ら兄弟は命尽きるまで九郎様にお仕えします。命は尽かすな。俺はどこまでも共にかける友が欲しい。御意に。すっかり懐かれたな。おっと、もう酒が切れたか。ま、あとは宴会だけだからな。俺はなぜあのような恐ろしいことを。一歩間違えれば死。
寝てろ寝てろ。前々から思っていたのだが、弁慶殿は主に対していささか無礼ではないか。まあまあ、弁慶殿と九郎様は付き合いも長い。僕らの伺い知れぬ縁があるんじゃない？弁慶との縁？出会い頭に突然襲われた縁か。刀を狩られた縁だな。襲われ刀を。確かに私には測れぬ絆のようだ。佐藤兄弟がいれば100人力だ。どんな相手でも恐れるに足りんな、黒。いや、俺は戦いは勝利合わねえ。飲め飲め。嗣信の忠誠が九郎に向けられた瞬間か。変化の表現が見事だな。私はこの輝かしい才能を直視することができなかったのだ。自分の本性に向き合うことができず、なんという愚かなこと。俺の綴る物語。そろそろ頃合いだな。向こうが立て直し始めた。この辺で引いた方がいい。このまま押し込めるのでは？どちらにも負傷者が出る。泥仕合になるぞ。どうなさいますか、九郎様。逃げよう。いつになく決断が早いな。酒が切れたか。とにかく早く逃げよう。今すぐ。九郎様。兄上。あそこからだ。兄上の敵。勝手に殺すな。動いてはダメだ。かなり深い。ご無事ですか、九郎様。俺は何とも。お前がかばってくれたからだ。すぐに手当てをしなければ。このくらい何ともありませぬ。さあ参りましょう。ダメだ、動いてはいけない。私もお連れください。どこまでも九郎様と共に参ります。また必ず会える。それまでに傷を癒してくれ。かしこまりました。必ずや再び九郎様のもとに馳せ参じます。なぜそこまで。俺はそんな風に言ってもらえるような人間ではない。あの時助けたのも酒の力を借りただけで、シラフの時であったらきっと一歩も動けなかったはず。酒の力を借りて戦ってきた九郎の内面の変化。いい芝居しやがる。まどかの兄貴うまいな。ムカつくけど。潮の目が変わった。今だ。俺に続け。船に飛び移るのだ。九郎様、お供いたします。はっ。あんまり張り切りすぎるなよ、柄にもない。兄上の分まで働かなくては申し訳が立たない。そんな性格だったか。でないと兄上が無念さのあまり
せっかく治った腹を切りかねないからね。なるほど。ギャッ頼む、後ろだ。ギャッまだだ。頼む、しっかりしろ。やはり柄にもないことはするものじゃない。大丈夫だ、すぐに終わらせる。では僕は少し休ませてもらいます。っておい、お前が寝るなよ。飲むか。大丈夫だ。足震えてるぞ。ああ、やれ。あのマスミって子、あんな熱のこもった芝居するタイプには見えなかったけど、人は見かけによらないな。そういえばロミジュリで咲夜くんの相方をやってたんだっけ。チェックしておかないとな。よろしいのですか、親方様。あれは少しやりすぎた。この辺りで退場願おう。はっ。兄弟の情に流されては源氏は一つにまとまらぬ。せめて盆栽であればどうとでもしてやれたのだがな。力の足りぬ兄を恨め、弟よ。何かの間違いだ。話せば分かってもらえるはずだ。いい加減目を覚ませ。兄上はあんたが目障りになったんだよ。さっさと逃げないと面倒なことになるぞ。しかし、あんたは俺に何て言った。もっと広い世界に出るんだろう。俺たちの時代は鎌倉殿の時代なのか。やっぱり酒がないとダメか。いや、俺はいつまでも酒に頼るわけには。いいから飲め。おい、大丈夫か。で、どうなんだ。まだ兄上にしがみつくつもりか。いや、しかしまだ酒が足りないか。いい、十分だ。兄上のお気持ちも十分分かった。兄上と共に歩むことはできないのだな。おい、ここで泣きわめいている暇はないぞ。分かっている。俺にはまだ血のつながりよりも深い縁が残っている。それでいい。さっさとずらかろうぜ。あんたの背中は俺が守ってやる。頼むぞ、弁慶。ヒロが散々絡んでただけあって、あの夏組リーダーいい芝居をする。あの脚本家の二足のわらじも立派じゃないか。九郎殿、ご無事でしたか。すまない。
世話になる。どうぞお気になさらずご滞在ください。鎌倉殿の目にここまでは届きません。立派になられたらお父上のことも残念だった。父も九郎殿のことを気にかけておりました。父の意志を私も引き継ぎます。ありがとう。へえ、クモンしっかり戦国武将の顔してんじゃん。かっけえ。秋組の兵道十座の弟か。技術はまだまだだがまっすぐな芝居をする。これからもっと伸びていくだろう。鎌倉殿が攻めてくれば防ぎきれません。どうなさるおつもりですか。それでも九郎殿を裏切ることなどできない。太郎殿、俺のことは切り捨ててくれて構わない。しかし俺は絶対に死なない。信じてくれ。申し訳ありません。さすがにこの数はきついな。弁慶、何か策はないのか。無茶言うな。格好つけたのはあんただろ。そんな。仕方がない。ここは俺が引き受ける。あんたは先に行きな。無茶だ。一人でこの軍勢を相手にするだろう。いいからあんたは酒飲んで進め。ダメだ、そのようなことは。めんどくせえな。ほら飲まぬ。ここは譲らぬぞ。あんたがシラフでそんなに頑張るのは初めてだな。でもあいにく俺もここは譲れねえ。他に方法がないからな。勝算はあるのか。忘れたのか。俺が負けた相手はあんただけだ。さあ分かったら行きな。後で合流する。必ずだぞ。あんた酒はもういらないみたいだな。最初は酒でここまで変わるもんか。人をからかってんのかと興味本位でついていっただけだったんだけどな。本当に面白いもん見せてもらったよ。情けねえ男が酒の力でどこまでやれんのかと思ってたら成長したじゃねえか。己の刀だけ信じて生きていくつもりだったが、あんたのおかげで人間ってのも悪くねえって思えたぜ。我こそは武蔵坊弁慶。さあ1000本目はどいつだ。やるじゃねえか。ゾクゾクする芝居しやがる。筋書きもセリフも悪くないときてこの芝居か。てめえの本気受け取ったぜ。おい逃がすな。なぜですか兄上。なぜ俺を。お前は力をつけすぎた。源氏が一つにまとまるためには棟梁は二人もいらんのだ。源氏最高の礎となれ。お前は悲劇の英雄として永遠に語り継がれよう。あくまでも従わぬ。だが俺も譲れぬ。そこをどけ。俺はここで止まるわけにはいかん。俺を待つ友のために俺は死なん。はあ。頼朝との一騎打ちか。くそ、コメディもシリアスもやってのけるとはな。
かっこいいじゃねえか。助立ちします。嗣信、忠信。遅くなって申し訳ございません。欧州に向かったところすでに撃たれたと聞き、絶対に死ぬはずがないと兄上が聞かなくて。誓いを果たさせてください。よく来てくれた。弁慶殿は衣川の盾から俺を逃がすために一人残ってくれた。そうですか。いけすかないところもありましたが、忠義に熱い武士でした。あんたら兄弟はすぐ人を殺すな。弁慶、無事だったか。なんとか首はつながってるよ。よし、すぐに立つぞ。御意に。どこへ？遠い海の向こうのもっと広い世界だ。シラフか？ああ、上等だ。ついてくぜ。どこへなりとお供いたします。仕方がないね。文字通り乗りかかった船だ。行くぞ。これからが本当の腕試しだ。なるほど。希望の未来に向かう夜明けか。呆れるほどに明るい光と若さ。これがてめえの描いた物語なんだな。南つづる。八角さんは絶対書かねえ。てめえだけの本物だ。宝物。ただいま集計中です。結果発表までしばらくお待ちください。やれることは全部やった。あとは観客次第だ。まあ、どういう結果になっても後悔はないかな。それでは結果を発表いたします。初代組得票率 49%、 新生組得票率 51%、 新生満開カンパニーの勝利です。本当に？よし！よかったー！やったー！勝ったー！次は結納。ギリギリだったけどなんとかなったね。さすがてんてん！リベンジできたじゃん。当然だ。すごいよ、Q ちゃん。役作り協力した甲斐があった。みんなのおかげ。頑張ったな、雲。兄ちゃん取られないように必死だったんだ。いや、だから引き抜きの心配はないんだが。スミもマッスーとのコンビバッチリだったね。楽しかったー。まあちゃんと役作りしたし。やりましたね、つづるくん。キーマン短歌またや。まあ
感謝してます。マスミもこれで婿候補として覚えてもらえるんじゃない？後で履歴書と自己 PR も書いて送る。重すぎて逆効果だと思うぞ。千景さんも安定のラスボス感でしたね。素でできてた。褒め言葉として受け取っとく。負けん。俺たちが見事にやられたな。しょうがねえな。あれだけやれりゃ満足だ。そうだな。悔いはない。悔しいけど嬉しいし、とにかく胸がいっぱいで。汚ねえ顔だな。ひどい。くそ。天馬、やっぱりお前かっこいいな。それはどうも。今回はヒロさんを意識したおかげで成長できた。やっぱり芝居は叶わないと思ったし、奮起させてもらったことに感謝してる。撮影ではいろいろ迷惑かけて悪かった。でも今回の公演を通してさらに成長できたし、延期になった撮影は絶対に前よりもいいものにする。当然だ。まあ俺も円熟なんて言葉に甘えず、久々になりふり構わず出し切った芝居ができた。今度はバディとしてよろしくな。こちらこそ。ようやく仲直りできたのか。ゼンさん、アクションのアドバイスは助かった。お前敵に手貸してたのか、裏切り者が。細かいことをグダグダと。そんな器の小さいヒーローなんていないぞ。うるさい。皆木つづる先生よ。はい。先輩のアドバイスを一つも聞きやがらねえとは大した玉だな。すみません。でもあのラストは良かったぜ。八角さんなら絶対に書かねえ結末だ。つまりお前は劇作家としてあの人が持っていないものを持ってる。自分で板の上に立つってところも含めてな。それを誇れ。絶対に手放すな。はい。今回音宮さんのおかげで自分の作風とか武器について改めて見つめ直すことができました。強みが何かって分かったことで一つまた成長できた気がします。ありがとうございます。人のアドバイス無視しといてよく言うぜ。でもまあそういうところはあの人にも似てるのかもな。八角さんと話してみたかったっす。お前は筆で対話しろ。さすがレニさん、素晴らしかったです。ファビュラスとはああいうことを言うんですね。役者としてもすげえんだな。っていうかレニさんがトップでいいじゃん。お前バカ、何を身も蓋もないこと。お前たちもっと役者として気概を持て。役者として舞台に立つあなたの姿はあの頃と変わりないな。バカなことをどれだけ時間が経ったと思っている。それでも子供心に心が動いたのをもう一度思い出した。あの日の感動も今こうして役者になったことにつながっているのかもしれないな。兄さん、
た。二人とも見てくれた？兄さんはやっぱり天才だ。僕兄さんのお芝居が好きだよ。俺もまどかの書いたお話好き。いつかまどかの書いたお芝居をやりたいな。うん、いつか必ず。僕ももっともっとたくさん書いて兄さんに追いつくから。やったー。あとさ、今度一緒に紙飛行機を作ってくれる？ダメ？僕もずっと兄さんと紙飛行機を飛ばしたかったんだ。本当？嬉しいな。ミスミ、今までお前をないがしろにして悪かった。俺何にもできないから、お父さんが俺のことを怒るのもしょうがないんだ。違う、お前は光り輝く才能にあふれていた。私の父と同じような天からもたらされた才能に。だからこそ私はお前に対してずっとコンプレックスを感じていた。斑が八角の息子である私が持ち得なかったものを持ち、父と真の意味で通じ合い理解し合うお前に嫉妬をしていた。ミスミだけでなくまどかに対しても、他ならぬ親である私がひどいことをしてしまった。償いについてはこれから考えていくつもりだ。お前たちが望むなら今後一切お前たちの前には顔を出さない。俺お父さんのこと恨んでないよ。だからまたお芝居見に来てほしいな。いすみ、すまない。父さん、泣かないで。前さん、お疲れっす。あ喧嘩強くて踊れて料理もできるレストランオーナーで芝居もうまいって設定盛りすぎだろ。今度は喧嘩じゃなくて一緒に芝居してもらうってことで。俺からもお願いします。俺はもう引退したんだが。今日の芝居でそらないっしょ。俺たちと同じくらいギラギラしてました。そうかもな。大人げねえおっさんどもですね。なあ、お前らこそ目上を立てるってことをしねえ。まあでも旗揚げ公演の頃から考えると、ハイハイしてた赤ん坊がよくここまで育ったもんだ。ハイハイは言い過ぎでしょう。同じようなもんだろう。まあ久々に楽しかったぜ。老体に鞭打って筋肉痛にならないように気をつけてください。口の減らねえガキだ。おい、ちょっと来い。ほら、人目があるから手短にな。もしもし。久しぶりだね。乾杯だよ。ん？お父さんだよ。
ごめんね。もう高校生だし、お母さんにもうまく言っておいてって頼んだんだけど。ごめんなさい。うん。そりゃ俺も頑張ってるからね。負けちゃったけどさ。俺も君が満開カンパニーで演劇やってるって聞いてすごく嬉しかったよ。どちらも俺にとって大切な宝物だから。頑張ったね。心配させたくなくて、それに巻き込みたくなくて、ずっと連絡できなかったんだ。でもこうなっちゃったらもう同じだし、これからはこっそり電話かけるよ。会えないけど何でも話そう。今はまだ忙しいだろうから。またね。うん。よかったな。初代組得票率 49%、 新生組得票率 51%、 新生満開カンパニーの勝利です。花坂じいさんね。この演出、間違いなく立花幸雄だ。満開カンパニー、もう一度ひねり潰す必要があるか。開店の日。お邪魔します。いいよいいよ、開店ね。ようこそいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。準備段階からいろいろ聞いてたから、こうして開店の日を迎えると感慨深いね。タイマンアクトの打ち上げとタイミングも重なってちょうどよかったね。雰囲気はいいな。次集まるときはここを使うか。お好きな席へどうぞ。お兄ちゃんの手作りサラダです。お兄ちゃん。おばあちゃんの手作り〇〇みたいなものかな。にしてもなんか一気に怪しい響きっす。座布団前菜盛り合わせです。座布団？ザフラ料理だな。だから座布団。この店の雰囲気とメニューの名前がミスマッチすぎるだろう。私が考えたね。ガイさん、変更した方がいいですよ。俺からもそれを勧める。だが味はなかなかだ。それはよかった。おお、哲郎、てめえも来てたのか。そうかよ。てめえも若造だった頃よりか丸くなったんじゃねえか。悪い、遅れた。まだ始まったばかりだよ。ペナルティで全員分おごりな。なんでだよ、多すぎるだろ。安いもんだろう、大御所俳優さんよ。まあでも会計はこちら持ちだろうな。そりゃ勝者には払わせられねえよな。
手持ちで足りますように。ヒロさん、仲間といるときはちょっと雰囲気が違うな。いじられキャラだよね。夏組リーダーの伝統じゃない？どういう意味だ？ゼンさんもちょっとイメージ変わるよね。こっちピザおかわりで。ワインもう一本もらおうかな。座布団もう一枚ね。名前が紛らわしい。これもおかわり。お前ら人のおごりだと思って。若えやつらは食え食え。見てると気持ちいいしな。別に大した金額でもないだろう。おいてめえら、明日の分まで腹に詰めとけ。はいっす。よし。おい、うちは結構カツカツだから。そういえば前から気になってたんだけど、ジャンタクって初代組が持ち込んだの？ああ、俺とゼンとユウゾウとシュウさんでよくやってた。まあだいたいヒロがビリだったな。やり方が単純でよ。負けるって分かっててなんでやるんだろうな。うるさい。たまには勝つこともあっただろう。気になっていたといえば、劇団七不思議っていつ頃できたんですか？七不思議？ああ、そういやそんなのあったな。ゆきおさんが実際に会ったとかなんとか、レニさんも知ってるんじゃねえか？覚えていない。だが事実無根の噂ではないとだけは言っておく。ああ、なるほど。まあおかしなことってのはいろいろありますよね。だからこそ人生は面白いというものだよ。そういうことだ。初代組の舞台で一番最初に見たのはロミジュリなんすけど、いつ頃の公演なんですか？かなり初期だな。そうだったんですか。まあ大変だったよな、主に霞が。まあ否定はしないよ。でもその分思い入れはある。だからお前らの旗揚げ公演の時の指導もつい厳しくなっちまった。言うぞ、それって市場を挟みすぎ。大人げない。うるせえ。だったら次からはせいぜい優しく指導してやるよ。気持ち悪い。キャラプレ良くないね。お前らな。ジュリエットのかすみさんのお芝居すごく素敵でした。あの頃はまだ若かったからね。静か御前が行けたならジュリエットも行けるんじゃねえか？再演するか。あ、じゃあロミオは咲夜くんがいいな。年の差考えろ。ロミオとジュリエットが親子っていう設定も面白そうっすね。確かにそのくらいの差になるね。やっぱり今の俺のジュリエットはおばさんだよね。いちいちめんどくせえな。そんなことないですよ。静か御前もすごく綺麗でした。
咲夜くんっていい子だね。三つ子のお兄ちゃんになってほしい。うちの子になる？うちの次男はやりませんよ。連れてくならママの私を倒してからだよ。不服ですがおじいちゃんも許しません。弟を連れてかれたら困るっすね。俺は別にいいけど。なるほど。春組全員が家族か。柊さんもひいおじいちゃんですしね。じじい扱いするな。春組リーダーなのに俺は入れてくれないの？余ってるおばあちゃんポジションでよければ。まあいいかな。いいのかよ。嫁いじり怖いね。それを言うなら嫁いびり。何作ってんだ？そろそろ料理がなくなりそうなんでちょっと追加しようかと。んじゃ俺も一品作るか。手際いいな。前さんこそさすがですね。万里からうまかったって聞きました。ああ、今度うちにも食べに来い。ぜひ。ついでに人手が足りない時はうちのキッチン手伝ってもらいたいくらいだな。仕事が立て込んでない時だったらいつでも。いつも寮で飯作ってるんだって。へえ、すずると監督だけだと大変だろうからって入団した時から食事担当になりました。初代の時は俺がよく作ってた。伝統シチューのレシピ今度教えてやる。楽しみです。そういえばリクエストいいかな？作れるもんならな。少しあっさりしたものが食べたいなと思ってさ。カプレーゼとかどうだ？いいね、楽しみだな。はいはい、俺っちがっつり食べたいっす。もうすぐパスタが茹で上がる。俺はなんか甘いもんを。マスカルポーネでなんか作るか。一気に忙しくなってきましたね。昔を思い出す。そういやさっき何か言いかけなかったか？おお、いえ、また今度でいいです。今回のタイマンアクトの売り上げすごいですね。ああ、水のコーポレーションの協力もあって規模がでかくなったからかなり潤ったな。ウハウハです。これを機に増築とかしちゃいます？そうやって無計画に使うから借金生活してたんだろうが。私なりに満開カンパニーを盛り上げようと投資したつもりなんですが。亀吉まんじゅうやら亀吉グッズで盛り上がるか。亀吉がオウムだからいけないんですよ。パンダとかだったらもっと人気が出るのに。オウムのせいにするな。だいたいパンダが買えるか。まあそうは言っても伊助が持ちこたえたおかげで今日があるわけだしな。頑張ったな伊助。そんな、私はただ幸男さんが戻ってくると信じていただけで、こうして初代の皆さんがまた集まってくれただけでもこいつの努力は認めますが。そうですよ、
今のカンパニーがあるのは一重にこの私松川伊助のおかげです。銅像立ててくれてもいいですよ。調子に乗るな。まあ知名度はまだまだだけどな。今回の反響の大きさ見て分かっただろう。俺たちだけじゃあれだけの客は呼べねえ。確かにゴッド座と比べてもうちはまだまだですよね。活動年数からして違うからな。当然だ。知名度は任せて。編集長権限ガンガン使っちゃうから。それこそ市場だろうが。読者さんは常にフレッシュな期待の劇団を求めてるから大丈夫。今度のスポットライト、俺の特別編集で満開カンパニーを総力特集させてくれないかな。俺の時は顔すら出さなかったくせにえらい違いだな、編集長さんよ。プロのスタイリストさん入れて、もう全員ものすごくかっこよくグラビア撮るからね。インタビューもいっぱいさせて、俺の満開カンパニー愛と咲夜くん愛を爆発させちゃうからさ。スポットライトで総力特集って。劇団の話題を出してもらっただけでも大騒ぎだったのにね。その話乗った。お前それは負けた時の条件じゃなかったか。それはそれ、これはこれ。なんだそれは。まあでも俺たちを任した以上、俺たちの代わりにフルール賞取ってもらわねえとな。死んでも浮かばれないよな。幸男さんもそのつもりだろう。いろいろ演出について聞き出しとけよ。俺に協力できることがあれば何でもしてやる。満開カンパニーがフルール賞を取るのは俺にとっても夢だからな。ヒロさんにそう言ってもらえると心強い。もう芝居から離れた身だが、まあ何かあったら言ってくれ。私も鹿島も自分の劇団がある以上ライバル同士だが協力はする。ああ、今日は酒が入っちまってるからな。今度都合がつくときに改めて受け渡しの場を設けたい。すずるや各組のリーダーも呼んでくれ。渡してやる景品の詳細についてはお前がこの人にあらかじめ聞いといてくれ。通話は絶対に劇団以外の人間に聞かれないようにな。もしもし。雄三から聞いたんだね。そっちは夜かな。大丈夫だよ。そっか、いいな。そうだね。遠く離れてるとはいえ、全力で演出した舞台で娘に負けて悔しいけど、すごく嬉しかったよ。団員に恵まれてるね。そっか。
俺も見てみたいな。団員は一から集めたんだって。雄三から聞いたよ。そうだったみたいだね。すごいな。今は町の人たちに演劇を教えたりして暮らしてるよ。言葉はまだまだだけど楽しくやってる。いつか見においで。でも今回のタイマンアクトで満開カンパニーは目をつけられるかもしれないからしばらくは無理かな。迷惑かけてごめんね。こうして娘とまた話せただけで夢みたいだ。気持ちは嬉しいけどあんまり無理はしないようにね。雄三たちと相談して。ああ、あれはね、俺たちが咲かせることのできなかった種なんだよ。託された種。では異論はないな。はい。今後一切分泌業から手を引き、マドカやミスミの経済的サポートをしながらゴッド座の裏方として働きます。それで盗作の経緯についてだが、立花の娘からスポットライトの偽記者については話を聞いたが、タイマンアクト当日の襲撃については未だに誰が差し向けたのかはっきりしない。本当にお前ではないんだな。はい。まあ襲ってきたのが素人ではないと考えると、お前とつながりがあるとも思えないか。満開カンパニーの脚本を送ってきた相手に誰か心当たりはないのか。知ってることは全て話せ。できません。話せば私だけでなく上木坂さんにも周囲にも何があるか。私を誰だと思っている。お前に心配される義理はない。ここで何を聞いても一切口外するつもりはない。何？この話、私にしたことは忘れろ。いいな。はい。となると狙われたのは、さすがに慎重に動かざるを得ないか。あいつを演劇界に復帰させるために手段は問わないつもりだったが、これは骨の折れる相手だぞ、立花。さて、揃ったか。仰々しいな。なんだかドキドキしますね。それじゃあタイマンアクトに勝利した新生組に景品を授与ってことで、全員持ってきたよな。間違いなく。ああ、問題ない。いつでもいいぞ。んじゃ各リーダーに渡してくれ。勝利おめでとう。これからも応援するからね。おめでとう。俺たちに勝ったからには必ずフルール賞を取れよ。おめでとう。あとは頼んだぞ。しょうがねえからやるよ。半端なもんに仕上げたら承知しねえぞ。
これがビッグな景品ですか？ずいぶん古い封筒だな。開けていいのか？こっちは封が開いてますね。そりゃちょっと手違いだ。お前はユキオさんから聞いただろ？満開公園。俺が劇団を離れるちょうど1年前、フルール賞の最終候補に残ったんだ。結局受賞は逃したんだけど、来年こそ本気で受賞を目指そうと思って、八角さんと脚本について綿密に打ち合わせをした。その中で生まれた構想なんだ。春、夏、秋、冬、満開カンパニーの在籍メンバーが全員総出演する公演、名付けて満開公演。フルール賞の受賞にはこれしかないんじゃないかって思ったんだけど、八角さんの負担が大きくてね。その頃にはもう八角さんもそれなりの年齢だったから、他の公演との兼ね合いを考えてスケジュールを組まないといけないってことで、構想段階で保留になったんだ。そんな時にあの事件が起こって、八角さんも俺も劇団を離れることになった。でも八角さんの書いた構想の大枠は残されてたんだよ。ユキオさんの言う通りだ。それをくれるってことは、俺たちに上演させてもらえるってことですか？ああ。この物語をきっと八角さんも完成させたかったはずだ。でももうその時には役者もいなかった上、自分の気力も体力も残ってなかった。だから未来に託したんだろうよ。託せるのはお前しかいねえ。八角さんの夢見た物語を完成させてほしい。初代座付き脚本家の八角さんと合作できるってことっすか？やりたいっす。やらせてください。そうか。とはいえ今のお前に劇団員全員登場するストーリーをしっかりまとめる力量があるとは思えねえ。確かにめちゃくちゃ時間はかかるかも。でも絶対に完成させます。任せたぞ。負けた俺らが言うのもなんだが、力量不足はお前らも同じだ。劇団員全員しっかり芝居を磨け。はい。精進します。あんな芝居見せられたら素直にうなずくしかねえか。そうだな。もう一度戦って勝てる自信はまだない。今すぐ全員規模の公演を請け負うのはいろんな意味で難しいだろうな。準備期間が必要だ。しばらくは今まで通り各組公演を行って、さらに実力をつけつつ長い時間かけて脚本を仕上げていくことになるんじゃないか。そりゃな。演じたくないと言えば嘘になるな。腹渡にえくり返るくらいだぜ。なんで俺じゃねえんだってな。とはいえバラバラになった当時の劇団員全員集めるなんて現実的に考えて無理だ。この6人集めるのだって一苦労だったんだからな。それにこの満開公演は今まさに役者として花開いた新生組の輝きでしか実現し得ないものだと思う。
その代わり本気で狙えよ、フルール賞。わかりました。全力で。最初からそのつもりだ。皆さんの思いはしっかり受け止めました。それじゃまたな。今度うちの公演も見に来い。あ？脚立？ああ、ヒロさんが言ってた勝った時の条件か。汚ねえな。洗ってませんから。祝満開カンパニー旗揚げ。適当に頑張ろうぜ。日々精進。旗揚げの時の皆さんの思いが詰まってるんですね。善。なんで名前だけ書いてあるんですか？特に書くことがなかった。適当すぎだろヒロ、剣山。小学生みたいだな。俺もちょっと思ったっす。なんだと？目指せフルール賞。とりあえずこれについて話し合っておかないとな。まさか景品が遺作だなんて思わなかったね。ひとまず統合して劇団員全員で共有しておいた方がいいよね。しかしすごいもん託されちまったな。重いな。初代組の皆さん、目が真剣だった。本当に夢だったんだよね。生半可な覚悟では請け負えないね。劇団員一人一人が全力で成長しないときっと成功させられない。一人も欠けることなく全員で同じ方向に向かっていかないと。今までにねえプレッシャーだな。でも俺、今のこの24人で舞台に立ちたい。大好きな家族みたいな劇団のみんなとずっといつまでも一緒にいられるわけじゃないかもしれない。永遠なんてない。それでも24人全員で舞台の上に立って監督に満開に咲かせてもらってフルール賞を受賞できたら、それはきっと揺るがない俺たちの永遠になる気がするんだ。そうだな。永遠に残る俺たちの絆だ。壁は高いほど面白い。やってやろうぜ。俺たちならやれるよ、きっと。初めての気持ちなんだよ。ほら君に何から話そう。胸の奥舞い上がるのはもう恋のような魔法だ。震えそうな足でも待ちきれないドキドキを見透かしたスポットライト、導かれるままに歩き出していた。そして僕の中で生まれたこのことを今
今もまだ鳴りやまずにいる滲む景色と光がいくつもの夢を咲かせてくれたからきっといつの日か色褪せないように大切にしまってた夢の始まりも何度かなってそう思い出せるならいつも胸を焦がす永遠見つけた初めての気持ちなんだよほら一緒に聞かせてほしい君の言う絵空ことならまた信じてしまうんだ拙くてもいいんだよだからこそ僕は夢中さ転んでもそれでよかった散らばった日々さえ虹を描いて誰もいないステージの上で眩しい光にただ立ち尽くしていたよ孤独な夜にもう一度朝が来て僕の心溶かすように今は何度目の過ぎ去る季節もいつまでも変わらずにと願ってしまうよ優しい奇跡がもったいないくらいここにありふれてるどんな戸惑いも涙も共に紡ぎ出す全てが僕たちだけのシナリオなんだよ喜びにあふれて幕が降りるまで響け誰の心にもまだきっと確かに気づいた物語なら自分らしく叫ばいい何もごまかさないで今咲き誇れさあそして僕の中で今出た熱いのことを今もまだ鳴りやまずにいる滲む景色と光がいくつもの夢を咲かせてくれたからきっといつの日か色褪せないように大切にしまってた夢の始まりを君が呼ぶなら思い出してもう一度その続きを